ビットコインに変えることができます。楽天市場やお店で貯まった楽天ポイントを使って初めての人でも簡単にビットコインへ交換できるんです。早速アプリをダウンロードして取引開始。ポイントは運用する時代です。突然ですが、ビットコインの支払いに必要な時間は X ポスならわずか数秒。世界のお店に広がる X ポス。他の通貨も使えます。さあ始めましょう。詳しくは Amazon または Web で検索。ブロックチェーンというのは非常に大きな役割を担うんじゃないかと思っています。でそれによってやっぱり社会が変わっていくっていう実感がありますから、それを何としてでもやり遂げたいと思う。でこれを本当に実現して世の中を変えて便利にしてみんなが幸せになる顔が見たいと思っています。おはようございます。東京大学の茂木と申します。昨年からこのブロックチェーンジャムに、協賛という形で、ブロックチェーンイノベーション寄付講座が参加させていただいています。今年は、残念ながらこういう、ご時世でオンラインの開催となりましたが、逆に皆さん参加しやすくなったんじゃないかなということもあります。今日は諸外国からもいろいろな参加者が、登壇されると思います。最新のブロックチェーンの話題について、活発な議論がされると思います。皆さんぜひ、今日一日、お楽しみください。それではよろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。
株式会社 LCNM CEO、CTO の木村優と申します。本日は皆さん、BlockChainJam2020 お越しいただきましてありがとうございます。本日でですね、BlockChainJam、2018年からこれで3回目の開催になります。私、木村はフル出場でございます。はい。で、本日のブロックチェーンジャムですね。ブロックチェーンの最新動向について、専門家の方々から、お伺いできるわけなんですけども、やっぱりね、ブロックチェーンの技術が進歩してきているというのもあって、今日のブロックチェーンの専門家の方々のお話が難しいと感じる人も出てくるんじゃないかという懸念がありまして、で、ブロックチェーンのおさらいと最新動向の軽い説明をですね、するということで、私が呼ばれました。私は、スペックの持ち腐れとかいうふざけたタイトルのブログでですね、ブロックチェーンのこととか、いろいろ書いてきたんですけども、厳密性を保つために、難しい言葉で書いていると、何言ってんのかわかんないとか、難しいとかいう意見もあったんですが、わかりやすく説明しようと思えば、わかりやすく説明できる人なんだというイメージ戦略が、そうこうしてきたのかな、みたいなことも思わなくもないんですが、そんなことは置いておいて、説明をしていこうと思います。おさらいといってもですね、最新動向の説明がありますので、ブロックチェーンを完全に理解したというそこのお兄さん、お姉さん、お偉いさん、最後まで聞いていただければと思います。また、ブロックチェーンを事業に使いたいとか、協業したいという方いらっしゃいましたら、お問い合わせをお待ちしております。それでは参りましょう。まずは、おさらいとして、ブロックチェーンを構成する主な技術を3つ説明していきます。1つ目が公開鍵暗号、デジタル署名ですね。2つ目がピアトゥーピア通信、P2P とも略されます。そして3つ目がインセンティブ設計です。このデジタル署名に説明するにあたって、秘密鍵と公開鍵という2つのパーツを理解していただく必要があります。秘密鍵なんですけども、ちょっと特殊な例ではあるんですが、分かりやすさ重視で、イメージで説明していこうかなと思います。本当はね、秘密鍵、公開鍵も数学を使って厳密に説明しようと思えばできるんですが、今日はね、イメージで掴んでいただこうかと思います。で、この秘密鍵はですね、署名をするペンの書く内容によって色が変わる特殊なインクだというふうに思ってください。で、公開鍵が署名された筆跡がどのインクなのかを判別できる薬品だと思ってください。これらを使うことで署名を誰が行ったか、つまりその一人一つしか持ってない特殊なインクなので誰が行ったかがわかる。そして署名が改ざんされていないかがわかる。という仕組みになっています。で、二つ目、P2P ネットワークなんですけども、これは簡単に言えば、明確なリーダーとなるマシンがいないネットワークになります。ネットワークの状態、ステートを強権的に決めるリーダーがいません。なので、多数決みたいな、比較的分権的なやり方でステートを決めます。ただし、多数決といっても、無造作にマシン一つにつき1票というような仕組みにしてしまうと、悪意のあるノードが大量に参入してきて、それらが大量に投票することによって、ネットワークが乗っ取られてしまうというような懸念も出てきます。こういうのをシビアアタックとも言うんですけども、このようなことを防ぐために、ブロックチェーンではそれぞれ固有のやり方で多数決の票の分配の仕方というのを決めています。まず、ビットコインやイーサリアムなどでは、Proof of Work と呼ばれる仕組みを使っています。これは、計算力というのは、専用の、非常に時間のかかる計算をですね、解くのが早いコンピュータ
を持っているほど投票権が得られる仕組みになっています。そのコンピューターを実際に動かして、その難しい計算をいち早く解いた人が投票権を得られるという仕組みになっています。なので、コンピューターを持っているだけでは当然意味はないです。で、コスモスやポルカドットなどでは、Proof of Stake と呼ばれる仕組みが使われます。これは指定された暗号資産を持っているほど投票権が得られます。これも、ステーキングという、特殊な処理をする必要があって、ただ持っているだけでは、機能はしないんですけども、どちらも、このコンピューターを買うのも、暗号資産を買うのも、どちらも非常にコストのかかる行動です。このようなコストがかかる行動を取らないと、投票に参加できない、という形にすることでですね、ネットワークの乗っ取りを防ぐという形になっています。で、このようなやり方で多数決の票を分配していっているわけなんですけども、多数決をどのようなシステムとして実装するかっていう、技術的な観点からもちょっと説明をしていきます。ブロックチェーンの始まりであるビットコインでは、考案者の名前を使って中本コンセンサスと呼ばれるアルゴリズムが使われます。これは確率的ファイナリティという性質を持っています。どういうものかというと、ネットワークが巻き戻される確率が極めてゼロに近いという状態をもってネットワークを維持していくんですね。一方で、最近の Proof of Stake を用いるブロックチェーンでは、決定的ファイナリティを持つコンセンサスアルゴリズムを使うものが多くなっています。この決定的ファイナリティというのはですね、ネットワークが巻き戻される確率が厳密にゼロである、という性質です。パッと見では厳密にゼロの方がいいんじゃないのとも思わなくもないとは思うんですが、当然ながら銀の弾丸というのは存在しないものでして、いろんなトレードオフのもとですね、何らかの性能を犠牲にして決定的ファイナリティを得ている、というものですね。例としては、テンラーミントやグランパーなどがあります。そして3つ目、ブロックチェーンの一番大事とも言える性質なんですけども、ここが、分散データベースとかとは違うところになります。どういうものかというと、ネットワークの維持、検証が当然必要ですね。先ほど言ったような悪意のあるマシンの乱入とか、そういうようなものがありますので、また改ざんとかね、そういうようなものを検証し、維持していくことに、貢献した人に暗号資産を分配します。この暗号資産の分配は、あらかじめプログラムで決まっているので、リーダーは不要です。リーダーは不要で文献的にプログラムに基づいて暗号資産を分配していきます。結果として、その暗号資産を報酬として得ることを目的として自発的にネットワークの維持、検証に参加してくる人が増えるので、リーダーが不要で自立するネットワークが出来上がるということになります。はい、ここまでがブロックチェーンのおさらいで、次からはブロックチェーンの最新動向とか用語を説明していこうかなと思います。まずブロックなんですけども、これは決められた一定時間内の取引をすべてまとめたデータになります。このブロックをチェーン上に連結していくので、ブロックチェーンというふうに表現できます。で、次にトークンなんですけども、これはブロックチェーンの中で残高が管理されるものだと思っていただければいいかなというふうに思います。なので暗号資産もブロックチェーン上のトークンになります。で、次にバリデーションなんですけども、これはブロックが改ざんされていないかどうかを検証する作業、またブロックをチェーン上に連結する作業になります。で、4つ目、これは、あんまり深掘りしないんですけども、DeFi とかで略されている Decentralized Finance と呼ばれているものです。暗号資産を貸し借りしたり、流動性を供給したり、有線列互構造の証券化のようなことをしたりして、暗号資産で
報酬を得るエコシステムを、総称として、DeFi とか、ああいうふうに呼ばれています。で、次にスマートコントラクトの説明をします。これは別に最新動向というわけではないんですけども、重要な用語になります。これはどういうものかというと、プログラムをブロックチェーンに書き込んで、またそのプログラムの実行結果もですね、ブロックチェーンに書き込むという仕組みです。今ではテゾスなど様々なブロックチェーンにも搭載されています。テゾスでは、このスマートコントラクトのプログラムを検証しやすいようになっていたりします。いろんな応用がされているということですね。次に、オラクルです。これは最近ちょっとホットな話題じゃないかなというふうに思います。どういうものかというと、ブロックチェーンのネットワークのステート、状態に含まれない情報は、スマートコントラクトやその他機能の中で使うことはできません。そのまま使うことはできません。なので、外部情報、このような外部情報をステージに取り込む、内部化する必要があります。投票によって正しい情報を選別し、取り込む。これがオラクルです。例えば、新宿、梅田、それぞれの地点での降水量が0だったらトークンを送信するようなコントラクトがあったとして、例えば悪意のあるマシンが、梅田は、晴れているのに土砂降りだという、偽の情報をですね、送信するとか、いったものあり得ますので、投票によってきちんと正しい情報を選別し、取り込みます。なので、間違った情報を投票すれば、ペナルティを与えるとか、いった仕組みも設けられます。で、次に、インターオペラビリティの説明をします。これも最近ホットな話題です。異なるブロックチェーンのトークンを別のブロックチェーンでも利用できるようにするという仕組みです。2種類大きく分けてありまして、双方向ペッグ方式とマージバリデーション方式があります。双方向ペッグっていうのはどのような仕組みかというと、2つのチェーンをイメージしていただきたいんですけども、片方のチェーンで凍結されたトークンをもう一方のチェーンで生成することで実現します。リレイヤーは正しく凍結されていることを監視します。で、マージバリデーションの方式なんですけども、2つのチェーンを子チェーン、子供のチェーンとして、バリデーションをまとめて一緒にやってしまうという仕組みですね。マージバリデーションという語感からも連想できるんじゃないかなというふうに思います。はい、最後になりますが、レイヤー2のスケーラビリティソリューションの説明もしていこうかなというふうに思います。ブロックチェーンはですね、処理できる取引の数、トランザクションの数に限界があります。これを俗にスケーラビリティ問題というんですけども、このスケーラビリティ問題の解決策、ソリューションですね、をレイヤー2を使って実現させるというものになります。その中で種類はいろいろあるんですけども、有名なものを2つ取り上げてみました。このライトニングネットワークというのは、ビットコインのレイヤー2になります。仕組みは超簡単に言えば、ビットコインを送受信するデジタル署名を交換するんですけども、ブロックチェーン、ビットコインのブロックチェーンにはすぐには書き込まず、後日書き込むという仕組みになります。後日書き込むので、ブロックチェーンが処理する取引の数っていうのは、その後日一括で書き込む分だけということなんですね。すぐには書き込まないので、ブロックチェーンが処理しなければならない取引の数を削減することができる。ということで、スケーラビリティ問題のソリューションの一つになります。で、もう一つが、プラズマと呼ばれるものですね。これは、イーサリアムなどスマートコントラクトプラットフォームに利用できるレイヤー2になります。超簡単に言えば、コチェーンを作って、そのコチェーンは、ちょっと強権的な、プライベートチェーンみたいな、管理をするんですけども、その管理者を監視して罰則規定を設けるような仕組みですね。なので、管理者が、不正を行う動機を削ぐと
いうことですね。また、先ほどご説明しましたインターオペラビリティもスケーラビリティソリューションに含まれます。はい。最新動向、おさらいの説明は、以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。それでは本日ですね、専門家の方々のブロックチェーンの最新動向の説明をまた引き続きお楽しみいただければと思います。それではありがとうございました。Okay, so thanks guys coming to this session. I'm going to talk about how to fix democracy with blockchain. So one question, this is a very important question. Do you still believing in the democracy? Yeah, I know that the latest US discussion, debates was lame. There was like elementary school students are talking each other, that kind of conversation it was. But still, we need to do democracy. And some of you may say that, why not? CEO cannot be prime minister. Yes, prime minister like Elon Musk is very talented person, and Tesla's stock prices keep rising, and it's very good. But politics is a bit different. So basically, you cannot fire any person from your nation. In the corporation, incompetent person can be fired from that organization, but nation cannot do that. Unless everyone is pro-trader, we cannot see, okay, this man is good or this man is not good. That kind of distinguishment is very difficult for us, basically. So we cannot rely on talent, but we don't want to keep using lasted democracy. So how do we do? First, we have to define good democracy and write some code. So we need to think about what is democracy first. So the freedom, what we love, is a subset of democracy basically. Because without freedom of speech or freedom of etc., we can have healthy democracy. And democracy is the subset of the human rights. There is 30 human rights in the Universal Declaration of the Human Rights from the United Nations. And yeah, democracy is the basic module of the human rights. So denying human rights is very difficult. It's almost impossible. Even if you're smart, even if you're like, you can see other person like a foolish, but still, you need to have human rights. You need to think that is important. So whatever political stance you choose, the human rights matters. Democracy is a subset of human rights. You may understand it, but hey, democracy is still being so skewed. But in 2020, we can't disrespect human rights. So economic laws and human rights have to be preserved at once. This is very difficult. So I've set evaluation metrics of the political systems. The first one is Pareto efficiency. Next, representativeness and deliberateness, objectability, and transformativeness. The first one, Pareto efficiency, is the economic productivity as a whole system. So yeah, please think it as something like efficiency. Next one, representativeness. This is degree of the correspondence between people and representative. So if politician is not doing what we want to do, it's not good. Deliberateness. This is standard adequacy of the discourse, knowledge, ethics before decision making. So yeah, something like we are very busy, but we need to do voting and there is no deliberation, it's not good. Objectability. This is like accessibility of the all political decisions, information, activity, and the chance of the effective feedback to the politics. So
Yeah, if the administration's information is totally hidden and there's no way to object to change that state of the administration, this is not objectable. And the last, transformativeness. So capability of the changing governance and the system itself. So if one political system is non-software thingy, it's very difficult to change. It's like an old-fashioned political system. But if there is programmatic system, it's very easy to change. So I will put representative choosing algorithm here. And yeah, I put the E capital to all selection, erasure, election, examination, and everyone. So yeah, let's fit all metrics at once. Erasure of representations. This is direct democracy. So Pareto efficiency is not actually good because the direct democracy is very busy democracy. There's many policies incoming to your application or something interface, and you need to make a decision for every time. But you're busy. You have a kids and you have a job. It's very busy thing. And representativeness. Direct democracy is basically there is no politician, so that it's quiet representing, but yeah, the third one, deliberateness. Because it's busy, there is no deliberation. And direct democracy is basically it seems objectable because we can propose something to the public sphere, but very busy. There's many policies, no one read it. So it's somehow hand-wavy thing. And transformativeness, if there is no BIPE system, it's ready. Okay, next, election of representatives. This is very normal, parliamentary indirect democracy. So Pareto efficiency is cloudy. Yeah, as you can see, current parliamentary indirect democracy is not effective sometimes. And representativeness, yeah, totally not good. Deliberativeness, yeah, we haven't seen any discussion between politicians. And yeah, objectability, it's very difficult to change by our hand. And transformativeness, very difficult to change the system itself. So basically, parliamentary the indirect democracy is something like not perfect, but we have to use it, that kind of thing. Next one, examination, excellence, or economics of webs. So it's like a bureaucracy or technocracy or meritocracy. Basically, Pareto efficiency is perfect, but representativeness is bad because the representatives are elite people. So basically, they are far different from the rural, normal people. So it's sometimes hard to know what is needed for people. And sometimes they don't want to listen that if they do corruption and people want to change it, but they don't want to listen. It's that kind of situation will happen. Deliberateness, they are smart, genius, so they will do some smart discussion inside of the administration. We cannot see that maybe. The last one, everyone is left. This is not direct democracy. This is deliberative democracy. Pareto efficiency is very high. Representativeness and some other property as well, very good. This democracy is basically choosing some people from our nation, then they will discuss about a policy. Now, there's many policy, like a 2000 in the EU. Our public sphere, our democracy is basically in any country, basically 200 policies are processed. But this democracy, from my calculation, it can be 2000 or something we can do, high throughput. So yeah, I'm designing this system like a protocol scalability program or something I'm regarding, but anyway, let's go next. We have to overcome that bias because direct democracy is different from the deliberative democracy because it's improved version of the direct democracy or improved version of the indirect parliamentary democracy. So we can fix it like a protocol. So that's why with blockchain. Blockchain is not anarcho-capitalism only. We can use it in many ways because the smart contract is basically legal revolution. Contract, the diamond contract. We have two signature plates, Alice and Bob, and we do signature by both parties.
But smart contract like Uniswap or Compound Finance, we don't have the Bob area. Alice signed and the world does not sign. We do the contract with world. This is legally very brand new thing. By using that brand new legal property, we will make DAO and we will make nation. So human rights plus DAO, this is a DAO for nations. Each property is signed, it's very good. So yeah, now we got the definition of the good democracy and let's narrow down. So my design goal is the one person, one ballot. This is very important basis of a democracy. Yeah, some radical democracy from Vitalik Buterin and Glenwell is no one person, one ballot, but yeah, that's hand wavy, but I prefer one person, one ballot basis because the majority of the world will like it. And the second design goal is anyone can propose. So basically in this world, in direct parliamentary democracy, the politician can propose some legislation. But with blockchain, with DAO, with application, anyone have to be able to propose something. Yeah, because I want to keep the property of the permissionless nature. And the third one, mobocracy resistant. So even if anyone can do the proposal, if the proposal is sacked, it's totally not good political system. So we have to design that, okay, that proposal need collateral, and for the deliberation, there have to be at least one random facilitator, he's very genius, and at least 5 domain-related professionals for the correct information. That kind of care is needed. And fourth, minimizing tax and regulation, but happy enough. So it's like Robert Nozick, small nation is very important, minimizing tax is very important, but still regulation and welfare is needed. So we need to take a balance. So yeah, it's related to the fifth element, the DeFi native, crypto native element property is very important for this fourth element because if we put our national treasury, the list of national treasury to the DeFi, like compound C token, it's gonna be yielded by 3% or 2% annual interest rate. And it's gonna be very huge pressure to the politician or proposers. There is no politician. Proposers will be pressured because a policy have to yield 2%, more than 2% profit from his proposal. So the diamond proposal have to be omitted from that kind of pressure. So it means useless taxation is gonna be omitted. Because if there is national treasury yielding remaining fund, we don't need to gather taxation from people. So DeFi yield forming property will make some game theoretically nudging that we don't need to make taxation. That kind of game theoretically nothing we can make by DeFi. This is very brand new property, I think. And the sixth element, work from home supporting. Like a COVID-19, there will be many challenges when we design the political system, something like we cannot meet each other, we cannot go outside, but still we need to do politics because situation is changing. So each political system, including court or something other, have to be work from home supporting. And the seventh, administration level system agnosticness. So this is something like, in Estonia, there is Xload. This is administration cross communication protocol. And Microsoft will introduce something like administration level systemic cloud service. And yeah, DAO4M doesn't care about such kind of system requirements. So any kind of administration level cloud solution will be applicable for this protocol. So yeah, this is very important intuition that DAO4M's core level protocol is very important. This is very common and abstract, and almost all political system can be expressed by this core protocol. And the shell protocol,
this is made by the many administrations and many cloud services, many people, and even Harvard attacks or some other protocol also can be the shell layer of the DAO4M. And this shell layer is totally free, and I personally don't design this shell layer because shell layer is totally free, and something like a market principle or something have to make this shell layer at the last. And the 8th element, no centralization, of course. This is DAO. Nation is DAO, finally. So centralization will break everything. We don't put that kind of point or single point of failure. The 9th, eventual recoverability. So administration can be corrupted. So like, the second property, anyone can propose. So anyone have to dismiss any administration. And the dismissal deliberation have to be done by facilitator and professional and the people. The people only has a voting power. Facilitator and the professional doesn't have voting power basically because this is democratic system. In some emergency situation, we can put some very strong voting power to the facilitator, but basically we don't have to do that because we have to recover the democracy to our side. If that facilitator try to exploit our democracy, it's gonna be very sad scenario. So basically we don't put any voting power to the facilitator and the professionals. And basically all administration and all the courts, judge, and the facilitator and the professionals have to be finally dismissed if they do something wrong. The 10th element, recovery method must be deducted from logics. So in other words, I made some semi-formal verification logic of this DAO4M. So it's like a safety of the public will and liveness of the public will I define. And if some administration corrupted or some very huge corporation tried to make surveillance capitalism at that time, we can deduct, okay, in this scenario, we need to dismiss this media administration and we need to dismiss this surveillance supporting administration. Then we need to make a new one. Then this corporation will be shrink or this corruption will be finished. That kind of deducted scheme for the recovery there will be. So this is the most thing I needed because political topic, political system discussion is totally natural language oriented, but I wanted to make more logical. If that is logical and more mass oriented and everything is protocol and everything is open source, it's very easy to discuss because the basic ground of discussion is already defined. Everyone can use same language. This is most important part of this DAO4M. And the last one, 11th, poor internet connection friendly. So basically I wanted to use this system in Africa or some Polynesian islands. That kind of small nation is very good for the first challenge of this DAO4M. So that kind of nation can be sometimes unstable connection, so that I wanted to make entire system as resilient to the poor connection. So the first half of my session has been finished. I've been talking about why democracy, what is a good democracy, system requirements of good democracy. Next half will be held later slot, and I will be talking about the spec of DAO4M, the nitpick consideration of DAO4M, socio-economic effect of DAO4M. Thanks.
Hi guys, this is the second half of my session, How to Fix Democracy with Blockchain. I'm going to start from spec of DAO for nations and expand the discussion to the socio-economic implications. And that's how it works. There is 6 phases for the normal flow. Initialization is nation initialization. So we will issue bond on chain. And on-chain bond issuance is not security, so we can sell it on Uniswap directly. It's very good. Then we will put ports by using budget, and we will purchase very cheap phone and distribute it to the all citizen. Then legislate that citizen by using some Ethereum address or some other blockchain address. We will register there. Then next, onboarding. So minimal law is needed, something like a corporate law, or very basic human rights, and there's many minimal laws must be there. So we will make it by using DAO4N first. And basically that won't need budget. If there's at least police, we can regulate. And at least economy is needed, because there is no economy, there is no tax that bad. So we need to make job there. And last, we can make taxation. So if there is taxation, we can circular devaluation we can make. So it's very important start point of the DAO4M. And the third point, this is regular iteration, proposal. So proposal have to have collateral first. It's like a 500 DAI or something, that amount is enough. Then we will make filtering. If there's one proposal incoming, randomly 30 citizens will choose them from the citizen member list. They will assign it to the proposer, and they will make a decision that, okay, this proposal is worth discussing or not. Then filtering phase down, then facilitator will be randomly chosen. Facilitator is put in the DAO4M member list as facilitator. There may be 100 facilitators. And next, facilitator will set the domain of the proposal. If there is something like 3D printed housing regulation, a 3D printed house must be like this, the favorite proposal it was, the facilitator will put housing professional and some city scenery professional, and some other will be there. So after facilitator define the domain of proposal, randomly professionals will be chosen from the professional pool. This facilitator and the professionals are to be pulled from the other deliberation. Other deliberation is also done by people with facilitator and professional. And the fourth process, deliberation. Deliberation is based on modification request and voting. I will explain that later. Very simple one, that is. And the fifth element, execution. After deliberation is finished and the voting is finished, this execution is generate administration and allocate budget by unlocking national treasury. It's like a vesting. Pay at once is very dangerous for one administration. If that administration is malicious, the budget will be gone. So it has to be vesting style. Every month that administration can withdraw some money. Then new law as well will be written to the blockchain. Number 6, this is optional, but real-time analysis. Law viewer and the fiscal viewer have to be there. Yeah, it's like just using block protocol, just aggregate some law fragment and aggregate fiscal change, and we can see everything like Google Analytics. So yeah, let's focus on deliberation. Deliberation is modification request and anonymous body. I mean leg lang. Yeah, this is very prototype, but yeah, first
you can use this language only by problem section. So I'm not good at this problem, but I feel this is problem, so I made it with Collateral. This is okay. And based on the how problem is matching with the trend of the society and how huge the problem is, the 30 representatives of the deliberation will filter. Okay, this is important or not. Then the members will add model rec. Model rec is modification request. Something like, okay, this problem will need regulation administration. In here, ship management administration. For the problem is our ship frequency is not sufficient in the island. Then vesting, we will set budget for that administration. So yeah, the vesting destination is constant, the newly created administration. And the vesting amount is something like 2,000 DAI per month. So kind of DSL there will be. And the law is a pure natural language. It is going to be parsed by Legoland parser, and it's going to be, the diff is going to be just concatenated, and we can see the legal documents in the law viewer. Oh, yeah. So from phone by anyone, that law viewer and the fiscal viewer, proposal, deliberation, everything have to be done by phone. So some elderly person cannot do that. So for each town, there may be official administrative teacher, I guess. That, yeah, it's not protocol level. It's something like administration level optional thing. Yeah, this is very important. Core protocol and the shell protocol is totally different. So by using deliberation, we can make any administration on the DAO end, but it is not mandatory. We can make it arbitrary. Modification request. This is basically like GitHub. Three-way merge for all. Plus voting will decide that, okay, this mod rec is rigid or not. And voting. Voting is basically anonymous voting because, yeah, cohesion, receipt freeness, those kind of things matter. And I designed a Tornado Cash-ish Circum circuit. So basically, Tornado Cash is already decentralized anonymous transaction system. So we can send money with anonymous style. If we tweak that algorithm, we can make some anonymous voting. Yeah, Barry Whitehead makes semaphore, that kind of system. And pros, there is no cohesion. So cohesion is something like a violent deterrence not to vote. So some very aggressive religion or some aggressive corporation will do that. And if there is identity information between the voting address, that's not good. There will be cohesion in the very important proposal. So the privacy knowledge and literacy is very important. We have to make administration to teach privacy technology. And the second pros, perfect for deliberation level limited member voting. So basically, the anonymous technology is very expensive, but in this protocol, we only choose 30 members per policy. And if there's 2,000 policy in a year, only 60,000 people there will be in the deliberation. So it's very cheap and achievable in the layer 1. Even if Ethereum 2.0 not coming, it's okay. We can do it. And enough anonymity set for the 65,000 population. I mean, anonymous voting needs anonymity set. And if there is no anonymity set, it's very easy to detect, okay, this address is this person. So yeah, there are three types of the adversary in this protocol. Strong adversary can roll back and make reorg for the blockchain. And the medium adversary is like Yakuza. Even if you are settled in any place, they can find you and they will police you. It's very strong. And the weak adversary is there is no information of you, but yeah, if he know where are you in, he will come. The kind of level of adversary the weak adversary is. And that's why anonymity set is very important. We have to protect ourselves from the
political advisory. And yeah, I will explain why 65,000 is important. The cons is, but for referendum level mass voting, referendum is voted by everyone. So please imagine India, there will be 1 billion people and it's very difficult to vote by everyone. And annual or frequent anonymity set refill. Anonymity set will be empty so that we have to make it refill. And if the people amount is 24,000 only, once in a year we have to do refill and it's very bothersome. So if there is 65,000 people, once in a 4 year we have to do the refill. It's, yeah, reasonable. And economic pros, at least for Japan, I'm Japanese. For Japan, $6 billion equal per year cost reductions there will be because the Congress is very expensive, politician is very expensive, many redundant things there is, so we can cut off everything. And for devaluation, good regulation, more devaluation there will be, like 2,000 devaluation there will be per year. So we can make good regulation. We can cut bad regulation. We can make good taxation and we can cut bad taxation. So refinement of the regulation and taxation there will be. So it's minimal nation, but enough. That kind of state we can make. And if some human rights activists think, okay, that is not enough, you can make proposal. And you can get budget from the national treasury and you can make administration. So it's very flexible system. For libertarian and for communitarian, both parties can satisfy their purpose. And the third element plus is we can be optimistic for the high-tech society because capitalism is now reaching to the surveillance capitalism. Please see Australia and China, it's the same situation now. But as I said, regulation can be smart. So we can prohibit bad administration. Okay, this administration is surveillance supporting. So let's dismiss it. That kind of proposal we can make. And for political rants on Twitter are now important regulation. So every day we do something. Every day we discuss about political news. And it's very important now. In current indirect parliamentary democracy, that kind of rants is somehow feel empty because we feel that we cannot change anything. But in this system, we can change. So it's very important now. And cons, system migration uncertainty. So something like Catalonia. Catalonia tried to divide it from Spain, but building this system and teaching this system and try migration. Migration means taxation target is changed to the new nation. This is very uncertain things. Communication cost is very high. So it's first big problem. But yeah, time will solve it because the surveillance capitalism will get into the harsh and we will notice that, okay, this kind of political system only solve it. We will notice in the future. The second second cons is the security model education. Because this is based on DAO and blockchain, we have to learn what is 51% attack, what is reorg. And reorg will affect our devaluation process. That kind of security model education is needed. But we made a semi-formal logic, so we can learn, okay, this situation, we can do this. That kind of logical remedy there is always. And third cons is the privacy education cost, like a VPN, we have to use it. And fourth, phone distribution cost. We have to distribute phone to everyone. But now it's like a $20 per phone or something like cost now for Android phone, so it's okay. So summary, 2,000 devaluation per year, purify corruption and regulations. That's cheap because it's open source. Any country can use it. And the honest people will win. It's very good. So next phase, yeah, now already 40 minutes using and it's over my slot of the talking, but anyway, let's go. Next, about a future implication by DAO for N, socio-economic consideration. Let's think about it. What is the spending? By the best version, this is Sibin.
So the microplastic as well, we can solve that problem. And you can propose quick drastic act for the plug or something other. And for vulnerable person, you can make some good technology and regulation will smart way, they will make very good law and subsidy or something other. But wait, mass surveillance and the scoring will come. If technology evolve and administration is not smart, they will use the technology for surveillance. So we need to restrict that. And genetical improvement. Yeah, it's think about productivity and efficiency. It's very reasonable things to do genetical addition, but we don't have to do that, and we must not do that. We have to regulate that. And transhumanism and singularity. I'm very big fan of the Ghost in the Shell, but transhumanism will change our definition of the basic people. And if we can make another people from one person, it's not good. Or machine getting to be human, it's also terrible things for the political system because, yeah, the human rights for the robot is needed. Or another kind of discussion with the OED. Yeah, that's move. Anyway. So how do we do? Restrict possible moves of the administration and nation. The don't be evil is a global slogan, but let's say can't be evil is a doubtful ends property against nation. You restrict nation. You propose counter activity. Something like, okay, you can use robot for this use case, but it must be like this. That kind of proposal you have to do. And whole system is less time consuming because by application you can do, and like a GitHub pull request, you just type text, that's all. So yeah, it gives us spare time and all inefficiency will be solved, which is very good for the aging society and the population decline. Japan is the top runner of this area. Aging is going. But yeah, we can solve that problem by using DAO4N, I believe. Of course, not only Japan, your country as well gonna be aging. So yeah, be careful. Even though we are busy to live our lives, but yeah, we can do politics. Blockchain accelerates politics, and we can harness it by protocol. And that can be accessible for everyone. There is no division. Basically, democracy is often make division, but this system doesn't make division. Because there is no political party, only policy there is. But we can do deliberation, so yeah, we can unite. Believe in tech again, and yeah, often we say software is eating politics in this moment, but I would say we are eating politics. Software is not scary. We can restrict nation by software, and it's very good thing. This is DAO4N. And at the last, this is open source project, no profit, and contributor is needed. First, narrative strategist. Meme is very important. So I'm Japanese. I can speak English, but I'm not good at narrative making. So I need help of you. And regional policy researchers. I'm good at Japanese politics, but I don't know about other countries. So please tell me about your nation's politics. Applied cryptographer. As I said, this is using ZK snacks, and ZK stacks is preferably against quantum resistance. So your help is needed. This is a very difficult project and protocol. Please tell me your thoughts. And a monetary theory glue. We can put nation on the DAO, so we can deliberate how we issue money. And that is going to be written in protocol. It's very good playground of you. Please give me your genius mind, and let's make protocol of money. And Svelte Rockstar, as I said, this project have to land on the poor connection situation. Not only Africa or some Polynesian island, like World War III began, and connection and network is going to be laid. So we need such kind of technology. And at the last, low language senpai is needed. Low language
I said Legoland, is very difficult and very useful language. There is no raw manipulating language, right? But you can do that now, so please come in. So this project is multidisciplinary hell. We need to learn everything. We need to know everything. But surely you can make this world a better place. Down4N. So please use hashtag Down4N. And inquiry is for the _SGTN at Twitter. I'm always there using English. Ooh. So my approach were connecting crypto economics with crypto law. This result like this kind of protocol. And for further research, I will investigate more for the currencies, bonds, military powers, and DeFi. Thanks for listening. Hello, thank you very much for hosting me at Blockchain Jam. I'm very glad to be here. My name is Saifuddin Ammous, and I am the author of a book called The Bitcoin Standard, which is being translated to Japanese and should be published in Japanese soon. I'm going today to discuss some of the main ideas in my book and some of the main ideas of what makes Bitcoin important and unique. I'm going to discuss what Bitcoin is good for, other implications of hard money. What is the importance of having a hard money like Bitcoin? Briefly, I think if I were to say why Bitcoin matters, I would say that Bitcoin matters because anything can be used as money if it is held as a store of value and used in exchange. But over time, we find that the things that end up being used as money most commonly are the things that are very hard to produce, the things that are not easy to increase the supply of. And so with anything that gets used as money, people can use it as money, and that leads to its value rising. And then because its value rises, people who can produce it will produce more of it, and that will lead to its price dropping again. So things that are easy to make will be bad as money, and things that are hard to make will end up working as money. And if we look at historical examples of what gets used as money, we see that what gets used as money is always something that is hard to make. It's something that is difficult to produce in increasing quantities. And so we see these examples are things that get used as money usually. And at the end of the 20th century, the end of the 19th century, what was used most commonly as money all over the world was gold, because it is the hardest thing to make more of. So Bitcoin matters in my mind because Bitcoin will be the hardest money ever over the next couple of years. Bitcoin's supply is completely fixed. There's no way for increasing Bitcoin's supply beyond the 21 million number of total Bitcoin that is available, that is going to be produced. And the supply growth rate continues to decline over time. It's currently at around 3% for this year, and it continues to drop further and further until the supply stops growing and the quantity of Bitcoin doesn't increase. This is unique. We've never had a money like this. We've never had a hard money like this. So with every other form of money, if it is chosen as a money, as a store of value, then its production will increase at the margin. People will make more of it, except Bitcoin. When Bitcoin is chosen as a store of value,
its value goes up, but more production of it is not possible. Nobody can make more of it. Instead of people being able to make more of Bitcoin, what ends up happening with Bitcoin is that the mining process of Bitcoin becomes more secure. And so Bitcoin has this cycle, this positive feedback cycle, where people demand it as a store of value. This causes its price to rise. Mining becomes more profitable. But that just leads to more hash power going into mining, which makes the network harder to attack, which makes Bitcoin survive longer, which leads to it attracting more value, more demand as a store of value. If you compare this with every other money, we see that the store of value demand happens, the price rises, mining becomes more profitable, people will then increase the supply, and then the price will drop. So we don't see the same thing happen with Bitcoin, because Bitcoin has a difficulty adjustment that makes mining more difficult. And so the quantity of Bitcoin that will be supplied cannot be increased if more people are trying to mine Bitcoin. And so this is why difficulty adjustment, in my mind, is the most amazing thing about Bitcoin, because it converts people's incentive to increase Bitcoin supply into network security. So the processing power to power Bitcoin today is like equivalent to around 10 million of the world's top supercomputer. It's about 10 trillion times larger than your laptop's processing power. And so the same number of transactions that you do with Bitcoin only does about 500,000 transactions per day. That same number of transactions you can do over a laptop, but Bitcoin does it with all of this energy expenditure because it's a way to ensure that the network remains secure. It's the way that we ensure the network against attack. And this is something that has been working well so far. So we see that with Bitcoin, we have no single point of failure. We have no single piece of critical infrastructure or hardware. We have no single critical individual or organization for the running of Bitcoin. Bitcoin basically can't be stopped. It's a protocol that is always open to anyone who wants it. And every 10 minutes, a new block of transactions is released. It's basically never failed at producing this so far, and it has never confirmed a fraudulent transaction. So Bitcoin is the hardest money that we have ever invented, and it's available worldwide for anyone who can receive 2 megabytes of data every 10 minutes. It's purely voluntary. It doesn't need regulation, enforcement, or police in order for it to operate. And it is chosen and valued freely on the free market. People buy it and choose it and use it because they want to. They are not forced to use it as is the case with government money. So what is Bitcoin good for? If we have this asset, what would it be good for? I think the first thing is that it is a store of value. Bitcoin gets used as a store of value because it is the first strictly scarce liquid asset. Before Bitcoin, if you really think about it, the only thing that was truly scarce was human time, and I really recommend the book, The Ultimate Resource, by Julian Simon, because it's a great book that discusses this, that we can make more of any resources because we can always dig more in the earth and we can always find more resources to use. The limit on how much of a resource we have is not how much time, the limit on how much resource of any particular resource we have is not how much time, it is not how much of that resource exists on Earth, but it is how much time we dedicate to it. The real cost of the good, the real limit on how much we can take of the good is the opportunity cost in terms of other goods. So the reason we don't have more of one thing is not that the earth doesn't have enough, but because digging and finding more of it would cost us a lot more in terms of other things. So nothing is truly scarce because if we dig more, we'll find more of anything. The limit is how much time we dedicate. But Bitcoin is the first thing that's truly strictly scarce. You can't make more of Bitcoin. There's no way that you can make more of Bitcoin. And so in that sense, only two things are genuinely scarce, and those two things are time and Bitcoin. So for the first time, you can store the value produced from your scarce time in a store of value that is equally scarce. Your time is the only thing that you can't make more of. And it's the only thing that is irreversible. It's the only thing that once spent is not going to come back. And Bitcoin is the only thing
that is strictly scarce, that is as scarce as time, because there will never be more than 21 million Bitcoins. So in my mind, I think Bitcoin is just the most advanced technology for transferring the value of time into the future. The second thing that I think Bitcoin is good for is that it is a decentralized free market alternative to central banking. If Bitcoin continues to not die, demand for Bitcoin will continue to rise, I think, because it continues to work, and the price and the supply is limited, and so increased demand leads to the price rising, and then that attracts more demand than its own. And the interesting thing about it is that hard money is not optional. You cannot really isolate yourself from the consequences of others using money that is harder than yours, because the harder money gains value over time, whereas the easy money loses value over time. So the people that hold easy money witness the value of their money decline over time, and the people that hold hard money witness the value of their money appreciate over time. And so over time, the value, the more and more value ends up being held in the hard money and not in the easy money. So because of this, I think what's going to happen with Bitcoin is that we're not going to see on-chain Bitcoin transactions used for consumer payments and for individual payments, but they will be used more for settlement. And so instead of thinking of Bitcoin payment network as being a competitor to PayPal, I think we're better off thinking about Bitcoin as being an alternative to central banks. Bitcoin provides PayPal and other payment networks an alternative currency that is not political, that is not linked to central banks, that is a free market alternative to central banks. That's, I think, the really powerful thing that Bitcoin does. It's an alternative to central banks that is completely a free market. So Bitcoin transactions, I don't think, will be used as as transactions that are used for individual payments, because Bitcoin doesn't even scale to handle that amount. But I think Bitcoin transactions will just become more and more valuable and will be used for global and international and important settlement transactions over time as their value increases. Effectively, Bitcoin is the only working alternative to correspondence banking, into international correspondence banking as it works today. So in the same way that when we think about gold being used as money, gold did not, people did not use gold with every transaction every day. Gold was stored in banks, and people used financial instruments that were backed by gold. So Bitcoin will have solutions similar to that develop on top of gold. But I think the difference is that Bitcoin is much more decentralized than gold, and is therefore much easier to send all over the world, which I think makes it far harder for governments to centralize it in central banks like they did with gold. And I discussed this in detail in the book. So assuming Bitcoin continues to work, what does this mean for the world? Well, it means the hardest money ever invented is now available everywhere for anybody. And it is available for anybody who can make international payments now without having to go through governments and central banks. The 21st century global digital free market will grow around Bitcoin, or seems to be growing around Bitcoin. The internet's decentralized bank running on hard money. This is what I call the Bitcoin standard. What are the implications of this to individuals or politics or capital markets? Well, I'd like to discuss three particular implications of this. The first one has to do with with the time preference, and I think this is a very important concept in economics, the concept of time preference, and it refers to how much people prioritize the present over the future. So in places where you have easy money, if you are using easy money, that easy money loses value over time, and it encourages you to think in the short term, and it encourages you to spend the money, because why should you keep the money when you can spend it when the money won't hold its value? It's going to lose value in the future, so you spend it, you get rid of it. Whereas if you have hard money gains value, and so it encourages you to think of the long term, and it encourages you to accumulate capital. So another way of thinking about it, easy money, when money is increasing at
at an increasing rate offers us artificially low interest rates, which gives you an incentive to borrow more and to save less. What do these things do? These things affect your time preference, the degree to which you prioritize the future versus the present. So people who have a low time preference prioritize the present only a little bit against the future. And so they keep thinking of the future a lot. People who have a high time preference will have much more focus on the present than people with a low time preference. They discount the future very heavily. And so I argue in my book that hard money leads to people having a low time preference. Hard money, because you can save it, because you can keep it for the future, it encourages you to think about the future more. It allows you to think about the future more. It allows you to plan for your future more, because you can put this money away and you have a good expectation that it will be there tomorrow, and it will be there next year, 5 years from 10 and 10 years from now, and it will hold on to its value quite well. So if you do that, you would think that this, you would want to do something like, if you have that form of money, you would think about the long term. If your money loses value very quickly, which you see in many countries around the world today, when you have that situation, people become much more concerned with the present, and they have much less of an ability to plan for the future because they don't have enough resources for the future. And this is extremely important, because what hard money does is that it allows us to save, and it allows us to save for the future and to provide for the future. And that is what allows us to accumulate capital. This is where capital accumulation comes from. And if we accumulate capital, that gives us a higher level of productivity, and that leads to better living standards, better material living standards. So really, economic progress, or the process of civilization, is the process of lowering time preference, providing for the future, thinking more and more about the future, accumulating capital for the future, saving, and having a higher productivity, and constantly improving material living standards. And so we see that with easy money, throughout from 1970 until today, we see that saving rates continue to decline, because people are saving less and less because money loses value. These are low. Saving rates today are arguably lower than what they were like in the 19th century in the US, because back then they were much higher because people had a harder money, and so they could save more. And what the hard money does is that it allows people to think more about the future. But some people will say, particularly Keynesian economists, they will say, well, hard money means that people won't spend in the present, and they will continue to delay expenditure. And I think this is, of course, a big problem, because a big misunderstanding, because everybody is constantly buying things that are getting more expensive, or that are getting cheaper over time. If we have a hard money, we would expect that things would decline in value over time. So does that mean that people will just stop buying things? I don't think so. Would you not eat because you expect that food will be cheaper next year? No, you still need to eat. Will you not buy a house if you think that the house will be cheaper next year? No, you need a house to live in from now until next year. So you will buy a house even if it's going to decline. Even if the value of the house is going to be even if the price of the house is going to be lower next year, because the money is appreciating, the money is rising in value. So I think, what hard money gives us is not that it's going to stop us from consuming. We're still going to consume, but we're not going to consume unnecessary things. We're going to consume things that are more necessary, and we will save more. And I think that's a good thing. And it's not just an economic factor. I think culturally, once people have a hard money and people can think of the long term and think of the future, then people are able to live in a much better way, and they can focus on flourishing beyond just their survival. And so you see all kinds of implications of time preference and the difference between hard money and easy money. You look at places that have hard money, and you look at what happens there versus places that have easy money, and you can see it. You can see the extreme example today between places that are having hyperinflation, like Venezuela
Zimbabwe, and you compare these places with places that are having that have hard money, and you see very big differences. But it can also compare different periods across time, and we see really some of the most amazing innovations and inventions that happened in humanity's history happened in the 19th century under the gold standard. We see all of these amazing things, electricity, cars, airplanes, the city subway, petrochemicals, all kinds of amazing innovations all happened under the gold standard because people were saving and thinking about the future and able to think very creatively about the future, and people weren't as financially insecure. Also, I think the best way of explaining this or showing the difference in time preference between hard money and easy money is looking at art. On the left, we see the Sistine Chapel, and this is something that was created by Michelangelo. It took him 4 years of hanging from the ceiling in order to be able to produce this amazing work of art. This is the kind of art that was being produced under hard money. Whereas if you look under easy money, we see that this is the kind of art that is being produced, which takes, 15 minutes to make, basically. And I think the difference between the two is very obvious because this one involves thinking about the long term. It needs a lot of skill and a lot of preparation, a lot of training, and it requires a lot of effort. And it requires the person who is commissioning it to want to build something for the long term. Whereas this is easy money. In the world of easy money today, it is basically, there's a lot of money to be buying art because people can't store their wealth in money. They want to store it in anything that is scarce. And so there's a lot of money that goes into art. And so people will produce anything and call it art, and people will buy it up because it's better than holding money. I think it's no coincidence you see this difference. So in general, I think I would say that civilization is built by low time preference people operating with sound money, and it's destroyed by high time preference generations thinking in the short term. Capital accumulation is an important part of civilization. It is the means to allowing civilization to happen. Politically, I think it's interesting that Bitcoin makes capital not physical. It makes it information. And so it becomes much easier to move money around. And government's monopoly starts to count for less and less. Governments will have to compete for people who are productive. I would imagine that something like Bitcoin would defund, would prevent governments from printing money, and therefore would make it difficult for government to continue to spend money, and would make things like the nanny state and the managerial state harder. We would have more of a classical liberal conception of government. I would imagine the world would become more and more of a Swiss model. I think in terms of capital markets, I discuss in detail why I think hard money is the solution to business cycles and recessions. I think we can see the example of Switzerland. When they were on the gold standard on hard money, Switzerland had basically no unemployment. And then when they went on easy money and their currency started floating, the amount of unemployment in the country began to increase. There are many other issues that I discuss in my book on capital markets and how much we would benefit if we had one money for capital markets. And then, of course, there's the discussion of energy markets as well, which is important. But I believe this is all what I have the time for today. Thank you so much for joining. If you're interested more in my work, you can go to my website, safeitbean.com, where I publish online courses in Austrian economics and in the economics of Bitcoin, and some of my research as well is published there. My book, The Bitcoin Standard, is now available in 22 languages. Japanese is one of them. It's coming very soon. You can sign up to my mailing list on safeitbean.com/email to stay notified and updated of all of my work and publications. And thank you very much. ここまでのプレゼンテーションはどうだったべにか？まだまだ魅力的な登壇者が続くから、たくさん楽しんでってほしいべに。AMA ではスピーカー陣への質問ができるべに。今日のスピーチを聞いて質問したいことがあったら AMA にて聞くべによ。僕が船長を務める
VR 空間コスミックワールドもぜひ遊びに来てほしいべに。宇宙船内ではスピーカー陣からのワンポイントアドバイスや BCJ オリジナルグッズが当たるFortune Gameもやってるべによ。待ってるねー。I'm a professor at Cornell University. I'm also the CEO of Ava Labs, which is the company behind Avalanche, the protocol. Today, I want to talk to you about open and programmable finance with Avalanche. In short, we built something amazing and very different from all of the blockchains that you're familiar with. And I want to explain to you how it's different and what makes it different. But before I do that, let's talk a little bit about where we are today and where the blockchain world stands. Blockchains are now almost a household word now. Everybody has heard of them. Everybody knows that they represent an enormous opportunity and a complete rethinking of the financial system. The market cap of the coins we have about 6,000 coins, and their total market cap exceeds $300 billion. The amount of VC investment, venture capital, that has gone into blockchains exceeds $20 billion. And more importantly, about $20 billion of hard-earned money from people like you and me has been invested into this community by regular people like us. Even Facebook is looking to issue a cryptocurrency. So are many central banks. I have actually spoken to the Bank of Japan back in the day, a couple of years ago. I have spoken to just about every big major central bank about blockchains and how to issue central bank backed digital currencies. The era of digital assets is just starting, and that's our core belief.
Now, as I mentioned, there have been 6,000 coins. All of these coins are trying to essentially duplicate the same vision. And that same vision, that one vision, comes from the one person in the space who really did have a unique vision, and his name is Satoshi Nakamoto. Everybody else is copying what Bitcoin is trying to do. Everybody else is trying to come up with an alternative to fiat currencies. Everybody else is therefore moving very fast towards undifferentiated products. All of the coins are copies of each other, in short. And we saw an explosion of coins in the 2017 and 18 timeframe. Many of these products failed. Most of these products were terminal. They're not enablers for building new exciting things on top. All of them are speculative assets trying to do pretty much the same thing. So that is one of the main things we're going to be fixing in Avalanche. We are not trying to be money. We are not trying to compete with Bitcoin. We are not trying to compete with Ethereum. We have a unique vision different from them, and we have a unique technology different from them. And this unique vision, which I'm about to explain to you, and this unique technology comes at an unprecedented time. Many national economies, even as I speak to you, in the West have shut down. Astronomical amounts of debt are being created. Many weak companies, banks, and some national economies will collapse. And the flight to unseizable assets is already taking place. This will only get faster in the months ahead. I see an enormous boom in the crypto space coming up ahead. And yet for us to branch out of speculative territory into new financial products, into reimagining finance, we really have to handle three big problems ahead of us. What are the three big problems in front of blockchains, you might ask? Well, the very first one is scale. First generation platforms that we're familiar with simply cannot support trades of digital assets at global scale. These platforms that exist today can barely handle about 3 transactions per second, 7 transactions per second, or 15 transactions per second in a pinch. And as the numbers go up, they necessarily trade off decentralization. The one thing that makes these platforms valuable goes out the door as people try to squeeze more performance out of them. And the scalability problem is enormous. If you try to be money, you have to scale. If you try to handle, for example, the payments at a small country like Venezuela, you cannot do it with Bitcoin as it is today. You have to go to layer 2 solutions. You have to go to more complicated solutions, which to date have not seen any traction whatsoever. So I'm going to show you how we handle the scale problem in a second. The second problem is usability and flexibility. All of these networks offer the same service. They are undifferentiated. They're trying to do the same thing. And there is a bigger universe out there. And I want to give you a glimpse of all of these exciting assets that are not money that we are going after in the Avalanche system. We want to digitize every single valuable thing and put it on a blockchain. This includes commodities. It includes oil, wheat. It includes every single kind of plant and animal product. It includes every single kind of virtual thing like financial products, bonds, derivatives, options, futures, credit default swaps, and so on. Also, it includes real estate, fractionalized real estate, income sharing agreements, and the like, all the way down to NFTs and game assets. We want to go after these things. And to reach this, you need to provide a platform that is far more flexible than the ones that you're familiar with. And I'll show you how we do that. And the final thing that I want to impress upon you is the need for governance. We all know how hard it is to plan financially for, let's say, the year ahead. We're all familiar with countries that used to have 5-year plans. And we know how miserable it was when the USSR was having their 5-year plans. Every 4th year, they found themselves completely out of sorts and had to replan. Now imagine trying to plan for eternity. It is simply not possible. These blockchain platforms that we build have to be flexible enough to evolve with the changing needs of users and with the changing macroeconomic climate.
So these three problems exist and they are pervasive. All first generation coins suffer from them. And I want to show you a new vision that's a complete big breakthrough that addresses all three of these challenges. Now, as I said, I'm a professor, and my area of expertise is distributed systems. This area has been around for 45 years. It got started in the 70s, and these two people on the very left-hand side, Professor Barbara Liskov and Dr. Leslie Lamport, are heroes of mine. They have been recognized with the Turing Award, each independently, and they came up with classical protocols. These are protocols that are based on voting. And these protocols are very well established. There are hundreds of them in the academic literature. And we knew all about them. They're making a resurgence even as I speak. ETH2O is one of these classical protocols. EOS is one of these. NEM is one of these. NEO is one of these. And there are many other proof-of-stake protocols using these classical protocols. Now, these protocols existed when Satoshi Nakamoto came along. And Satoshi Nakamoto, even back then, as we can see today, could look at these protocols, and he did, and he wrote very explicitly that these protocols are unsuitable for open financial systems. They are fragile, they are closed, they require knowledge of all participants, and they lead to closed systems. They lead to cabals controlled by a small number of players. That's why Nakamoto himself invented his consensus protocol in 2009. And that's a big, big breakthrough. He does not have a Turing Award, but he has instead 1 million Bitcoins. Now, something big happened about 2 years ago that you may or may not have heard of. An anonymous group calling themselves Team Rocket came up with a protocol called Avalanche in 2018. And that protocol is just as groundbreaking as Nakamoto's, as the work from the 70s on classical protocols. It's a completely new way of building consensus protocols that addresses the weaknesses of both classical and Nakamoto consensus. Now, I want to come back to what that means. Now, what is wrong with Nakamoto consensus? Well, first of all, it has very long confirmation times. When you make a payment with Bitcoin, it takes about 1 hour for that payment to become finalized. The throughput is very, very low. The throughput is on the order of about 5 transactions per second. And 5 transactions per second is about the speed of a big department store in Japan. So you're not going to be able to take over Wall Street, which I can see from my window here, at those speeds. You need many, many more zeros next to that number 5 if you want to tackle something as big as that. And worse, these systems are centralized. Bitcoin is a centralized system. It is controlled by a small number of mining pools. On the order of about 19 mining pools create 99.9% of the hash power in Bitcoin. These are actually, they're better than having a smaller, even less decentralized system. But nevertheless, they're not really all that decentralized. And finally, they consume a lot of energy. And you may not care. Some people might not care about the energy we put into the planet, we burn and warm up the planet with, the problems we face for the environment. But most people would care about the leak of value from the store of value. The money is going to the power companies. It's not being used properly. Now, of course, this is the reason why you're seeing a number of recent protocols, recent project groups that don't have anything innovative. They go back to the 90s. They resurrect one of the classical protocols. They put some blockchain makeup on it, and they try to serve it up as a new coin. So Cosmos, Polkadot, etc. These are all protocols from 1999. These are all based on older protocols. They cannot scale beyond a few hundred validators. The best classical protocol was designed by Ted Yin and friends. Ted Yin is a graduate student. He's a student of mine at Cornell University. He did it over the summer. He came back and said, I did that, and I now want to work on something truly innovative. And he's currently working on Avalanche. Now that protocol is called Hot Stuff. It is the basis of Facebook's Libra currency. So that's the best. We are the ones who did it, and we are the ones who are not using it because we don't think it's good enough.
These systems are so small, they lead to cabals and lack of decentralization. They are centralized currencies at their heart. And they're not robust, and they're fragile. So what makes Avalanche different? At the very core of Avalanche lies an entirely new approach to how to achieve consensus. This is a leaderless protocol. It's a leaderless protocol that is based on metastability. It creates an environment in a distributed system where the nodes are unhappy, so to speak. They're in a high energy state as long as there is no decision. And they become happy and harder to change as they find more and more support for their decisions. And when the network has actually come to a full decision, it's at an immovable low energy state. Think of it as a spinning plate, and at some point when it falls to the ground and is lying on the ground, it has made a decision. That's when it's happiest. It's much harder to take it from that state and back to go spinning in the air again. Now, this algorithm is quiescent, it's green, it's sustainable, and it scales incredibly well with increasing numbers of nodes. It can accommodate tens of thousands to millions of participants. This is not something anybody else can say. They all compromise decentralization. This protocol approach does the exact opposite. It has some amazing features. One of the main features is robust like Nakamoto. It's robust like Bitcoin, but it's very quick like classical protocols. It makes a decision in under a second. It achieves high throughput. I'm going to show you numbers later on, but it's 3 times faster than Visa. I never thought I'd see this in my lifetime, but we were the ones. I'm really proud of this as a professional accomplishment. We were the ones that built the system that is faster than Visa, even though it is decentralized, spread around the globe. It's lightweight. It consumes very little energy. There is no mining. And very interestingly, it can withstand adversaries larger than 51%. So somebody with even 60% of the stake in the system is unable to revert the safety of the system. Sure, they can maybe impact liveness, but they cannot impact safety. And it's highly scalable. It scales like no other protocol family on Earth. So I mentioned how it achieves, the kinds of performance it achieves. It does this by following a protocol format where every node talks to a very small subset of other nodes. So every node polls a small number of nodes, then it changes its decision, and the analysis and math works out such that in a very small number of rounds, everybody comes to make the same decision. So if you were to use a classical protocol with 10,000 validators, you would end up having to send about 100 million messages. If you use Avalanche, you end up sending about 85 messages. So that's why this protocol is so much more efficient. That's why it could actually feasibly run on a telephone, on a cell phone. The latencies it achieves are enormously faster than everything else. Bitcoin is 3,600 seconds here. That's about an hour. Ethereum, for approximately equivalent security, is about 518 seconds. Algorand, it's one of the newer coins by a very well-esteemed colleague of mine from MIT, requires 50 seconds. We require less than 1 second. We always advertise 1 second, but in reality, in our current mainnet, we went live only 3 weeks ago, but in our current mainnet, we're achieving finality in under 200 milliseconds. The throughputs are also enormously high. I mentioned that we're 3 times faster than Visa. So Visa gets about 1,700 transactions per second. We get 7,100 transactions per second. It's much, much faster than Visa. At the same time, we accomplish this not by centralizing the system, but by doing the exact opposite, by decentralizing to potentially millions of participants. Now compare Bitcoin's 19 mining pools. Ethereum's, like it used to be 11, it's a little larger now. Ethereum has a few dozen mining pools. EOS has 21 block producers. We can accommodate millions. Our current mainnet has 600 validators. You and I can meaningfully participate in the system. You do not need anything more than a Raspberry Pi. In fact, some people participate in the system with actual Raspberry Pis. The Byzantine tolerance threshold is configurable.
And the system degrades gracefully if there is a really large attacker with systems like Cosmos or Polkadot. As soon as the attacker is larger than 33%, he can take over the system. This is not so for Avalanche. I'm not going to be able to have time today to go into the details why, but it's a fascinating property of the way these metastable protocols are designed and operate. Now, that's just the core protocol, and it's a big breakthrough given to us by Team Rocket. On top of this, we brought some additional insights that completely re-envision how blockchains work. Now, one of the main things we do is provide extraordinary flexibility. Now, all of these first generation platforms you might be familiar with do pretty much the same thing. Everybody copied it from Satoshi, and Satoshi was the first person with the simplest possible vision. Now, what is that vision? There's a coin, there's a virtual machine that implements the coin, and there's a network that runs the virtual machine. That's what we have today, and everybody else copies it because it's a nice design. Now, this design cannot integrate into existing legal systems. It's extra legal. It's outside our legal system. It enforces only its own rules and cannot be made to merge with any other rules underneath. This creates a poor foundation for issuing digital assets. If you talk to enterprises, what they want to do first and foremost is create new digital assets. They want the blockchain goodness, but they typically want a specific VM custom tailored to their needs. And more importantly than that, they want to be able to control the network so that they can enforce unforeseen changes on their assets and control the full life cycle of their assets. So what does this mean for us? Well, we have AVAX, the coin, we have our own Avalanche virtual machine, and we have our own network. But we envision a world where anybody can create many other coins on top. And as they create those coins, they also specify their virtual machines, and they can create sub-networks. So somebody in Europe, a company in Europe, can issue, let's say, bonds, and say something like, we're going to issue these bonds. This is how they behave. And by the way, they have to be deployed on a sub-network that is bound by the rules of the GDPR. Or someone can say, look, I'm going to create a fractionalized real estate token. It has its own behavior, and its subject, it runs on this other sub-network that is bound by this particular agreement. Every one of the nodes in this network is bound by these additional rules, and therefore there's a legal foundation to everything that happens on this blockchain. Now, to techies, this might seem like a small thing. And remember, like there are small differences here that seem, to the uninitiated, they seem small, but they have lots of consequences. Turing completeness, we all realize, gave people control over the virtual machine. Well, control over the network is as big a step as Turing completeness in the virtual machine. It means that you can control what happens inside the sub-network. This makes Avalanche a network of networks. It supports many different kinds of coins, each with their own behavior and each with their own set of nodes that support that coin. Avalanche makes it really easy to create arbitrary tokens and to trade them. It enables many scripting languages, and one can then incorporate different rules for real estate versus gold versus diamonds versus whatever else. And many different platforms can coexist. So you can do atomic swaps of real estate for diamonds and so on and so forth, because all of the nodes share the same protocol structure, although they might differ in the rules of their virtual machines and in the rules required to govern their networks. Avalanche stakers know what they are actually supporting. It is completely unlike Ethereum. In Ethereum, the miners don't know what they're doing. They're just executing code. Some of those codes have to do with games, and some of those codes have to do with creating new assets and new value. To the miners, they appear the same. They cannot extract value from them. In Avalanche, every asset is a first-class citizen. The stakers know what kind of assets they're supporting. They can provide asset-specific services and extract value commensurate with the services they provide.
And finally, the avalanche operation, the protocol itself, lends itself to natural governance. The stakeholders themselves, the people who hold AVAX tokens, can change key parameters in the system. This is completely in opposition to how people build first-generation coins. In first-generation coins, everything is baked in, and Satoshi baked in the issuance curve for the coins for all time. And sometimes he got it right, sometimes he overmints, sometimes he undermints. And other people who copied him are making even bigger mistakes. For example, look at Zcash today. Zcash is minting far too many coins. Ethereum is minting far too many coins, and yet they're unable to change these things. In Avalanche, key economic parameters are subject to change. You and I and everybody all together, we implement the central bank, and we're able to change the key parameters that govern the system. Things like the minimum staking amount, minimum staking period, the minting rate, these are all subject to change. Now, I should mention that AVAX is actually a hard-capped coin. So the number of AVAXs that can ever be issued is definitely fixed, but the rate at which we approach that number can be changed. If today we need to offer a large interest rate to attract stakers, then we can do so. Then we in fact, that's exactly what the system is doing even as we speak. We expect that very shortly we're going to find that that the users might want to say, hey, let's not mint as much, let's boost the price instead by lowering the minting rate. And this is something that the Avalanche system can do and boost the price as a result. This allows us to build a crowd oracle for economic decisions that takes the place of a central bank. So we are the central bank and we control what happens in this network. So that leaves us with a very interesting situation. We recently had a very successful public sale of our token, and very shortly afterwards, and we take pride in how fast our team is in building our infrastructure, very, very shortly afterwards, we went mainnet. We have a live mainnet even as we speak, but we're in our very early stages. We've only been live for about 3 weeks. We're already listed on Huobi and Binance. And we're very, very proud of our situation right now. We not only support the Avalanche virtual machine, we also support the entirety of the Ethereum virtual machine. We're a smart contract platform. We support DeFi. Every single contract that runs on Ethereum also runs on our platform. Just to give you some bit of perspective, the internet was introduced in 1962. It underwent many cycles, many cycles of growth and change. And the internet today looks nothing like the internet in 1962. It looks nothing like the internet of 2000. I was around in 2000. I was around in 1989 as well, the very first time when I met the internet. 1986 is actually when I first met something like the internet, BitNet, the very first, one of the precursors. So these systems evolve. The names might stay the same, but they have changed drastically. Crypto is no different. It is not going to be the case that the first solution is the ultimate solution. To the contrary, the ultimate solution has to constantly change and shift. Blockchains represent a natural evolution of money from archaic fiat-based models to internet-based value creation, transfer, and storage. But those things cannot happen naturally and easily unless the 3 big challenges are met. One of the key of the challenges is scale and performance. I did not have time to go into it, but the way the protocol works is unprecedented. It is literally the 3rd biggest breakthrough in the space of consensus protocols. Over the entire history of the second big breakthrough is it's usable and interoperable. It's flexible. It can accommodate many different coins. It is not a system for just one coin. I am not here to say, hey, buy AVAX, hold it, and speculate on it. To the contrary, do whatever you want with AVAX. You don't have to buy it even.
But if you want to create your own coin, this system is the one that you want to use because it's so flexible. And it allows interoperability between different people. It allows anybody who's wishing to be compliant with regulations to actually be compliant with regulations. And finally, it's a flexible platform that supports governance. So we do not have to bake into the system all of the decisions forever after. On day zero, we don't have to make our minds and get stuck for years and years and years on end. We can change the key parameters on the fly as the economic conditions change. Crypto, I believe, is an extinction level event. So even as I sit here in New York City and look out towards Wall Street, I can see a whole lot of companies that bring a very small amount of value, and yet they make enormous sums of money because they have cornered certain markets. And what I also see are a bunch of companies that are failing to innovate and failing to work for the common person. And blockchains allow us to completely upend, completely reimagine that world. And but to do so, they need to solve these three problems of scale, usability, and flexibility. And what I think I did today was give you a glimpse, just merely a glimpse, of the avalanche approach to handling these three challenges. We are fundamentally different from every single one of the 6,000 coins that came before us. We are the fastest moving team. We are the most innovative team. We are the team that other people copy from. And we have been that team for many years on end. So I'm going to stop at that point. And thank you very much for listening. Thank you very much for your time. And if you have questions, I'll be very, very happy to take them.
ビットコインに変えることができます。楽天市場やお店で貯まった楽天ポイントを使って初めての人でも簡単にビットコインへ交換できるんです。早速アプリをダウンロードして取引開始。ポイントは運用する時代です。突然ですが、ビットコインの支払いに必要な時間は X ポスならわずか数秒。世界のお店に広がる X ポス。他の通貨も使えます。さあ始めましょう。詳しくは Amazon または Web で検索。ブロックチェーンというのは非常に大きな役割を担うんじゃないかと思っています。でそれによってやっぱり社会が変わっていくっていう実感がありますから、それを何としてでもやり遂げたいと思う。でこれを本当に実現して世の中を変えて便利にしてみんなが幸せになる顔が見たいと思っています。Hello, BlockChainJam2020 viewers. I'm Antonio from DYDX, and I'm going to be giving you an overview of what DYDX is and the product that we're building today. So without further ado, let's get started. DYDX is an advanced decentralized exchange, and I'll go through what exactly this means. So first of all, we're a decentralized exchange that's built on top of Ethereum. DYDX is built on smart contracts on the Ethereum blockchain, which are basically just programs that run directly on the blockchain. And these programs run the entire execution of the whole exchange. And they're what's responsible for the execution of the exchange and custodying all of the user funds.
And this is really cool because you can trade directly on DYDX from your own cryptocurrency wallet and remain in control of your funds for the entire time that you're trading on DYDX. This is really different than what you'll experience on any other centralized exchange that you're trading on, where you really have to trust the safety of your funds to the exchange that you're trading on. On DYDX, again, because the exchange is just based on smart contracts, which just run on the Ethereum blockchain, you can trade directly from your cryptocurrency wallet and you're in control of your funds for the entire time. Another big advantage of building an exchange that's based on smart contracts on the blockchain is that it's very transparent. So DYDX is based on open source code. All of our smart contracts that run on the blockchain are open source. They've all been audited. So even if you can't read code yourself, you can trust these audit reports and really just have a lot of faith in the exchange that you're trading on. Traders just have to trust the code, not the operator. So again, this is really different than what you'll experience on a centralized exchange. There's nothing that we as the operators of DYDX can do to kind of take your funds or to say, mess with the operation of the contracts that you enter into. And again, all you have to trust is the open source code that's running on the blockchain. So getting to kind of the bread and butter of DYDX and the advanced part of our decentralized exchange, DYDX offers leverage trading. So that means you can trade with leverage through perpetual contracts and also through margin trading. You can take long and short positions on DYDX. Long just means you make money when the price goes up. Short just means you make money when the price of an asset goes down. But this is the main feature of DYDX, is the ability to trade with leverage through these various mechanisms. DYDX also offers synthetic contracts on cryptocurrencies. So this means you can trade on DYDX assets based on any blockchain. So on DYDX, as opposed to a lot of other decentralized exchanges you may use, you're not limited to just trading crypto assets that are based on Ethereum. Again, you can trade crypto assets that are based on any blockchain. DYDX has perpetual contracts for Bitcoin, for Ethereum, for Chainlink, and we're soon to launch a lot more as well. And lastly, DYDX has an advanced trading interface. So if you're a sophisticated trader, the DYDX is really tailored for you. DYDX offers a central order book and matching to ensure that trades execute quickly, and this allows for much more liquid order books than you'll find on most other decentralized exchanges. I'll give an overview of what the product actually looks like in just a second, and you can kind of see for yourself. So just kind of zooming out and talking about the DeFi market more broadly, it's growing really rapidly. So the DeFi market has grown by over 100 times this year in terms of many different metrics. One of the main metrics that people track is the total value of cryptocurrencies locked in DeFi. Another main metric that they track is trade volume, and all of these metrics are growing really quickly. And the number of people using DeFi is growing really quickly as well. And DYDX is right in the midst of this. There have been many new products that have been launched in DeFi. So I talked about perpetuals on DYDX. There have been things launched like borrowing and lending, things like yield farming, index funds. So there's this entirely new financial system that's being built on smart contracts, predominantly on Ethereum. And DYDX is really offering the more advanced trading suite of products in this new financial ecosystem. So the DeFi market is a really global market. Everybody has access to DeFi markets because, again, they're just smart contracts which are running directly on the Ethereum blockchain. And this allows just really global trade. So you can trade, people in Japan can trade with people in the US or can trade with people basically all over the world. And this just, again, allows for much more liquid markets and just much more advanced trading. And finally, as I've been talking about this entire time, DeFi is really built on smart contracts which run on Ethereum, and anybody can interact with them. So let's get into what the product on DYDX actually looks like. I'm going to walk through what the product is, kind of what it looks like, how you can use it, just as a brief overview. And you can always find this on trade.dydx.exchange. So when you land on the product, you'll see it really looks like most other cryptocurrency exchanges you've probably traded on. So you can see things like there's an order book on DYDX. You can see things like there are advanced charting features.
There are a really long list of trades for the market that you can see. You can see a lot of advanced statistics about your positions that you take on DYDX. Again, really similar to the trading experience that you'd have on a centralized exchange, but with kind of the really important feature that everything's just being operated by smart contracts on the blockchain. So again, you can remain in control of your funds for the entire time, and you can have a lot of trust in the exchange that everything is transparent and happening on open source on the blockchain. So let's try to make a trade on DYDX. Again, on DYDX, it's really simple. All you have to do is put in the amounts you want to trade or put in the amount of leverage you'd like to trade with. You can go long on DYDX, which we're about to do here, or you can go short. So let's enter into a long position right now. So stopping it here, you'll see that this part is basically where DYDX interacts with your own cryptocurrency wallet. For the purposes of this example, I'm using the MetaMask wallet, which is really popular in the Ethereum ecosystem, but you can interact with DYDX with a really wide array of different cryptocurrency wallets, and DYDX will just interact natively with the funds you already have on that wallet. And you'll have the ability to either approve or deny basically any action that you'll take on DYDX. So right now, we're placing a trade, and DYDX, the website, is requesting my wallet to make this trade. I'm going to go ahead and approve that. And that's basically it. That's all you have to do. One of the important parts of DYDX is that when you're trading on DYDX, you're not actually sending transactions to the Ethereum blockchain. You don't have to pay gas fees or anything like that. All you're doing is cryptographically signing messages, and these messages are just then presented to our smart contract and are routed through our central matching and order books to be able to make the trades. So now after I've made this trade, you can see how my position is about to change. So I'm going from a $200 long Ethereum position to a $400 long Ethereum position because I bought $200. You can see all of the advanced statistics that you might want to see. You can see our order has been filled. You can see the fill, what price it was, what the fee was, everything like that. And really quickly, you can see already by this time, a couple of seconds later, the position is opened. And then you can hold this position for as long as you would like. And that's kind of the entire product experience on DYDX. There are a lot more things you can do on DYDX than just trading. You can do things like borrowing, you can do things like lending, really any type of advanced financial action that you might want to do on top of DeFi and on top of DYDX. So in this example, I talked through the perpetual contract trading on DYDX, but the experience for trading on margin or the experience for trading on spot, which is just normal buying and selling, is really similar to kind of the perpetual trading experience on DYDX. Moving on, so one of the most important things that we're working on right now at DYDX is a layer 2 integration. And I'll talk about what this is and why it's really important. So one of the things you may have heard about, DeFi or more broadly blockchain in general is that they don't scale very well. They're not able to process that many transactions per second. And right now, this is leading to really high gas or transaction fees across a wide array of different blockchains. If you've used DeFi before, you've probably experienced just really high gas fees when you're trading on different products on DeFi. And this is just a really big blocker to adoption and just makes it hard to trade with especially smaller amounts of money on any DeFi product, DYDX included. So one of the things that we're doing at DYDX to combat this is we're integrating with layer 2. What layer 2 is, and layer 2 is a pretty general term. There are a lot of different types of layer 2s. It's just a way that you can scale blockchains to make them much more efficient. So the layer 2 that we're integrating with is we're partnering with a company called Starkware. Starkware is the leader in using a technology for scalability on blockchains called zero-knowledge rollups, and then more specifically, Stark-based rollups. So we're partnering with Starkware to build this out. Our engineering team and Starkware's engineering team is working really actively right now to build this out. This integration with Starkware and DYDX is going to be one of the most advanced types of DeFi products which has ever been live on layer 2. So we're really excited to be able to go out and build this and launch this soon. So the main feature of this layer 2 integration with Starkware is just much improved scalability of DYDX.
DYDX is going to be one of the very first decentralized exchanges, and probably the very first decentralized synthetic or leverage exchange moving to layer 2. This will allow DYDX to scale much better than Ethereum and other decentralized exchanges, which are based on Ethereum. Like I said, we're building this really actively alongside Starkware in partnership with them, and we're going to be launching it very soon. So in just a couple months, we're targeting a launch of early January 2021 for a launch of this system in production with Starkware. So talking about some of the advantages that DYDX will have after we move to layer 2. First of all, as I've been talking about, and kind of the main selling point of a layer 2 integration is that using DYDX will be much, much cheaper. So gas fees will be about 100 times cheaper, and all of these savings will be passed on to traders on DYDX. The fees on DYDX after the integration with Starkware will be very much in line with the fees that you'll experience on centralized exchanges. So they should be really low. The second and also really important benefit of our integration with Starkware on layer 2 is sorry about that. I think I disconnected. Resuming from there, let me share my screen. Okay. So where were we? So we were talking about how the product on DYDX will be much faster after our integration with Starkware. So the user interface will update immediately on trades after Starkware. You won't have to wait for transactions being mined on the blockchain or anything like that. Funds will be immediately withdrawable. So it should be very much a similar trading experience to what you're used to on trading on a centralized exchange, but with the added advantage that you'll be able to use your own wallet. You'll be able to see everything that's happening on Ethereum, and it'll be a very transparent trading experience. Another really important benefit that we're going to get after our integration with Starkware is much improved capital efficiency. So this is a little bit more of a financially complicated concept. But right now, DYDX supports what's known as isolated margining for perpetual contracts or synthetic assets. What isolated margining is every time you enter into a contract on DYDX or you just buy an asset, the margining or kind of the collateral that you put down to enter into that contract will be held in a separate account for every different asset that you're trading on DYDX. And this just means that you have to use a lot more collateral right now than you would otherwise have to if you could just use one account on DYDX to collateralize all of the different positions that you might want to take. So this will lead to vastly increased capital efficiency for our traders. And importantly, it'll allow us to launch many, many new markets on DYDX. And one of the reasons that this will allow us to launch many markets on DYDX is because this capital efficiency extends to our market makers on DYDX as well. Right now, if you're a market maker on DYDX, you have to, again, like everybody else, collateralize every different market that you might want to make independently. And this just really leads to very high cost of capital for market makers. Right now, DYDX only supports about 4 or 5 markets, but very soon, and again, after this layer 2 Starkware integration, DYDX will be able to launch many, many new markets. We're targeting about launching about 50 new markets in the year or so after we launch the Starkware integration. And this will just enable traders on DYDX to trade a really wide array of cryptocurrencies. And again, just what you're used to on a centralized exchange. So that's the end of the presentation on DYDX for now. If you'd like to learn more, head over to trade.dydx.exchange to check out more of the product.
just to recap, DYDX is an advanced decentralized exchange which supports leverage trading through margin trading and perpetual contracts. We also support things like borrowing and lending. But again, if you're interested in learning more, head over to our website or join our Discord channel where you can chat with us and ask any questions that you may have. But thanks again for the presentation, and that concludes my presentation for BlockChainJam 2020. Thanks so much.
Hello, Blockchain Jam engineers, enthusiasts, and everybody in the community. We got a lot to go over today, so let's jump right into it. We're going to be talking about Chainlink and connecting your smart contracts to off-chain data, APIs, and traditional payments. And just a quick note before we actually go into this, the history is really in front of us right now, right? History will show who are going to be the pioneers to bring us into this fourth industrial revolution. And these are a lot of the tools that are actually going to push us over into this fourth industrial revolution. So just a quick recap of what we're going to go over today. We're going to be talking about the smart contract connectivity problem, how Chainlink already supports the growing DeFi ecosystem, some of the untapped potentials, and then depending on how much time we have, all the different tools you have to build some of these Chainlinked smart contracts. So the smart contract connectivity problem. In order to really understand Chainlink, we first need to understand that smart contracts are not able to connect to external data or any off-chain resource on their own. This is a huge limiting factor for smart contract adoption because it means the only thing we can currently do is token transfers, which is fine. But a lot of engineers, the question will be asked then is, okay, well, why can't I just make an API call like I can in any other language? That's what I normally do. And this is actually really important. And the answer, the simple answer anyways, is because the blockchain is actually deterministic. And it needs to be able to be validated by all of the blockchain nodes in the chain. So if making API calls is part of the validation and one of the API calls gets updated in the time that two different nodes call this API, they're not going to be able to agree on what the actual value is. You know, node A is going to say, hey, the value is 7. Node B is going to say, well, I called it and it responded with 8. So consensus won't actually be able to be reached. So blockchains, you really want to design them and they really want to be made in a way that if you replayed every transaction from start to finish, you would get exactly the same results. So then the question is, okay, well, how do we interact with off-chain data then? And the answer is to interact with the outside world, we need to use what's called an oracle. Any device that interacts with the off-chain world to provide data to smart contracts is what's known as an oracle. They report the result of that data on-chain so the blockchain can stay deterministic. And this is actually where Chainlink comes in. There are thousands of APIs out there that are already providing data that people need for their applications. And Chainlink makes it really easy to enable connectivity between those APIs and smart contracts, and even if they require authentication. So your decentralized apps can be powered by the same APIs that power the web today. And a single Chainlink node is also known as a Chainlink oracle. I'll be using that a little bit interchangeably, so just look out for that. Not only can we get data, but a lot of people today still don't understand blockchain, and sending payments in cryptocurrencies isn't quite universally accepted yet. So Chainlink also makes it really easy to send payments in fiat using what's called external adapters. These are kind of the super feature of Chainlink that allows you to customize it to do anything that you want. So if your smart contract says, send Bob $100 in fiat, you can just build an external adapter on top of your dApp to allow it to be able to do that. And external adapters can be built in any language, so you don't even need to know anything about Ethereum or even Solidity to get started building them. Now here's something really, really important though. A single centralized oracle now becomes a single point of failure for your entire smart contract. This is actually why we want to create decentralized oracles whenever we go to production. One of the main reasons that we build smart contracts in the first place is for their decentrality. So if you're getting your data from a sole point, if you have to trust a single entity, your smart contract kind of loses a lot of its value. It's now not that much better than a traditional agreement because you're still having to trust a single sole entity for that data. So getting your data through a single Chainlink node and saying, oh, it's decentralized, I'm using a Chainlink node, isn't quite the whole story. That's kind of like calling a tree a forest, right? One single entity doesn't make up the whole. To make your applications truly never need to rely on any one entity, you need to set a network of Chainlink nodes. So, and the reason that this decentrality is really, really important is because we've already seen projects attacked and literally lost millions of dollars. So
We want to avoid that at all costs. So Chainlink is this modular infrastructure that allows you to build your own decentralized networks and get, and access this off-chain data and pull it into your smart contracts, or even the other way around, or even access the real world to make updates. So that's really, really exciting and a really powerful feature. So to get you started with DeFi, actually, the Chainlink project has gone ahead and found many of the best blockchain node operators on the planet and combined their prowess to build what's called price feeds. These are decentralized on-chain reference points that can be considered a source of truth for various currency pairs, like the price of ETH in USD, for example. And here's actually a visualization of that price reference data. You can go check this out at feeds.chain.link. Each one of these nodes is actually independently getting data off-chain, reporting it on-chain, and then it's getting aggregated to get this answer you see here. And these are all independent operators. So you can see all the answers that they give. Everything is completely transparent. And again, the best part is, if you want to use your own, you absolutely can. But the reason that I'm touching on this in particular is because these are powering and being the backbone of a lot of DeFi projects that we're seeing right now. These price feeds are already being used by a ton of the top projects. Here's in many different areas. So I'm kind of blocking the asset management bit here, but you have synthetic assets, lending and borrowing, trading, asset management. Here's a quick snapshot of a couple weeks ago of DeFi Pulse, which is a site that shows the top projects. You have Aave, Maker, Curve, Synthetics, Yearn.finance. So those are the top 5 projects, and 3 of those top 5 projects are actually using price feeds to secure, the billions of dollars here. You can see there's a ton of asset locks. So these price feeds are really, really battle tested. Aave, Synthetics, and Yearn.finance being those 3 that are using them to secure their protocols. And here's another snapshot. Synthetics, 900 million Loopring, 20 million Set Protocol, another 20 million Aave, 1.5 billion with a B. So they're really, really powerful. Chainlink also has this tool called the Chainlink VRF, or Verifiably Random Function, for truly random functions. Until now, getting random numbers, you kind of have to rely on the miners to be honest with you and to not publish and to publish their blocks honestly, and we don't want to do that. We want to have our smart contracts independent of anybody, not rely on the trust of anybody. So Chainlink actually has a tool called Chainlink VRF that allows you to get provably random numbers, which is kind of insane to even think about, and it's never been done in history before. And so if you're looking to get a random number for gaming, or tooling, or anything that you're trying to do, the Chainlink VRF is the tool that you're going to want to look to use. And if you haven't seen it yet, there's a blog out there called 44 Ideas to Power Your Smart Contracts. We'll just kind of quickly rip through some of my favorite. DeFi, DeFi is super taking off, especially recently. If you haven't jumped on the DeFi train, definitely take a minute to check out DeFi Pulse, see some of the projects being built there. Fantasy sports, or any type of game for that matter. We're seeing more and more projects come out, build these games, use Chainlink VRF to power them, and we're just really excited about that. Tokenized assets, whether it's your car, plots of land, or anything else, and nobody can really mess it up because it's all coming from decentralized oracles. Insurance is a huge one, and this one kind of really hits home for smart contract adoption in general because of the trustlessness. So, let's say, for example, your crops get all messed up. Your insurance company doesn't want to pay because of some pre-existing condition, right? You're now in this horrible legal battle that you really don't want to be in. A smart contract would make it so that they don't get a say in whether or not they pay out. Once the data comes in that the seasons was bad, the farmers or the crops automatically get their insurance paid out, and doesn't have to worry about pre-existing conditions. And this is just really powerful because with a decentralized smart contract with Chainlink data, you don't have to trust that the insurance company is going to do the right thing, because the right thing is actually infrastructural, which is really exciting. So
we have a couple of demos we want to go over here. And the first one is just to show you, like, go to the Chainlink docs, built in with the Chainlink docs, everything is here, which is really exciting. So we're going to make it actually, we're going to show an example of making an API call. So here's the Chainlink docs. Everything you want to know is basically in here. We even have these fun little buttons that will pull Remix up for us. And it's just kind of like a one-click, automatically gets deployed. So I've been messing around a lot, so I have a lot of gists in here. But it'll pull up your Solidity file, like right here for you. Let me even pull this up. Excuse me. It'll pull your Solidity files for you, and we can see here. This is basically the code. Let me shrink that for a second. This is the code that allows us to do that here. And what we see is the most important function is this request volume data function. And what this is doing is actually building this Chainlink request, right? So we have to import, at the top, we import this Chainlink client.sol. Excuse me. But yeah, we're going to build this Chainlink request, and we're going to add the job ID, the address we want to return the data to, and our fulfillment function. So it's a little bit asynchronous the way the pattern works. So we send a request out by writing an event to the chain. The Chainlink nodes off chain will actually look for it, and because we specified the job ID and the oracle, they know to pick that up, and I'll get to that in a second. They'll actually make the API call, grab the data, and post it on chain in an external an external transaction. And the way they post it to chain is defined in this fulfill function. So we'll see exactly what that looks like in a second. So when we're building the Chainlink request, we want to define the job and the oracle. So when we actually build it, we define just the job. When we send it, we also define the oracle. You can find different jobs and nodes from a node listing service like market.link. Like, for example, if I wanted to, to find a job that returned like a uint 256, let's go to Coven. I could go here, I could find all these jobs, like, this, for example, and just go to the jobs and, get uint 256. So this would be a job. This would be the node job ID that I would use to return a uint 256 type. So back in here, we're just going to use these, this oracle and this job ID to kick it off. We also have to add the path, which is going to be the JSON path, basically, of this API call. So we're going to go raw, ETH, USD, and then volume. So that's actually what we're going to do there. And this is how we're going to get the volume data into our smart contract. We're not going to do anything interesting with it, but if you want to do something interesting, you would do it down here. So we're going to compile. Go to injected web3. Deploy. Oh, excuse me. MetaMask is going to pop up. It's my test account here. Great, it looks like it actually deployed. And then we just, I'm going to hit this request volume. It's going to error out. I'll show you one in a second. We have this gas estimation failed. The reason is because we need to pay the Oracle gas or the Chainlink gas to this to make it work. In this contract, we also have the fee, which is the Oracle fee that we pay the Oracle service for performing these transactions and getting the data to us securely. So we're actually just sent a couple link, probably too much link, but it's testnet, so it's fine. And now we can hit this request volume because it has the link to actually make the transaction. So we're going to confirm there. And once this finishes confirming, the volume data should be in our transaction. And we can even go to Etherscan, check it out here.
great. It looks like it's successful. So if we hit this volume, now we should see the volume data for this API call. This returned, like I said, this returned a UN256. You'll notice that this number is actually way bigger than it should be. And the reason is because we actually multiply it by this to remove decimals, because decimals don't work in Solidity. So we just multiply it by a large number to get rid of all the decimals here. So that is just a quick way to get data into your smart contracts. I also want to show you how to use the price feeds. So this is just the price feeds code. Again, you can find it all in the Chainlink documentation. Go to price feed, get the latest data, hit this, it'll pull you over to here. Basically, all you do is you choose the aggregator address, and you can find that in this price feed contracts page. Like Coven, for example, we're using ETHUSD of Coven. We're going to use this one right here. Or maybe we're using a different one. What are we using? Oh, that's the mainnet one. Yeah, we're using this ETHUSD one right here. And we're just saying, hey, get the latest price from this price feed. And this is what a lot of these top projects are using to power their smart contracts. So we can do the same thing, compile, let's deploy. Oops, let's actually trash this one. We're going to deploy, confirm. And then once this deploys, we'll be able to pull this price feed data. And again, we can see all the price feed data, on feeds.chain.link. Again, we're using ETHUSD. You can see all the different nodes that are responding, what they're responding with. It looks like we just hit a heartbeat, which is really good timing. We get to see some of these nodes come back real time. But yeah, so we deployed the contract, and we can see what the price feed is. What the current valid truth of this price feed is right here. We just hit this get latest price. It's just a view function. So really, really powerful stuff to get pricing data, reliable, decentralized pricing data into your smart contracts. I do also want to show if we have a couple minutes left here, I do also want to show the Truffle implementation, because Truffle is a really powerful tool to build some of these smart contracts, outside of the Remix IDE. So if you want to get a lot of this data, if you want to get this exact same code into your Node.js application, you can install Truffle with npm install -g truffle. I'm not going to do it because I've already done it. But once you do that, you can run Truffle unbox smart contract kit /box, and you'll actually get all the code you see in front of you. I've already done it, so I'm not going to do it again. But then you can actually play with it. If you haven't checked out Truffle before, it's some great tooling to allow you to test, deploy, and use your code in a more traditional environment. So we're going to compile actually with Truffle compile right there, and we're if we go into excuse me, if we go into our code a little bit here, we can actually see, and let me make my terminal a little bit smaller here. We can see this is the same code as that, using that get any API. We've just kind of not hard-coded everything and made it more parameterized. But what you can see, it's the same thing. We build this Chainlink request, we add the URL, we add the path, and we add this times bit, again, to get rid of the decimals. And we can actually make an API call from our smart contract through Truffle. So we do Truffle, migrate -- network Coven or live. Oh, and you have to actually export. You have to export 2 environment variables that are really important. So you need to mnemonic, which is going to be your seed phrase, like banana, dog, blah blah blah, whatever it is. It's going to be the 12-word seed phrase. You also need to export your RPC URL, and this is going to be something you're going to get from Infura or something.
this is the URL you use to connect to the blockchain. So there's more in the Chainlink docs if you want to check it out there, but then you can just run truffle migrate --network live, and this will actually deploy your contracts, compile and deploy your contracts to the Coven testnet. You can see our migrations happening right here, happening literally in front of us. And we even get like the contract address. And for example, we can check it out in like Etherscan. Oh, excuse me, Coven Etherscan. And yeah, we can see we just made this 20 seconds ago. There's a blog out there that shows you how to work with these a little bit more. Definitely go check that out. The Chainlink docs is everything else to interact, deploy, and work with Truffle. So definitely go check that out. There's a ton of fantastic tools to build these incredibly powerful smart contracts. Creativity is really your only limiting factor here. So I challenge everybody to go out there, build something really unique, really challenging. If you have any questions, the Discord is incredibly active with engineers. Definitely go check out the Discord, jump in, say hi, talk about your projects. Twitter, Reddit, any social media, jump in, look for support, join the community of these incredible smart contract engineers. And looking forward to talking to you some more. Until then, I'll talk to you then. Thank you. 前半も面白かったべにね。この後の休憩は僕の大好きな峯本隆夫さんのハンドパンムービーが見れるからゆっくり癒されて後半に備えるべに。ブロックチェーンというのは非常に大きな役割を担うんじゃないかと思っています。でそれによってやっぱり社会が変わっていくっていう実感がありますから、それを何としてでもやり遂げたいと思う。でこれを本当に実現して世の中を変えて便利にしてみんなが幸せになる顔が見たいと思っています。突然ですが、ビットコインの支払いに必要な時間は X ポスならわずか数秒。世界のお店に広がる X ポス。他の通貨も使えます。さあ始めましょう。詳しくは Amazon または Web で検索。ポイントをビットコインに変えることができます。楽天市場やお店で貯まった楽天ポイントを使って初めての人でも簡単にビットコインへ交換できるんです。早速アプリをダウンロードして取引開始。ポイントは運用する時代です。
まった楽天ポイントを使って初めての人でも簡単にビットコインへ交換できるんです。早速アプリをダウンロードして取引開始。ポイントは運用する時代です。突然ですが、ビットコインの支払いに必要な時間は X ポスならわずか数秒。世界のお店に広がる X ポス。他の通貨も使えます。さあ始めましょう。詳しくは Amazon または Web で検索。ブロックチェーンというのは非常に大きな役割を担うんじゃないかと思っています。でそれによってやっぱり社会が変わっていくっていう実感がありますから、それを何としてでもやり遂げたいと思う。でこれを本当に実現して世の中を変えて便利にしてみんなが幸せになる顔が見たいと思っています。ご視聴の皆様、こんにちは。東京大学の柳川と申します。私の方はですね、今日ブロックチェーンと貨幣の今後を考えるということでお話をさせていただこうと思います。今日はかなりブロックチェーンの方に詳しい方が随分ご参加だと思いますけれども、私の方はですね、どちらかというとブロックチェーンのテクニカルなお話というよりは、タイトルにありますように少し貨幣だとかですね、マネーの今後というところに絡めたお話をさせていただこうというふうに思っております。よろしくお願いいたします。とはいえですね、いろんな方いらっしゃると思いますので、私が理解しているブロックチェーンの特徴というものを最初に、整理した上でですね、それと、貨幣というのがどういうふうな関係を持ってくるのかということを簡単にお話ししようと思います。でここに書いてありますように、ブロックチェーンの大きな特徴っていうのは、やはりこの改ざんされない、もうちょっと正確に言うと改ざんされにくいということですけれども、改ざんされない記録が残せると、ネット上に残せるということ、それから、ネット上ということもあって、参加者がその記録をですね、ほぼ同時に見ることができる
いうこの2つに大きな特徴があるんだろうというふうに思います。もちろんこの2つを実現するために暗号技術であるとかさまざまな技術的な工夫が必要になるわけですけれど、そういう話は今日はちょっと置いておいてですね、この2つの特徴を備えた技術があったときにそれが何を変えるのかということをお話ししたいというふうに思います。でここに書きましたように、この2つの条件を満たす技術の実現というのは非常に大きなインパクトがあります。特にこの経済だとかビジネスの環境をかなり大きく変化させることができるんだろうというふうに考えています。で詳しいことは、今日のイベントの中でもう少し具体的なお話があるようですけれども、例えばコンテンツの取引の在り方というあたりは、かなり新しいビジネスがここから現れてくるんだろうというふうに思います。コンテンツの利用を誰がどのくらいしたのかということはなかなか正確に把握することが難しいだけではなくて、それを正確に記録しておくことが難しかった。そうなってくると、その利用状況に応じて、例えばお金を徴収したりであるとか、サービスを付加的なものを加えたりだとか、そういうきめの細かい取引関係を整備するのがなかなか難しかったわけなんですけれど、このブロックチェーン技術を使うことによって誰がどのくらい使ったのか、どのくらい例えばコンテンツを視聴したのかということがかなり詳細に分かるようになると、そのことをもって、例えば価格を変えたりとかサービスを変えたりすることが容易にできると。あるいはそこを直接的に人を介さずに取引をすることもできるんではないかというような新しい可能性が広がってきているということだと思います。でもう一つのポイントはですね、これがいわゆるその、IoT と言われるものの技術進展と合わさることでかなり新しい展開を示すということも特徴かと思います。5G がようやく日本でも立ち上がりつつあるわけですけれど、この 5G が普及をして、IoT と言われているようにいろんなところにセンサーがついて、そのセンサーが直接情報を伝えるということになると、何が大きく変わるかといえばリアルな活動ですね。オンライン上ではネットワーク上ではなくてリアルな活動に関するデータを、センサーを通じて把握することが可能になります。そうするとそのリアルな活動に関するデータをブロックチェーン上に記録しておくということが可能になります。その結果というのはリアルな活動に関する、記録というものを利用するさまざまなビジネスチャンスというものが出てきて、これが経済の在り方とかビジネスの在り方を大きく変える可能性があると思っています。そこにニュービジネスもいっぱい出てくるんだろうというふうに思います。でただ、私自身はこういう可能性が非常に興味深く思っているんですけれど、他のセッションでもかなり様々語られると思っておりますので、今日はですね、私の方はここではマネーのこれからというものに焦点を当ててお話しさせていただきたいというふうに思います。で、いわゆるこの新しいマネーが技術的に出てきたということは、最近いろんなところで注目をされてるんですけど、どちらかというと、ご関心があまりない方もいらっしゃるかもしれませんが、ご関心のある方は中銀デジタル通貨というものについて、思い浮かべる方が多いんだろうと思います。でこれは、中央銀行ですね。日本で言うと日本銀行が、デジタル通貨を直接的に発行するということが、可能になるんじゃないか、あるいはそれがどんなふうなインパクトを持ってくるんだろうということが、日本では話題になっていますし、これが例えば中国のデジタル人民元であるとかアメリカのデジタルドルだとか、こういうものが発行されていくと世界が変わってくるんじゃないかというお話があります。これはこれで重要な論点なんですけれど、後でこれに関しては少し言及することにしますが、今日はですね、せっかくこういう機会なのでもう少し基礎のところの逆にもっと大きな話を少し検討してみたいというふうに思います。それでご存知の方には改めて申し上げることもないことなんですけれども、この貨幣の役割というものはどういうものかということですけれども、非常に教科書的な解説をするとですね、もうご存知の方にはつまらない話ですけれども、物々交換における欲求の二重の一致というものを解消する役割があると言われています。
物々交換っていうのは、例えば、お互いに物を交換し合うという話ですね。その時に取引の目の前にいる相手が自分が欲しいものを持っている。相手が欲しいものを自分を持っているということになれば、お互い交換をして、それでハッピーエンドになるわけですけれど、これが欲求の二重の一致という話ですね。でも現実にはそういうことはあまりないわけです。僕が目の前の人と取引をしようと、相手が持っているものが欲しいと思ったとしても、相手はですね、僕が持っている、例えば、お米であるとかっていうものを欲しいとは限らないわけなんですね。なので、交換が成立しないと。でこの時に貨幣が登場すると、私はその目の前にいる A さんが持っているものを欲しいと。でも相手を満足させるものは持っていない。そうするとどうするかっていうと、その代わりにお金を渡しましょう。このお金を渡して、あなたが欲しいものとお金を交換してくださいという形にすれば、欲求が二重の一致を見なくても取引が成立するでしょう。でこれが教科書に出てくる貨幣の役割ということになります。なので、これも教科書的な理解ですけれども、そのために、貨幣っていうのはある性質を満たさなきゃいけないということで、一般重要性って言われるんですけど、誰もが受容しやすい性質を持ってなきゃいけない。みんなが欲しい。みんながその貨幣を受け取っていいよと思ってくれなきゃいけないとかですね。点々流通しなきゃいけないので、貯蔵手段として使える可能性もあった。共通の単位として使われるようになるので、計算単位としての役割を果たしている必要があった。こういうのが、いわゆる教科書的に出てくる貨幣の3要件と言われる話だったわけです。で、ここまでは非常に教科書的な話なんですけれども、実はこの欲求の二重の一致を実現させるためにはですね、必ずしもこの貨幣という、資産ですね、こういう日銀券だったりコインだったり、あるいは金だったりでもいいんですけど、こういうものを順番に点々流通させていく必要は実はないんだということがよく知られています。で、どうすればいいかというとですね、実はこの財の移転の記録、誰が私が目の前にいる人からパソコンを受け取りましたと。で、普通はそれだとお金を渡すわけですけど、パソコンを受け取りましたっていう記録だけを残しておくと。で、その代わり僕はどっかで代わりのものを誰かに渡さなきゃいけないんですけど、そういうような物々交換の記録をずっと詳細に記録しておいて、で、それをどっかで、帳尻を合わせるわけですね。いつまでたってもパソコンをもらいっぱなしではいけないので、その代わりお米が欲しいという人にちゃんとそれなりの対価のお米を返すということをすれば、全体として欲求の二重の一致が解消すると。全部の取引がされるということが知られています。で、実はこれは貨幣の初期のところからこういうことがやられていたというふうなことが言われていまして、下に書いておきましたけども、ヤップ島に非常に大きな石が貨幣として使われていたというものがあります。で、教科書なんかでもよく写真が載ってる話なんですけど、今日も写真本当は出せばよかったんですけど、ちょっとその用意する時間がなかったのであれですけど、すごく大きな石なので、相手に渡すみたいなことはできないんですね。一体なんでこんな大きな石が、貨幣として役割を果たしていたのかというのが、パズルではあったわけです。で、話は単純で、要するにこの石が直接人と人との間を動くわけではなくて、今のように代わりに記録を残しておくと。そうすることで、どこかで欲求の一致が社会全体で見られればいいんだと。こういう形で、貨幣としての役割を果たしてきたというのが歴史的な事実だと言われていまして。実はそもそも貨幣の最初の成り立ちっていうのは、このヤップ島の石のような話の方が近かったんではないかと言われています。ここで大事になってくるのは、この記録を残しておくという話でございまして、そういうような、ある種の貸借関係ですね。貸借関係の記録をどうやって誰が帳簿として残しておくんだという問題が実はこの話では出てきてしまうわけなんです。そうすると現実的には
記録を残していくというよりは、コインである貨幣を流通させることによって問題を解消してきたというのが歴史的な経緯だったわけです。ところが、このブロックチェーンという記録が残せる技術が出てきたことによって、改めてこの帳簿管理型の貨幣というものが世の中に大きな注目として出てくることになったというのが今日の話の前半のポイントでございます。もう少しこの台帳記録としての貨幣ということを、ご存知の方は分かっている方多いと思いますけど、少し、丁寧に説明をすると、例えば1万円を持っているというのはどういうことなのかというと、先ほどパソコンをもらって、パソコンを渡した方ですね。パソコンを渡した方っていうのは、代わりに1万円じゃ買えないですけど、1万円をもらったと。1万円を持っているということは、1万円の価値に相当するものを誰かに渡したということの証明書だというふうに理解することができます。で、その証明書を持っていくことで、誰からか、通常は誰からでもですけども、1万円相当のものを受け取ることができるということになります。したがって、現状その1万円札を持っているというのは、その分のものを誰かに渡したという証明書だということになるわけなんですね。なので、証明書としての物理的な何かですね、それはコインだったりマネーだったり何でもいいんですけど、こういうものを持っていなくても、1万円のものを誰かに渡してましたよという記録がどこかに残っていれば、そしてそれを誰もが確認することができるんであれば、実は私は別に物理的なお札であったりコインを持っていなくても、1万円を誰かに渡してましたよと記憶が残っていて、あの人は1万円を誰かに渡した人だよねというふうに誰もが確認してくれるんであれば、私は1万円相当のものを受け取ることができるだろう。こういう発想なんですね。で、実は銀行間決済、全銀ネットとかっていうそういうものですけども、銀行間決済の構造はこういう形をしています。なので、ここは少し専門に近いこの辺のご関心のある方向けの説明ですけど、いわゆる中銀デジタル通貨に関しては、ホールセール型、リテールのようにみんなが今手持ちで持つ電子マネーみたいなものは、リテール型の中銀デジタル通貨と言われていて、これはまだ世の中に存在しないんですけれど、ホールセール型の中銀デジタル通貨はすでに存在するんだというふうに言われることがあります。で、それはどういうことかっていうと、結局この、その全体の銀行間決済の帳簿上でですね、誰がどのくらいに貸し借りをしたかっていう記録を残しておくので、それがデジタル上記録されているので、それはある種のホールセール型の、デジタル通貨なんだと、こういうふうに言われるということに相当するわけなんです。ところが、こういう、中央銀行、銀行間のネットワークのような特殊な環境であれば、こういう正確な記録を残しておくということは可能ですけれど、一般の活動において、こういうような私が1万円分のものを渡しましたっていう記録がどこかに残って、それを全部、みんなを見ることができるということは、およそ現実的ではなかったわけなんですね。ところが、先ほど申し上げたように、ブロックチェーン技術というのは、ほぼゼロに近いような低コストで、そういう記録を残していくことができます。そして、それを誰もが、参加者ですけど、せっかくに言えば、参加者っていうのはそれを可能にしたということでいくと、実はこのブロックチェーンは、今申し上げたような台帳型の貨幣を実現する非常に大きな武器なんだということが言えます。ここは実はかなり大きなテクノロジーのイノベーションだったんだと思います。ブロックチェーンを活用したマネーということであれば、皆さんご存知のようなビットコインがまず頭に浮かぶわけなんです。でもちろんビットコインは素晴らしい発明というかイノベーションだったと思います。で、本質的に言うとですね、ビットコインのような形でのマネーと、今私がここに申し上げているような台帳型のマネーの可能性っていうのは同じ、本質的には同じなんですけれども、
今申し上げているようにですね、その出方っていうんでしょうか、人々に与えるその役割であるとか、そのできるサービスの可能性っていう意味では、異なった貨幣、マネーの役割がここに出てきたということですので、今日はもう少しこの台帳型のマネーの可能性ということに深掘りをしたいというふうに思います。で、もう少し言うと、この債権債務関係をですね、要するにいくら1万円分のものを誰かに渡したっていうことは、要するにそれだけの債権を持っているっていうことですよね。それから逆に1万円のものを誰かからもらったっていうことは、それだけの債務を負っているというふうに言えるわけなので、債権債務関係を広く記録しておく台帳という、こういうのがブロックチェーンで記録をしておくということが、ある種のマネーなんだと、そのことがマネーなんだというようなことになるかと思います。ただ通常の場合、その記録の証拠としてですね、その1万円記録、1万円誰かに分のものを渡しましたっていう記録を台帳に載っけとく同時に、コインであるとかトークンであるっていうものを、データとして受け取るということはもちろんあるかと思います。ただ誤解しないでいただきたいのは、実はこのコインだとか、トークンとなんとかポイントというもの自体に本質的な価値はなくて、本質的に重要なのはその人々の債権債務関係がきちっと記録されていて、それが閲覧可能で改善されない形で残されているということが、マネーとしての役割を果たす上で非常に重要になってくるというふうに思います。それからもう一つ大きな特徴っていうのは、これは正確に言うとブロックチェーンを使っている場合だけではないんですけど、この電子的に記録しておくことの大きな特徴っていうのは、債権債務関係だけではなくて、取引内容自体を記録できるということにあります。普通は、どのくらい自分がコインを持っているか、どのくらいポイントを持っているか、もうちょっと言うと何円自分は貸したことになっているのかということだけが記録されますけれども、現実には実はその取引内容自体を記録することができるわけなんですね。誰に何を売った結果の1万円なのかが記録できる。で、これは非常に大きなポイントでございまして、でこの内容が分かることによっていろんなデータを獲得することができる、情報を獲得できるということが、ある種のそのデータを活用しようと思っている事業者にとってはとても魅力的だということなので、今さまざまなキャッシュレス事業というのが出てきていて、新しい電子的な決済事業者っていっぱい出てきているわけですけれども、そういう人たちの一つの目的っていうのはこういうデータを把握するということがあります。もちろん全ての情報を必ずしも記録として残しておく必要はありませんし、個人情報への配慮も必要だと思います。いずれにしても、この取引履歴と債権債務関係を同時に記録しておくことができるというのは、ブロックチェーン技術の非常に大きな可能性で、ここから出てくるサービスの提供とマネーの提供というものが、これからのビジネスを大きく変えていくことになるんだろう。でこれはビジネスサイドとすれば非常に面白い話ですし、この金融貨幣というところからすると、貨幣の全く新しい可能性をブロックチェーンが切り開くということになるんだろうと思っています。その点で、経済学者としてはですね、非常に興味深い点を感じているということになります。で、さっきも申し上げましたけれども、多くのブロックチェーン上のビジネスが何らかのマネー、あるいはコイン、あるいはトークン、こういうものの発行を同時に考えているのは基本的にこういう点だからなんですね。なので、ある種の取引履歴が記録されることを利用したビジネスモデルにとっては非常に大きなプラスですし、そういうものを活用しながら取引をやっていくというところがこれから大きく出てくるんだろうと思います。それではローカルなトークンであるとか、ローカルなコインであるとか、場合によっては地域通貨というものが世の中でいっぱい出てきているというものは、やはりこういう取引履歴の活用というところが非常に大きなポイントであって、取引履歴の活用として、その裏側で動いていくマネーであるとかっていうものは、
現状でいくと、やはり、中央銀行券、今で言うとクレジットカードを通じて、銀行口座を通じて、最終的に中央銀行券を動かすと、こういうルートを通じているわけですけれども、今のような債券債務関係をブロックチェーン上で記録しておくことができるんであれば、やはりそれは、ローカルなコインを使って取引履歴と同時に債券債務関係を記録しておくことで、ある意味でビジネスが回っていく、こういう構造になるわけです。なので、この話をですね、ややずっと広げていくとですね、例えば理念的に言えば、すべての取引を台帳管理記録すれば、完全にその世界で、取引が完結してしまって、欲求の二重の一致が世界中で解消するということも考えられます。ある意味で世界中で物々交換が成立をするという意味では、マネーがなくなったということかもしれません。でもその裏側では記録がされているという意味では、台帳型のマネーが残ったというふうにも言えるということです。例えばですけれども、Facebook 上で全ての取引が行われて、世界中の全ての欲求の二重の一致が解消されることが Facebook で行われるんであればですね、なかなか現状すぐに、特に日本ではあまりイメージしにくいですけれども、もしそういうことができるんであれば、Facebook は日銀券を全く必要としない。後でどこかに、銀行支払いをするということも必要でなくなる。Facebook 経済圏がここで出来上がるというようなことが起きるんだろうと。リブラによってそういうものがすぐに可能になるとはあまり考えにくいですけれども、壮大な理念系を考えるとそういうことが出てくるんではないかというふうに考えると、各国の中央銀行であったり、金融当局がやや危機感を持つのも、こういう点があると、可能性としてはあると考えることもできるんだろうと思います。ただ、現実的にはですね、この債券の積み上がりっていうのは、特に債務関係がずっと積み上がるとですね、ずっといろんな人から物だけどんどんもらっていると。で、一向に返さないというところでいくと、それを許容範囲って当然出てくるわけなので、どっかでいつまでたってもひたすら物を受け取っててはダメよということは何か出てくるんだろうと思います。それからその点でということでもそうですけども、やっぱりこういう世界の中で現実には中央銀行券が存在しない世界というのを想定するのはなかなか難しいんだろうと思います。なのでこういうマネーが回っていくにしろ、その最終的な帳尻を中央銀行券が、担うと。どこかで発生した債券債務関係を、清算するプロセスが必要で、清算するって結局どういうことかっていうと、あなたはこれだけ債務が積み重なってるんだから、それは実はこの物々交換の世界ではなくて、やっぱり中央銀行券で払ってくださいというようなことが、最後必要になってくるんだろうと。言い換えると、こういう形で中央銀行券が使われたとしても、今私が申し上げたような意味でのブロックチェーンの台帳型のマネーとしての役割は十分機能しうるということなんですね。なので、やはりこのマネーというのは、今私たち取引されるものが貨幣なのか、中央銀行券なのか、どこかの別のマネーなのかっていう、二者択一の代替関係として考えがちなんですけど、今申し上げたようなブロックチェーンを活用して台帳型のマネーを考えるんであれば、それは中央銀行券と一緒に使うことができるということでございます。で、より面白い話ということでいけば、この新しい可能性っていうことを少しだけお話ししたい。で、今までの議論というのはですね、基本的に中央銀行券のマネーを使ってでも成立していたような取引ですね。簡単に言えば金銭取引の世界を台帳記録するようなお話が中心でした。しかし、例えばもうちょっとですね、金銭的な取引ではないもの、今までは取引として難しかったもの、例えば地域貢献活動とかですね、ファンとしての熱意だとか、いいねとか、こういうものを記録していて、トークン化する、コイン化するっていうこともできるはずなんです。で、なので、やっぱり自分は、物を提供しているってことじゃなくて、地域貢献として提供しているんだ。で、その記録をしてもらって、その代わりに何か物を受け取るというようなことも考えられるんではないかと。で、そういう意味では、さまざまな貢献をですね、括弧付きの貢献ですね。
貢献上ブロックチェーン上に記録しておいて、その貢献をですね、プラスマイナス記録しておく。貢献をしたと、あるいは貢献をしてもらったというようなことを記録しておいて、貢献の物々交換をうまく、実現するということがブロックチェーンで可能になるんじゃないか。ここが面白い可能性のように思います。何か物を売ったり買ったりという話よりは、いろんな例えば地域貢献、近所のお年寄りを助けたとかですね、道路を掃除したとか、逆に道路を掃除してもらったとか、庭を掃除してもらった。こういうやり取りの関係をブロックチェーン上で記録しておいて、お互い様で、貸したり借りたりで、どこかの段階で帳尻が合うというようなことができるようになることで、もう少し社会は豊かになるし、単なるものの取引だけではなくて、今までうまく取引されなかったようなこういう、社会貢献みたいなものが最終的により広がっていくというようなことに、このブロックチェーン型の記録という意味でのマネーが使えることになるんじゃないかというふうに思っています。特に地域通貨の新しい可能性っていうのは、こういうことが可能になるという面が大きいと思っています。それはこのプラスマイナスを相殺する可能性が結構大きいからなんです。でももっと大きく言えば、地域通貨だけではなくて、より広い世界においてもこういうものが成り立つことによって、今まで実は単純な金銭取引が難しかったようなサービス、難しかったような社会貢献、先ほど申し上げたような地域貢献だったり、ファンがいいねを押した数だったり、あるいはファンの気持ちの熱量だったり、そういうものを具体的なトークン化する、コイン化して、あるいはポイント化をして、取引をさせていくということが、実はブロックチェーン上によって可能になる大事なポイントなんではないかというふうに思っています。そういうようなですね、新しい可能性っていうのが、このブロックチェーンで出てくるということが、私としてはマネーとしてのとっても大きな可能性なんではないかというふうに思っています。で、ここにおいては、単純に言えばですね、一つの誰かがこういうサービスを提供するということが考えられます。しかしながら、より重要な点としてはですね、ある種こういうものが自動化されて、自動執行されていく世界であれば、誰かがあまりお金儲けのためにとかっていうコントロールをされなくても、仕組みとしてかなり自動的に回っていく、仕組みとして自律的にこういうものが回っていく世界というものが、少しここから本当は考えなきゃいけないポイントがいくつかあるんですけれども、そこははしょるとしてですね、自動化する仕組みがこういうものとして出来上がってくれば、単に誰かが儲けるための、マネーではなくて、社会がよりうまく回っていくためのマネーというものがよりあちこちで出てくるんではないかというふうにも思っています。それから、先ほどのような金銭化できなかったものをポイント化する、トークン化するということは、今までになかったようなビジネス、なかったようなサービスの提供というものも可能になるはずですので、そういう点でも社会をより豊かにする可能性があるんではないかと。ですね、このインターネットの発達によってより豊かになった社会ですけれども、このブロックチェーンで今のような記録ができることによってマネーの世界を変えることになれば、その点でもより大きな発達が見込めるんではないかというふうに思っておりますので、今日はマネーのお話だけでしたけれども、この後のプログラムをいろいろ聞いていただくと、その裏側にこのマネーの話が走ってるんだということが分かって、より世界観が広がっていくんではないかと思っております。それではちょうど時間になりましたので、以上にさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。ブロックチェーンというのは非常に大きな役割を担うんじゃないかと思っています。でそれによってやっぱり社会が変わっていくっていう実感がありますから、それを何としてでもやり遂げたいと思う。でこれを本当に実現して世の中を変えて便利にしてみんなが幸せになる顔が見たいと思います。
Hi, everyone. I'm Jeff McDonald, and I am a non-executive director at the NIM Group Limited. I'm also a co-founder of the NIM Foundation, early NIM community member. I was the inventor of the Apostle standard on NIS 1, the co-founder of LuxTag. Needless to say, I love NIM. I love everything about it, and that's why I'm here today to talk about it. I have a lot of people asking me about NIM Group Limited. Why does it exist? And I want to comment on that there's a lot of thought that has gone into this. You have organizations like Blockstream, which is doing a lot to build on, develop, and promote Bitcoin. We have things like Consensus that is doing a lot to build on and promote and make projects for Ethereum. The same can be said for Ripple Labs and Ripple, IOHK, and Cardano. And when we look about these blockchains, we can see that these organizations have been really helping to further the adoption and projects being built on these blockchains. And so this is something that we want to do at NIM Group Limited, is build a company that's going to make the NIM ecosystem wide, varied, and very intense. So that's what we're looking at. And NIM Group Limited has a few different parts. The first part is NIM Ventures, which is invest in the ecosystem. It's kind of helps out as maybe one would think of as an accelerator, right? And then we have another company, a NIM software company, and that is leading our software development. It's helping us to make great code for other people to use. And then we have a trading desk, which is helping us with our liquidity across and helping us to get listed on exchanges, which is very important. And so we have these different parts, and these different parts have a lot of great people. And you can read more about all of these great people, what they're doing, who they are. But we have David Shaw, who is the CEO. I've been very impressed with his ability to lead the NIM Group Limited organization and all the people that he's been hiring. He's hired people like Kirsty Lee as our CTO. He's hired people like Mike, who is the director of the NIM software company, Ian, who's leading the trading desk, who's our CFO. We have Dave M., who is our COO. We have Dave H., which a lot of people in the community know from NIM Ventures, who's our chief investment officer. And so we have a great team of people that have been selected. There's even more. I didn't mention Anthony, who has been helping us out a lot as our CCO. And there's more than that. I can't name everybody, but really it's an impressive team. And so this is what NIM Group Limited is trying to do, build up a great organization to help us get transactions on the chain, partnerships with companies that are building on us. And the one thing that NIM Group is laser focused on right now is launching Symbol. That is a huge priority. And I'm really happy to say that in early October of this year, 2020, NIM Group Limited launched our testnet. And it's kind of theoretically the final version of the testnet. And that's going to give us a 3-month soak time. Hopefully, if everything goes well, then this testnet has been battle tested over a 3-month period, then that leads us up to a very possible December launch. So fingers are crossed. We are hoping to get Symbol launched in December. I'm very excited. I can't wait for it to happen. I have been waiting for many years. I first remember Catapult, 3-4 years ago. And I think it's time. We're ready. Let's see Symbol go live. And one of the important things that people need to think about before Symbol goes live is opt-in. Now, don't worry if you haven't opted in yet, or don't worry if you, for some reason, are on vacation or you're in a different country and you can't opt in before launch. That's fine. You have up to 6 years to opt in. There's a lot of time. But of course, it's great to opt in and be a part of the Symbol blockchain on day one. So I encourage everybody to opt in. Go ahead, join. You can do it via the desktop wallet.
There's a mobile app is on Android that allows people to opt in too. So please opt in. And on day one, you'll have symbol XYM in the account that you opted into. So that's very exciting. And we want to see Symbol get launched. But when we see Symbol launched, we have a lot of great features that are going to launch with Symbol. And I'm so excited about our architecture. I'm sure some people who have watched me have seen me talk about all the great things that Symbol can do. And I've highlighted the plugins many times. There's lots of YouTube videos of me talking about that. I want to talk about one thing today, and those are great. Those are fantastic. It just sets NIM apart, Symbol apart from any other blockchain because you get smart contract capabilities, but without smart contract security risk. Meaning, Symbol, we can do the same things that other blockchains like Ethereum are doing, but you don't have the risk of losing your coins or having your project hacked or having everything explode on chain. It's secure. And I can say that NIM has been around for more than 5 years, a live blockchain for more than 5 years. And our architecture has led us to not have one major bug where one person lost even a single coin. And no other blockchain can say that. Not Bitcoin, not Ethereum, not Ripple, not Stellar, nobody. Nobody can say that they have a perfect security history record of maintaining all funds since the start of the blockchain. And I've been really proud to be associated with NIM and to see it have that perfect record. And I am very confident that Symbol is going to carry on this tradition and provide just the highest level of security, because not only has Symbol incorporated the same security features that NIM had, but it's added a lot more to it. And it's not just about making the coins on the chain secure. Now we're doing things to make the network secure. And one thing I'm super proud about, I'm not going to mention any names, but I heard a very respected member of the blockchain community say, there's no way to fix this problem, so we're not even going to talk about it. We're not even going to think about it on our blockchain. And this is a top 10 blockchain. And I want to say that while they think it's such a complicated problem that they won't even think about, they won't even address, Symbol has already fixed. And that's just fantastic. And that's one thing that I want to talk about today, which is rewarding nodes. There's a really big problem on blockchain, like we talk about Bitcoin, for instance. Yes, you can run a miner, but that is running an ASIC machine that's mining the coins. But that ASIC machine that's mining the coins is not a full node. You need full nodes on the network. You need people running the servers, protecting the blockchain, processing transactions. And in Bitcoin, there's no reward for running a full node. In Ethereum, there's no reward for running a full node. In Ripple, there's no reward for running a full node. But in Symbol, there is. And it's even become a part of consensus. So it's not like just a supernode reward like what we did in NIM. That was great. I was one of the main architects of the supernode program, and I've been really happy with how it's performed and the service that it's done for the NIM network. But I'm even more excited because with the consensus algorithm in Symbol, we have a way for full nodes to get rewarded. Any full node doesn't even have to be a supernode. Now we will still have some supernode activities on Symbol, but now any node can also get a reward as part of consensus. And it's not just if you run a node. We've taken the most important part of POI, and which is your activity on the chain, your score about how good your account is. And so the more active your account, that's also a way you can get a reward. And then of course you have your stake. And so when you think about in Symbol, these three things we're doing: running a node, being active on the blockchain, having coins and staking them, this is a part of the consensus. And I'm super excited. It is the best consensus algorithm that addresses the most problems that I've ever seen. So super excited about that. Symbol is so far ahead of other blockchains. Well, in fact, NIM
Even NIS1, NIM is 5 years old, is still ahead of a lot of blockchains that are launched today. And Symbol is just doing things that people won't do in other blockchains for 5 more years. So super excited about Symbol, all the great features. It's not just Symbol, the blockchain. I don't want us to forget about NIS1. Like I said, it's a great blockchain as it is. There's nothing wrong with NIS1. It's going to continue on. I know companies like the company I co-founded, LuxTag, still builds on NIS1, still will continue to build on NIS1. And we have some exciting partnerships of people like Stakehound. I'm going to talk about that more later on, which is building on NIS1 to help bring DeFi into the NIS1 ecosystem. So super exciting, but we're also super excited about all the great partnerships that NIM Group Limited is going to try to help us get for the NIM community with Symbol. You know, I think that this is a really good time to talk about the Japanese community. I have been so touched with how wonderful the Japanese community is. We have Nimlog, we have Zimbook, we have Nimgraph. What great projects these are. I can't tell you how just warm it makes me feel to see people in Japan building on these things. And then we have great companies like Opening Line and projects like Open Apostle. They have really just done some wonderful things. And then I can't forget Tech Bureau and what they've done with Mijin. And they just had another great announcement. If you all haven't heard about it, then please check it out. Tech Bureau just made a great announcement about Mijin version 2 and the offerings that it's giving in the cloud. Really wonderful. So I think that this is kind of some of the points that I wanted to talk about today. Just go over real quickly. What is NIM Group? You know, who are we? What are we trying to do? The most important thing we're trying to do is make Symbol the most adopted blockchain in the world. It's a high goal. But we've assembled a really good team. And as of yet, I've seen no other blockchain have a perfect formula. We're looking for the perfect balance of community activity, things like these things that I just mentioned in Japan. We're looking for having a great software company that's going to develop, and we're looking at having experienced and proven leaders leading us into this new path of Symbol. So in addition to the consensus and how we are rewarding nodes, I also want to talk about our plugins. Those are very exciting. We have plugins that allow multi-signature transactions. We have plugins for aliases, for namespaces. We have plugins for aggregate transactions. It's absolutely a wonderful way to think about doing transactions in blockchain architecture. And I'm really excited about the alias transaction. I like to buy a name, and I like the idea of somebody being able to send me cryptocurrency to a human readable name like Jeff instead of a long NIM address. And I think that this is something that is common sense for all people in the regular financial world, and that once we get names in blockchain, it'll just make blockchain easier. Like we send names in we send to names in email. We type in web addresses as names. People like typing in names instead of random numbers. And I'm also super excited about aggregate transactions because it allows some of the most advanced blockchain contract logic that I've ever seen. Like, you know, you could think about on Ethereum making a multi-sig contract, or you could think about maybe trying to make a security token, or you could think about maybe trying to distribute those security tokens and different transactions to investors, or you could think about trying to make a name for a token on Ethereum. And all of these things would be separate contracts, and all of those separate contracts are not without risk. I've seen people on Ethereum mess up each one of those and cause big problems for their project. But in NIM,
you can do not just one or two of those, you can do all of those in an aggregate transaction, make it, release it, launch it, people get it, and it's no risk to you, no risk to the consumers. It's a just fantastic feature. I think when developers really get the power of aggregate transactions and just how much they can do, I think that'll be one thing that drives developers to Symbol. But there's other things too, like our ability. I was talking about not only do we reward nodes earlier, but we have better nodes. And our nodes are, why are they better? Because we have a MongoDB and REST node. This allows anybody to get any transaction information from any node. And this is a big problem in other blockchains. This is a big problem that nobody's even thinking about, nobody's even addressing. You know, most of, one ecosystem or another ecosystem just has a few players or even only one player that's serving up data information about what's happening on the chain. And now we have a truly decentralized API so that any light client can contact any node and get a lot of information and can do so trustlessly. So it's just a wonderful technology. The developers have really outdone themselves all the way around when it comes to consensus, when it comes into plugins, when it comes into the network architecture. And now we have just released with the latest version, Finality. And I literally just spent like 3 hours yesterday reading the white paper, letting it sink into my head. And I'm super excited that we have our developers at NIM, the core developers, Jaguar, Gimmer, Bloody Rookie, developing this great technology for us. Really just a wonderful asset to the community. That's my update for what we're doing at Symbol and NIM Group Limited. Thank you all very much for listening to me. And I really love the Japanese community. I can't wait when COVID is done to come and see you guys again. Thank you. ここまでのプレゼンテーションはどうだったべにか？まだまだ魅力的な登壇者が続くから、たくさん楽しんでってほしいべに。AMA ではスピーカー陣への質問ができるべに。今日のスピーチを聞いて質問したいことがあったら AMA にて聞くべによ。僕が船長を務めるVR 空間コスミックワールドもぜひ遊びに来てほしいべに。宇宙船内ではスピーカー陣からのワンポイントアドバイスや BCJ オリジナルグッズが当たる Fortune Game もやってるべによ。待ってるね。突然ですが、ビットコインの支払いに必要な時間は X ポスならわずか数秒。世界のお店に広がる X ポス。他の通貨も使えます。さあ始めましょう。詳しくは Amazon または Web で検索。
BlockChainJam2020 をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。じゃあ、私たちはですね、優しい DeFi という、グループ名で、本日皆様と一緒に DeFi について、理解を深めていければなと思いますので、よろしくお願いします。僕は、ホリーという名前で活動しています。カイバーネットワークという、DeFi、プロダクトの、で、日本の、担当をしてますし、あとは、キャサリンさん、メーカー DAO、メーカーファンデーションの、日本の、ジャパンリードですね。と、あとは、有名な、DeFi の、日本でも有数のヘビーユーザー、信玄さんと一緒にお送りしていければなと思います。よろしくお願いします。で、まず最初に優しい DeFi について、なんでしょう、簡単なご紹介をさせていただきたいんですけれども、なんでしょう、DeFi Japan という、DeFi Japan コミュニティですね。DeFi という、グローバルなコミュニティがありまして、それを日本語でも一緒に学んでいけるようにしていきましょうということで、グループを作ったり、している DeFi Japan というものがありますけれども、そこのコミュニティ活動の一環として、毎月1回 DeFi について学べるようなイベントをしようということで、もう最近はオンラインで、やってますけれども、なんでしょう、DeFi について関心がある人たちと学びを深めていきたいなというような思いで、イベントをやってます。この3人でやることが結構多いですかね。はい。で、内容としては、メーカー DAO とか、コンパウンドとか、DeFi っていうことを聞いたことがある人ならば知っていそうなプロトコルの、個別プロトコルの、プロダクトの、なんでしょう、勉強会から、あとは、最近、流行ってしまったこのイールドファーミングですね。DeFi の名前が売れたきっかけになるような、出来事を、学んだりとかっていうところまで、幅広く、テーマを、トピックを選んでやってます。もし興味がある人がいたら、方がいたら、ぜひ、参加してください。というのが、最初に、お伝えしたいところですね。テレグラムグループとかイベントが、にぜひとも、参加いただいて一緒に学んでいければなと思います。で、DeFi Japan コミュニティの、テレグラムが、ありますので、ぜひ、皆様、関心のある方はぜひジョインしていただければなと思います。最近、そんなにアクティブかっていうとあれですけど、最近、なんでしょう、いろんな疑問があったら、いろんな人たちがディスカッションするとかっていうようなところもあったので、ぜひ、覗いていただければなと思います。はい、あとはコンパスのところで、DeFi、優しい DeFi のイベント情報などは、お伝えをしていますので、ぜひ、ウォッチしていただけると、ありがたいなと思います。よろしくお願いします。はい。で、これで簡単な優しい DeFi の、説明は終了ですけれども、じゃあ今回、グループディスカッションをやってっていうことだったんで、いろいろとね、話をしていきたいなと思うんですけれども、こちらで、テーマを決めて、話していければなと思いました。で、テーマ、4つちょっと考えてきました。DeFi を使って感動したことは何ですかとか、あとは DeFi に誤解があるなと感じることは何ですかとか、面白いと感じたユースケースってどんなことがありますかとか、あとは、考える DeFi の将来像、将来どうなっていきますかっていうのを、4人で話をしていきたいと思います。はい。じゃあいいですか、お二人。はい。やっていきましょう。はい。この4つテーマで、ちょっと時間もね、30分限られているので、そうですね。話をしていきたいなと思いますので、はい。まず最初ですね、DeFi って言っても何のことだか分かんないっていう人って結構多いんですけれども、最初に分かりやすいところというか、DeFi を使って、皆さんユーザーですから、感動したことは何ですかということを話を、お伺いしたいなと思います。はい。まず一つ、お二人に、質問をしてあらかじめ、聞いたりはしてたんですけれども、まず、一つの答えとして、DeFi を使うと、境界線のない新しい金融に感動しましたっていうような声がありました。キャサリンさん、これ、どういったところですか？ちょっと説明していただけますか？そうですね。はい。本当に DeFi は境界線に縛られないことです。これは国境に縛られなくなったことが本当に経済的自由につながります。例えばハイパーインフレの国に住んでいる人は安定した暗号通貨や、DeFi サービスを利用できるので、それ本当に資産価値の保存ができます。この部分がとても素晴らしいこと、感動したことだと。国境を越える部分ですよね。そうですね。
あれですよね、ハイパーインフレの国って、ドルとかの購入制限があったりするので、結構厳しくて、なので、普通の人は、なんていうんですかね、BTC とかイーサみたいなクリプトよりは、できれば、ドルみたいな比較的安定したものを求める傾向があるので、はい、それがその制限に縛られずに自由に売買したり送ったりできるっていうのはすごい便利ってことだと思います。結構ユースケースがあるわけですよね。結構そうやって実際使われてるっていうのが、また後から話をする部分があるかもしれませんけれども、そういったところが魅力だよと。どこに住んでいても、公平に金融にアクセスできるよというような、基盤があるっていうことですね。はい。はい。じゃあ次行きましょうか。停止しないことや、この透明性の高さに、驚きました、感動しましたっていうのは、これ、信玄さん。はい。はい、これ停止しないことって言うんですけど、ブロックチェーンというか、主にイーサリアムをここでは、参考に挙げますけど、基本的に24時間365日無停止で、それで、普通のね、証券会社とか、メンテナンスとかあったりするし、取引所とか、メンテナンスとかトラブルとかいろいろありますよね。あと、クラウド系のサービスがダウンしちゃったとかありますけど、DeFi のサービスって、ブロックチェーン動いてる限りは止まらないんですよね。で、フロントエンドっていうか、その UI のところは止まったりするんですけど、メジャーネットっていうのはいくつもアクセスできるサービスがあるので、落ちても他からアクセスしたりできると。で、コントラクトは裏で動き続けているので止まらない。しかもその透明性っていうところは、例えば取引所って、自転車操業してるのか、それともちゃんと回ってるのかってわからないんですよね。だから、以前もある取引所が突然破産宣告して、怪しいところは多いですね。はい、そう、利用者の資産が失われたことがあったんですけど、そういうのがないので、ちゃんともちろんちゃんとしたところっていうのは前提になっちゃいますけど、リスク管理上、こちらの方がやっぱ優れていると思いました。ここがだから透明性の高さで、ちゃんとユーザーが判断できるということですよね。そうです、そうです。だからこれ僕も結構、なんでしょう、感じたことがあって、DeFi のユーザーとして、僕が感じたことは、先ほど、信玄さんが言ったようなこの透明性の高さで、これどういうところで良かったかなっていうのを、ユーザーとして感じることとしたら、いろいろ、こういう利率がつきますよとかっていう資産運用の手段が DeFi で結構、あるんですけど、なんでしょう、普段の、銀行の窓口に行った時とかにお勧めされるようなとか、金融商品とかで、こうですって説明されても、これって本当はどうなのとか、この手数料はどうしてなのとか、どうしてこの利率がつくのとかっていうことを、聞いても、本人もそんなに分かってない部分とか、深いところ、なかなか検証しにくい部分っていうところが結構あって、ちょっともやもやするときっていうのは結構多かったんですけど、DeFi を使ってみて、いろいろ見てると、この裏には何があるかっていうことが、結構ちゃんと掘れば掘るほど自分で分かってくるので、そういったところの、情報の非対称性が、自分の力で取り払うことができるっていうのは、結構、僕は DeFi を使っていて、なんか新しい金融体験だなというのは、感じましたね。これが透明性の高さというか。それは間違いないですね。金利が設定されていたとして、その金利がね、どうやって実現されているのか、見えるか見えないかっていうのは本当に大きな違いで、回るわけのない高い金利を設定されていたりとか、もしくは異常に高い金利なんだけど、実はその市場に歪みがあって、その金利が実現されているから、これは詐欺ではないとか、そういった判断ができるんですよね。で、そのパラメータも基本、オープンソースなんでオープンになっていて、でパラメータを変えるときも、ガバナンスや所定の手続きですね。ガバナンスと時間制限、その時間が一定時間以降に反映されるとかあったりするので、そうですね、リスクとリターンのところで圧倒的に透明性が高い方が、ユーザー視点としてはアドバンテージ高いですね。これはありがたいところです。多分本質としては DeFi の本当の目指すところっていうのは、この境界線のない新しい金融ですとか、もっとフェアネスですとか、そういったところだとは思うんですけれども、実際に先進国の恵まれた国に住んでいる我々でも、新しい金融体験というのは衝撃、感動が起こることあるかなと思います。そうですね。本当に全部その3つの点をまとめすると、その新しい金融サービス、金融サービスにへの新しいアプローチで、それが世界中の3分の1と言われるの金融
期間の口座を持っていない人たちや、そのより良い金融サービスへの単純の願望を持つ人など、その今その不満の人が自分だけではなく、その本当にこれからより良いそのいいサービスが作るのは利用できるのは本当に感動します。いいことです。はい。この、一応 DeFi どんなものっていう図解を、書いてみたんですけど、単純に言うと、ディセントライズファイナンスですね。分散型金融。これ何かというと、パブリックブロックチェーンというのが前提にありますよということですね。で、パブリックブロックチェーンというのを、大切にした上で、この上というか、上に乗っかるのが DeFi というようなのが、イメージとしては、イメージを、抱きやすいかなと思うんですけど、でパブリックブロックチェーンの特徴を享受したような、金融ですね。様々な種類の、金融プロダクトがありますけれども、このパブリックブロックチェーンを使って動いていくと。パブリックブロックチェーンなぜ使うのかっていうと、このあたりですよね。オープンだし、オープンに、みんなが使えるっていうことだったりとか、あと、キャサリンさんが、言ったような、ボーダーレス、国境を越えて、良質な、プロダクトにアクセスすることができるだとか、こういったところの特徴がなぜあるのかというと、このパブリックブロックチェーンを使ったっていうような、特徴ですよね。透明性にしっかり。そうですね。これ、組み合わせが重要なんですよね。多分そのパブリックのブロックチェーンじゃなくて、プライベートのチェーンの上で、じゃあこの DeFi のプロダクトを動かしたら、それの方が早くて安くていいじゃないかって思うかもしれないんですけど、実際にはそれはそう簡単な話ではなくて、これはちょっと話すと長くなっちゃうんで、省きますけど。ここのところが、DeFi としては大切だよというところがありますよね。今入った内容で。わかりました。はい。じゃあちょっと、次行きましょうか。はい。次はですね、2つ目。DeFi になんか誤解があるなと感じるところは何ですかというところをちょっと聞いていきたいなと思います。皆さんに正しく伝わってないんじゃないかなと思うところ。DeFi 誤解されてるなと思うところは何ですかというところで、あらかじめ聞きました。はい。キャサリンさんでしたね。単なるマネーゲームだと思われているのが悲しいですっていうのがありますけど、これどうですか？はい。はい。最近特にそのイオンファーミンいろいろあったんですが、それが見ると、そのただ DeFi はマネーゲームだけが好きな人のためであるということです。それがそうかもしれないんですが、でもそれより公平で、その誰でも利用できる新しいタイプの金融サービスやシステムの可能性を情熱を持っている人もたくさんいますので、それがちょっと今まで結構大きな誤解することだと思います。そうですね。イールドファーミングっていうのが流行って、すごい、法外な利率がつくよっていうところが、注目されてしまったので、マネーゲームだと思われる。そうですね。そこどうしてもね、クジラと言われるような大口が強いし、ガス代が高くなると、なおさらその傾向強くなるんですけど、とはいえね、ずっとそれが続くわけじゃなくて、今みたいな落ち着いている時でも、例えば、ね、収入がもっと低い国とかの人が、例えば DeFi のコミュニティに貢献して報酬をもらうとか、ブロックチェーンゲームで稼ぐとか、いろんな例があるので、先進国だけの感覚じゃなくて、もうちょっと視野を広げると、実はそのクジラたちのマネーゲームのみではないと。それはあくまでも一つの側面であるというのがちょっと見えてくるかもしれません。でも確かに課題としては、ごめんなさい。課題としては、ここで話をしましたけど、結構やっぱりここが大切で、ここがなければ、DeFi というものが、これは DeFi が危険な部分でもありますけど、ここがなかったら DeFi っていうものが、存在意義がなかなかなくなってしまうわけですよね。ボーダレスじゃないとか、どこかの国が欲しいままにできるとかっていうところはなかなか困るというのがあって、ここをキープしないといけないんですけど、今のところ、ここにはどうやらコストがかかってしまうらしいというのが、ここを守るためにはどうしてもガス代が高くなるとかっていうシステムにならざるを得ないらしいというのが、分かってるのは分かってるので、確かに課題ではありますけれども、よく、なんでしょう。よく解釈をするとしたら、お金がかかっているところっていうのは、いわば部分、中立性とかボーダレスになる部分が、守られてるっていう部分かなというふうには、感じますね。はい。
次行きましょうか。はい。管理者権限などの拡大化して、すべてのディファイが危険なものだと思われて悲しいです。はい、こちらなんですけど、もちろんこれ、プロダクトによりけりなんですけど、やっぱりそのユニスワップとかですよね、コンパウンドとかメーカーだとか、ああいったその以前からある非常に多く利用されたプロダクトについては、基本的にはそう簡単には、利用者の資産を取れないようになってます。少なくともその運用者とかプロトコル側が勝手に使って自転車操業するみたいな、そういうことはないですね。で、ここのところ、実は以前ツイッターでアンケートしたら、過半数の人が、ユードファーミングというか、リキュイディマイニングというか、その報酬は利用者の資産を売り払って出してるんじゃないかみたいなふうに印象を持っている人が多かったみたいで、それはね、構造的にたまたまそういうふうになってただけで、そういうものじゃないんだよっていうのを、ちょっと理解いただけたらなと思いますね。ディファイは、結構利率がなんでこんな高いんだとかっていうのには、普通は詐欺を疑うっていうのは当然の態度であるので、間違ってはいないんですけど、で実際、詳しく、時間をかけてちょっと見てみると、こういった理由があるんだっていうところが、はっきり分かるってさっきの透明性の部分もありますけれども。そうですね、透明性ですね。はい。もちろん、そのね、利率というか金利だけにつられて、新しくて怪しいものに大金を突っ込んでしまうと、ハッキングされたりとか、事故が起きたりとか、そういうのも起きますので、そこは慎重にやる必要がありますが、ちゃんとしたものを選べば、かなり安全性は高いと思います。なるほど。わかりました。この3つ目、早い安いって正義でしたっけっていうのを、ガス代が高いとか使い物にならんとかっていうふうにいろいろ言われましたけど、なかなかフィンテックのように、早くできまして、今までのお金を安くできましたとかっていうこととはちょっと DeFi は、違う部分もあるので、ここの部分がありますので、ちょっとなかなか、できない。まずここを、大切にした上で、じゃあ次どうやって解決していこうっていう議論になるのが、いいかなとは、僕は思います。先ほどちょっと被るところがありますけれども。はい。はい。それでは、次行きましょうか。はい。3つ目。面白いなと感じたユースケース聞いていきましょう。DeFi、分散型金融、ディセントライズファイナンスって結構面白いなと思ったユースケースは何でしょうか。はい。キャサリンさんでしたね。通貨がハイパーインフレしている国での利用は、非常に興味深いですけど、どうでしょう。そうですね。はい。それはさっき申し上げたような、その大ハイパーインフレの国、例えばアージェンティナとベネズエラという、そんな国での、特にステーブルコインの利用は結構素晴らしいユースケースだと思います。それが結構、今まで結構ビットコインは非常に魅力的でしたが、でもバラティリティが高いため、信頼できるその日常の価値の保存手段にはなれませんでした。今年特にダイがすごくアルゼンチンの国でだけで去年$500万だったのトレードの量が今年の5月ぐらいは4倍になってきて、結構すごく人気になりました。あと取引所も増えてきて、ダイを使っている、提供しているの取引所も去年もう1つしかありませんでしたが、今年が6つに増えてきました。アルゼンチンでの取引所ですか？そうですね。はい。そしてダイを取り扱っていると。はい。ドルのステーブルコインですね。ダイを取り扱っているところが増えて。はい。それはなんで人気なのは、と考えると、もともと今なかった選択肢が増えてきたので、例えば国の住んでいる人がその国の、さっき真剣さんもおっしゃいましたが、いろいろ政権がありますので、それがステーブルコインが一つの選択肢、価値保存、ドルにはね、アクセスできなかったですからね。そうです。はい。自分の資産価値の保存の手段として結構使われています。ここにだからドルを乗っけることができるのが、ダイだったりとかして、またここに戻ってすみません、しつこいですけど。
はい。あと、このステーブルコイン、そのイーサリアムだと、コントラクトウォレットっていう、比較的使いやすいウォレットがあるんですよね。はい。なので、それもまたなんだろう、ビットコインは一番汎用的でセキュアですけど、ただより多くの人にっていう意味では、コントラクトウォレットみたいな使いやすいもの、ユーザーにも使いやすいものが求められる傾向はあるのかもしれないですね。まあだからそんなに詳しくない人であったりとか、なんか秘密会議がなんとかとかって分かりにくいなっていう人も、まあ割と安心して使えるような。そうですね。普通にメアドとパスワード登録して、秘密鍵を管理しなくても使えるっていうものがあったりするので、そうですね。なので、はい、そういったところも関係していると思います。DeFi のテーマとしては、まあ、ビットコインもそうでしたけど、結局、インターネットさえつながってくれれば、まあ本当に身分とかも全て関係なく、優れた金融プロダクトを使って資産運用ができますよとか、貯蓄ができますよとかっていう、そういう手段を開放するっていうところがあったと思うので、まあ実際なんでしょう、使いにくいウォレットとかだったらまあ意味がないですから、まあそういうところの開発、はい。これ要チェック。競争がね、はい、激しいですから。わかりました。はい。次行きましょうか。はい。DAO。分散的にプロトコルを所有することが面白い。これ、信玄さんでしたっけ？そうですね。はい、これ、以前から言われていて、なかなか実現しなかったんですけど、最近結構この動きが、進んできたなと思います。ディセントライズド、オートノマスオーガニゼーションでしたっけ？自立分散型ですね。組織ですね。はい。いくつかのプロダクトっていうのは、例えばヤンファイナンスとかですね。はい。今ちょっといろいろトラブルありますけど、とはいえ、そのプロダクトがあって、そのプロダクトが収益を上げていて、そうするとトレジャリーがあって資金が集まり、でその集まった資金から、コミュニティからメンバーを、なんですかね、そのフルタイムのメンバーとかを選んで、そういう人に給料を払ったりとか、なるほど。配当、ガバナンストークンの保有者に配当したりとか、であとはその、ガバナンストークンで、何をやるかっていうことを決めたりとか、そういうのを全部、コミュニティでやってるんですよね。で、全くその企業とかじゃなくて、その CEO とかそういうのはいなくて、本当にコミュニティとガバナンスで機能していて、これは本当にすごいなと思います。例えば、ここの、ユニスワップとか、コンパンとか、メーカーとか、こういうところが、なんでしょう、こういうところの話ですよね。そうですね。こういうところのプロダクト、乗っかっているプロダクトが、分散的に保有されるというか、ある会社が保有しているのではなく、まあ、地理的にも、立場的にも分散して、保有されるというか。はい。で、しかもここ、まあ、これあるうちに、まあ、資金が貯まるので、まあ、そこから、頑張ってくれる人に対して給料払うとかってことですね。そうです。グラントとかも出したりしてますよね。はい。はい。木田先生、何かありますか？そうですね。なんかそれぞれ違う、そのプロトコルは全部 DeFi なんですけど、あと DAO もそうだし、なんか形が少し若干違って、そのメーカー DAO の場合は、本当に段階的に、少しずつ完全に自立分散型組織になりますので、段階的になりたい。はい。例えば、メーカーファンデーション、そのメーカー DAO の一部の、コミュニティの一部のメーカーファンデーションは、近い将来解散します。解散すると、ここ。はい。はい。それは自己持続を達成するためには、そのメーカーの、いろいろ今進んでいます。それについて、ちょっと次回の優しい DeFi、詳しい。優しい DeFi 来てくださいね、皆さん。だからここもそうですね、メーカーも他の今 DAO として動いているプロダクトと同じようになっていくってことですよね。だから今そのフォーラムとかでいろいろ何を担保にするとか、なんだろう、そういう進行役みたいなのやってくれてる人がいるんですけど、おそらくそういうところから誰かがその、プロダクトから雇われ、でその誰を雇って給料を払うかっていうのをガバナンスで決めて、でそれでそういった人が進行役になったりしながら進めていくと。で、M カルトークンの、保有者は、その決定に対して投票して、どうこれを、メーカーを動かしていくのかを決めていくっていうことですね。その投票権のある人が、世界中に散らばって、まあ、特に、トークンを持っているというつながりだけでつながって、統治していくということですね。これが分散型ガバナンスですね。はい。まあ、つまり、ここで、コラというふうに抑えられてしまうと、
ここ台無しにできますからね、当然。ここはメーカーのある CEO だけでやってるっていうふうになると、その人が捕まって、じゃあやめますって言うと、ここ台無しになるので、まあ、ここもしっかり分散して持続的にやっていこうっていう話ですね。そうですね。はい。では、最後行きましょう。DeFi は今後どうなっていくと思いますか？将来像は。これ残り5分ですけど、はい。オープンネスを生かした、より公平な経済活動が増えるのではないでしょうか。これは、キャスネさんでした。それは本当に今まで格差、インクワリティとか、本当に富の分配がより包括で、より公平、新しい経済が実現できればいいと期待しています。つまり誰でもが、そこにアクセスできるからってことですよね。富裕層そうですね、本当に。はい。それだけではなく、プログラム可能な、例えばマネーや NFT を通じて、その価値を簡単に移転することができるから、いろいろその価値の移転、もっと公平的な経済ができるようになります。例えば、一つの例としては、例えば、クリエイターが今まで自分が作ったものを売りたいとき、YouTube とかどこかのプラットフォーム、頼るのではなく、自分を作った作品、例えば自分を作ったビデオを応じて報酬を得られるようになれるので、それが結構これからいろいろ変わっていくと思います。そうですよね。実際今そういう動きって起きてますよね。NFT で、そういうデジタルアーティストの人が自分の作品を、ラリアブルとか、NFT マーケットプレイスに、で販売したりして、で、それを、誰かが買って、さらにまた売ったりして、そういうのが徐々に動きが出てきているなと思います。だから、人それぞれの貢献というか、技術とか、そういったものを、価値化しやすくなったと言えますね。わかりました。次、ちょっといっちゃいましょうか。金融機能のプロトコル化は、より一層進むんじゃないでしょうかと。はい。信玄さん、どういうことですか？はい、これはですね、今までお金を送ったりとか、誰かにお金を貸すとか、そういったものっていうのは、間に金融機関とかを挟んで、そこが信用を担保して、やられていましたというか、今でも現実世界というか、基本的にはそれが基本だと思います。なんですけど、この DeFi の上では、そういったミドルマン、信用の高いミドルマンを挟まなくても、プロトコルがそれをやってくれるわけですよね。で、コンパウンドとかニュースアップとかメーカーみたいなものはもう2年ぐらい続いているわけで、多少トラブルあるけど、大きな致命的なトラブルなく動いています。でこれってどういうことかっていうと、しかもね、DeFi って24時間365日どんな時でも動き続けるし、止められないので、基本的には。だから、逆に言えばね、もう技術的にそれが可能になってしまったことだと思うんですよね。であとは、さらにユニスワップのコードをコピーして、やってるスシスワップとかもありますけど、あれもそのコードが問題ないっていうのが判断できれば、大金を預けることができてしまうっていう。だからもう、そういった機能なんですよね。PC でも今だと、みんな普通にファイルを送ったりとか、動画をアップロードしたりとか、そういったことができちゃいますけど、それも要はプロトコル化、いろんな機能がプロトコル化したことによって起きています。だから今度は金融のところで、そういうふうに金融の機能が、もっと、なんですかね、コモディティ化というか、して広がっていくのではないかなと思います。はい、わかりました。もうちょうど残り1分ぐらいになってしまいましたけれども、そうですね、大体これで終了なんですけど、キャステンさん、最後、教えてください。何かはい、ちょっとさっき、しげさん、プロトコル化に関して、工場みたいな自動化、いろいろ金融もそれになるじゃないかなと思って、あと近い将来、ユーザーがDeFi を使っていることを気づかないほど、日常生活シングレスに投稿された DeFi を見られると期待
しています。それ以上です。意識しなくても裏側でっていうのありそうですよね。僕はじゃあ最後、そこに数秒で、この先ほど言ったプロトコル化して自動化をするわけでミドルマンがいなくなるんですけど、僕らがこれを大切に思って、どんな国の人であれ、どんな立場の人であれ、利用できるような金融というフェアな金融を目指そうというような開発者がいる限り、ここの部分を大切にする限り、自動化したからといって別に安くなったりとかするわけではないかもしれないですよね、まだまだ。ので、それはまた、セカンドレイヤーとかいろいろ解決策が練られていきますし、また、こういったみんなが使えるというところがデメリットがありますから、デメリットがね、テロ資金とかいろいろあるので、その規制というのを止められないけれども、その規制というのをどういうふうなバランスでやっていくかっていうのは、これから探られていくべきところじゃないかなと思いますので、それを我々またウォッチして、みんなと話をしていきたいなというふうに思っています。はい。これ、もう1分経ちましたっけ？それぐらいですかね。はい。ひとまずじゃあ、皆さん、ありがとうございました。30分短いでしたけれども、話を聞いていただいてありがとうございました。またいろいろと、一緒に勉強していきたいなというのがありますので、いろいろ、SNS とかメールとかでも質問あれば聞いていただきたいなと思います。一緒に学んでいければなと思います。はい、よろしくお願いします。それでは、私たちの発表を終了いたします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ブロックチェーンジャム2020をご覧の皆様、こんにちは。はじめまして。
株式会社グラコネの藤本舞と申します。今日はね、こんな素敵な場所に、豪華なゲストの中、お招きいただきまして、運営の皆様、関係者の皆様、ありがとうございます。今日私がお話しさせていただくのは、ブロックチェーンの SDGs への活用についてということをお話しさせていただこうと思っています。20分お付き合いのほどよろしくお願いします。はい。まず初対面の方もたくさんいらっしゃると思うので自己紹介をさせていただきます。私がですね、2011年の12月15日がある記念日なんですけれども、初めてビットコインを受け取りました。で、そこからですね、後でそのストーリーをお話ししようと思うんですけれども、ビットコインの普及活動などをやってきまして、それからもう約10年経つんですが、今では例えば、日本だと GMO インターネットさんですとか、取引所だとビットポイントさん、で、ブロックチェーンゲームだとマイクリプトヒーローズさんですとか、その他国内外の、10社ぐらいの、会社の、アドバイザーとしてお仕事させていただいたりですとか、株式会社グラコネは仮想通貨ブロックチェーンに特化したコンサル会社ですし、株式会社withBというものは仮想通貨ブロックチェーンに特化した人材紹介会社ということで、この業界を自分のできることでどう盛り上げていけるか、関わっていけるかっていうことを、やってきているものになります。はい。で、今はコロナでですね、あんまり外国には行けないんですけれども、資料にある通り、国内外でその仮想通貨、暗号資産ですね、あとビットコイン、ブロックチェーンのユースケースについてですとか、そこら辺を啓蒙して、イベントに登壇したりとか、そういった啓蒙活動も今も継続してやっております。で、ここに書いてますね。あれは2011年12月15日、ビットコインとの運命の出会いがあったって書いてると思うんですけれども、これ次の15時から登壇すると思うんですが、ビットコイン普及活動も当初からやっていて、例えばクラケンですとか、その当時仮想通貨ビットコインだけじゃなく、ビットコインの取引所っていうものにも初代に目をつけて、最初に投資したエンジェル投資家で有名なロジャー・バーさんとたまたま英会話の先生の紹介で知り合ってですね、ここでビットコインを受け取ったんです。で、その時に私は別の会社で仮想通貨ではなく、もうその時ビットコインなんか知ってる人いませんでしたから、普通の法定通貨を使って子どもたちへの寄付ができるプラットフォームを作ってたんですけど、送金手数料がすごい高いじゃないですか。例えば5000円送るのでもまた5000円手数料かかって1万円になっちゃうとか、そういった問題を抱えているときにビットコインをその場で送られて、これほとんど手数料がかからなくて、銀行とかそういう中間の機関を通さずに直接送れるから、極端なこと言うと、君が寄付をしたい子どもたちに直接送ることもできるんだよっていうのを聞いて、もう感銘を受けまして、それが私のこの業界のスタートになります。で、改めてですね、なかなか暗号資産と寄付の可能性っていったところで、なんていうんですかね、語られることが少ないなってまだ思っていて、改めてちょっといろんな実績をさらっと見ていきたいなと思います。これですね、一覧でまとめたんですけれども、皆さんがよく知っている名前だったら、モジラ、ウィキリークス、あとビットギブとか聞いたことあるかもしれないんですけれども、こういったところがもうすでに仮想通貨の寄付を、ウィキリークスだと2011年の頃に集めたりしていて、いろいろ浸透しています。これビットギブですけど、23個の NPO と連携していて、これまでに3万9000人の人々、24カ国にインパクトを与えましたよということを書いてますね。で、これは2017年度の仮想通貨での寄付総額書いてますが、70億円、この時点でも70億円の寄付がやり取りされてたり、2018年の7月にはイギリス、モスクで、仮想通貨での寄付が法定通貨の4倍になる報道があったり、で、2019年には2015年からの寄付総額が累計で106ミリオン、100億円以上ですよね、超えましたというようなことも出ています。なので結構ね、どのぐらいの人数がシェアしてるんですか、金額どのぐらいですかって聞かれることが多かったので、これをちょっと参考にしていただければと思います。寄付の不透明さは深刻な問題でして、もういくつも記事あるんですけど、ちょっと何個かピックアップしましたけれども、寄付の信用度調査したところ、2014年の6
5.7% から2016年 5.7% へ落ちましたって言ったところで、これちょっと年号古いかもしれないんですが、大事なところは、メディアの情報が信用できない、寄付団体のお金の用途が不透明だと、っていうところですよね。やっぱここがすごくポイントでして、寄付したい、誰かの役に立ちたいけど不透明だからできないっていう悩みが、問題がずっとあるわけです。で、こちらも、これはガーディアン、イギリスの大手の新聞会社の記事ですけど、寄付の後のお金の流れがちゃんと明確に透明性があれば、年間約7億円も寄付の総額は上がるという分析ですね。なので、もう皆さんも寄付されたことあるかもしれませんが、そのお金を入れて、そのお金がどこに何にちゃんと人の役に立っているのか、やっぱりもちろん不透明だという懸念を思い浮かべた人はやっぱりいると思うんですよね。なのでこういった顕著にこういうアンケートにも表れています。でこれがですね、2016年なんですけれども、アリババがアントラブっていうのを開設しまして、450万人以上のユーザーを1000個の慈善団体に結びつけて、その寄付の履歴を追跡するようにした、すごい数インパクトですよね。こういったものも作成する。こうやって作成する理由ってやっぱその不透明さが懸念であったからなんですよね。で、アリババの最近の記事でしたら、アリババのブロックチェーンプロジェクトで、日本円にして約450億円の寄付が実現しているんですね。これは2020年の1月の記事ですけれども、どんどんこの、私が最初素晴らしいと思ったいろんな届かないところに寄付が届くっていう流れが増えてきているのではと思っています。で私が関わっている活動もさらっとご紹介させていただきますと、バイナンスという世界最大級の取引所があるんですが、そこのやっているバイナンスチャリティー財団っていうものが、独立してありまして、課題としては、その SDGs の達成を加速する世界を目指す非営利な組織なんですね。でバイナンスチャリティーでは寄付金の 100%、ここポイントですね、100% を最終的な受益者や組織へ提供していると。これはブロックチェーンでトラッキングできるわけなんです。私はここのアンバサダーもさせていただいておりまして、いろんな取り組みをご一緒しています。でこちらですね、左下に総額書いてますけれども、だいたい12億円分ぐらいのこの2年間、2年半ぐらいで、立ち上げてから2年半ぐらいでもうすでに寄付が完了しておりまして、ここにプロジェクトは少しだけ抜粋してるんですけれども、この他に例えばベイルートとか、オーストラリアの山火事だとか、いろんなところに災害とか教育、いろんな方面で寄付をしています。で日本も実はですね、お世話になっていて、2018年の西日本大豪雨、これ結構ひどい被害だったんですけれども、それが起こった時に、5000万円相当、私がビットコインで受け取りまして、それを NPO に寄付させていただくというサポートさせていただきました。その時のトランザクションこちらにあるんですけれども、実は日本に対してもサポートしてくださっています。はい、これ流れですね。で最近ですと、やっぱりコロナで苦しんでいる人がいる中で何ができるかっていうことで、クリプトアゲンスト COVID ということで実施しまして、バイナンスが全世界に向けてやったのが4億円相当を集めて26カ国を支援したと。で日本にもその中の集まった寄付金で10、100、1000万、11万枚のマスクをですね、寄付してくださり、感染特定指定病院中心に寄付させていただきました。で、続いてが、ここが去年ブロックチェーンジャムにも登壇してもらった時よりも、その時決めた目標がいろんな人と関わって交わってやっていこうっていうことで、今回実現したのが、絆っていう私は寄付のプラットフォームを持ってたんですけど、自分のプラットフォームだけではなくバイナンスチャリティーと組んだり、あとはこれ日本の、今回の寄付にマッチングドネーションという企画に参加してくれた数社が載っているんですけれども、そこが売上の一部を寄付してくださって、それと同じ同額をバイナンスが2倍にして寄付してくれるということで、合計これで日本製のガウンが635枚寄付できたんですけれども、そういったいろんな人が今集まって、より、コロナの影響もあるんですけれども、協力し合えているのは素晴らしいことかなと思います。はい、これは皆さんのお写真ですね。はい。で、これがトランザクション ID です。ここでちゃんと寄付が例えば日本のこのコラボレーションした企業からバイナンスチャリティーに送られたっていうのも見えますし、その詳細金額もここでちゃんと明らかになります。で、最後、バイナンスがそれを集まった資金をちゃんと物資やり、
や何かに変えて使ったときは、このトランザクションでちゃんと引き出した履歴も残ってるんですね。だから完全な透明性でやっているということが、これを見て分かっていただけるかなと思います。で、今日新しく話したいのがですね、NFT のことなんですけれども、はい、突然ですいません。ちょっと今まで事例で、今新しくやろうとしている NFT の可能性についてご紹介させてください。ちょうど、はい、ちょうどですね、昨日、東京ブロックチェーンコンテンツカンファレンスっていうものを実施しまして、ブロックチェーンジャムさんにも、お互い告知協力して、ブロックチェーンウィークエンドだねっていうことでお互いやってたんですけれども、これ実は3年目のイベントになります。で、豪華なゲストの方々がですね、ここ、いろいろ、見ていただいて分かるように登壇してくださいました。で、私が NFT をもう面白いなって思ってた理由と、これから何をしたいのかについてご紹介させてもらいますと、ちょっと話が前後しちゃうんですが、ここに映ってらっしゃる左上の2人のゲストなんですけど、ここは金髪のこっちの男の人の方がスーパーレアという NFT のそのデジタルアートのプラットフォームを運営していらっしゃる方で、その隣がブラウっていう音楽好きな方だったら知らない人いないと思うんですけれども、有名なアーティストさんですね。彼がスーパーレアのプラットフォームでデジタルアートを出版しました。はい。ここちょっと簡単にプロフィール書いたんですけれども、そうですね。NFT アートワークを作成して、彼はスーパーレアだけじゃなくて、ブラックパーティーとかニフティゲートウェイとか NFT のプラットフォームってアメリカというか全世界にたくさんあるんですけれども、そういったところでアートワークを出展して、今日本円にして500万円以上の売り上げを立ててるんですね。で、彼とのセッションで聞いてすごい感慨深かったのが、やっぱりその有名なアーティストはそこまで影響を受けてないんですけれども、これから頑張りたいアーティストとかがコロナの影響を受けて全然収入が稼げないと。だからやっぱ新しいことにチャレンジしていかないといけないっていうことで、背中を見せるっていう意味でご自身で NFT を発行したみたいなんですよね。だからそういう、日本だと結構 NFT って言ったらゲームの印象強いんですが、結構アメリカだと NFT とデジタルアートっていうところすごい親和性があるんですね。で、これ聞いてちょっとヒントになったというか、私もやりたいことがあって、アイデアがどんどん膨れ上がっていったんですけれども、ひらめいたやっぱりそうだって書いてますが、去年もブロックチェーンジャムで三方よしの話、私は三方よしという考え方が好きですって言ったんですけど、売り手よし、買い手よし、世間よしっていう、これが NFT ではできるなと思ってて、売り手はその NFT デジタルアート発行する人、で、買う人はファンですね。で、そこの、例えば NFT のデジタルアート買ったところから一定量が寄付いくっていうようなプラットフォームを作りたいなと思っています。で、実際に似たようなことやってるプロジェクトがもうすでにあって、例えばこれパリス・ヒルトンさんが、描いた猫、これ40イーサーで売れたんですけれども、それをほとんど全額、寄付に、動物愛護団体だったと思いますが、寄付したんですね。これと同じようなモデルをやりたいなと思っています。はい。なぜやりたいか、なぜ NFT なのかっていうと、まずすごい一つ目大事なポイントが、二次流通でも継続的に寄付をする。誰かが転売しても寄付が続けれる仕組みをブロックチェーンで作れるんですね。で、あと2番目。仮想通貨の寄付のプラットフォームを運営してきたんですけど、やっぱ寄付をお願いしても、友達にお願いしてもなかなか寄付ってしてくれないんですよ、ぶっちゃけ。だから、やっぱりちゃんと楽しい三方よしで書いても面白いって思いながら自然に寄付に行くっていうような仕組みが大事かなと思った。それが理由です。で、それが NFT がパーフェクトだなと自分で思いました。で、いろんな方法があって今検討中なんですけれども、例えば皆さんエンジンというプラットフォームを聞いたことあるかもしれませんが、エンジンと絆でちょっとやれるんだらどういうやり方があってメリットがあるのかっていうのを書いてるんですけど、スキームとしてはエンジン上で、インフルエンサーの NFT を発行して、それを買ってもらう。で、それが寄付に行くように、するということなんですけれども、何がエンジンでやるといいかっていうとですね、こちらに書いてある通り、エンジンのトランスファーフィー機能っていうのが標準でついてるんですよね。で、それがすぐに二次流通しても手数料が、取れるから継続的にできるんです。どういうことかっていうと、
パブリックチェーンでこういうものを作ると誰でも自由にやり取りができちゃいますよね。それはもちろんブロックチェーンの面白いところでいいところなんですけど、だからこちらがオープンシーとかマーケットプレイスとか用意しても、ユーザー同士が直接 NFT のやり取り自体はできると、プラットフォーム側で手数料が取れない、イコール継続的な寄付をしてもらうって場合できないんですよね。だから NFT 自体に所有権の移転手数料が組み込まれることによって転売されても継続的に寄付がいくようにできると。これはとても魅力的だなと思いまして、一個エンジン使いたいなと思う理由です。はい。で、もう一個、これ昨日プレスリリースがダブルジャンプ、マイクリプトヒーローズやってるダブルジャンプが出たんですけれども、オクトバスっていう仕様をですね、昨日発表したんですけれども、このオクトパスを使えば、どうしよう、オクトパスの説明を簡単に例えですると、バーコードみたいなもんなんですね。で、なんかいろんなメーカーがコンビニにいろんな商品を並べても、ピッてバーコードを読み込めるじゃないですか。だからそういった感じで、なんか仕様を NFT 発行する前に統一することによって、将来なんかコラボレーションするときにやりやすくなるから、そういう風な仕様にしようっていう感じ。もう一個例えで言うと、服のサイズが A の会社が大中小でやってるのに、こっちの会社が S、M、L とかだと、どっちのサイズがどうって分かんなくなるじゃないですか。だから規格を統一しようっていうのを出しました。でもし私が絆でオクトパス使って出せるメリットがあるとしたら、ごめんなさい。はい、これぴったりの画像がなかったんですけど、絆の NFT 購入した後にブロックチェーンゲームでも、遊べるようになる。だからさっき言った、お金を送ってもらうだけじゃなくて、寄付に楽しさが必要だよねって言いましたけど、その要件も満たせるんじゃないかなっていう意味で、オクトパスも譲りがたいなというふうに悩んでます。この2つの仕様を知ってもらうことによって、なんか NFT ちょっと興味ある人とか、この寄付の仕組みもですね、興味ある人とかなんか参考になればいいなと思ってシェアしました。で、あと NFT を使うと寄付に、チャリティーとすごい相性がいいのが、いろんなプロジェクトのチャリティーに NFT を持っている人を集めたイベントも将来的に可能だと思うんですよね。で、ドネーションだと送金先のアドレスがチャリティー用なのかどうかパッと見では分かりにくいんですけれども、NFT だとチャリティー用だということがすぐに分かるから、交流履歴とかも残るので、チャリティーに熱心な人かどうかっていうのが分かるわけです。で、NFT 持ってる、このチャリティー NFT 持ってる人にエアドロップをしたりとか、なんかいろんなそういう使い方ができると思います。で、去年私は、もうあと3分なんで早口になりますけれども、ブロックチェーンジャムで話した信頼ポイントの話、もうこれ実現につながってるなと思ってまして、このリソースシェアの部分ですよね。どういうことかっていうと、例えば、なんかお金で買えない、なんか信頼ポイントを元にしたサービスを提供する会社が今後増えていくと思いますって去年言ったんですけれども、こういうふうにお金で買えないもの、リソースシェアが増えていく。で、そのリソースシェアは、なんか権利をトークン化で管理すればいいと思っていて、こういう社会貢献的なこの NFT、チャリティー NFT を持ってる人だけいける、すごい環境に配慮した素敵な、シェアオフィスとか、ドリンクが半額になりますよとかわかんないですけど、例えばなんで起業するときの金利が安くなったりとか、そういった、なんでしょう、お金じゃない自分の行動と紐づいてできるもの、なんかそういったものの実現にもどんどんこの NFT と掛け合わせるとつながっていくんじゃないかなと思っています。はい。で、その信頼ポイントってちょっとなんかポエムじゃねみたいな。でも去年もなんかそういうふうに言われたけど、実際に進んでて、これ例えばブロックチェーン上でこれも新しいニュースですけれども、どういう電気選んだか、環境に優しい電気をちゃんと使った人が履歴に残ってるわけですよね。で、これは去年話したやつと同じですけど、環境にいい車に乗った人はちゃんとここでレコードが残るわけじゃないですか。だからこういうふうに信頼ポイントを貯めていって、そういった人たちにしか使えないサービス、お金だけじゃない、そういう、で回っていくような社会がどんどん近づいていってるのではないかなと個人的には思っています。はい。はい。で、まとめ。ちょうど残り1分。まとめ。SDGs は、NFT と相性がいいということを今日は言いたかったです。ここら辺ですね。いろんな方法があるんで、ちょっと私も検討しようと思います。はい。で、最後に、
私のツイッターから言ってもらったら見つけやすいと思うんですけれども、ブロックチェーンと SDGs、イノベーションにまつわるインタビュー記事とか、ここはたまたまバイナンスの CG とか、イーサリアムファンデーションのアヤとかいますけど、いろんな人と対談して、ナレッジをシェアしていけたらなと思ってますので、ぜひよかったらフォローなどしていただけたら嬉しいです。はい。今日はご清聴いただきましてありがとうございました。引き続きブロックチェーンジャムお楽しみください。ビットコインに変えることができます。楽天市場やお店で貯まった楽天ポイントを使って初めての人でも簡単にビットコインへ交換できるんです。早速アプリをダウンロードして取引開始。ポイントは運用する時代です。
Hello everyone, I'm Roger Veer, the founder of Bitcoin.com. I want to give all of you a very special welcome to BlockChainJam2020, and today I'm going to explain to all of you just how big of an amazing impact blockchains and Bitcoin technology is going to have on the entire world. So stay tuned. Okay, everyone, I'm Roger Veer. I was the first person in the entire world to start investing in the Bitcoin and cryptocurrency ecosystem. I've been involved almost 10 years now, but I want to talk to everybody about why this is so important, not just to me personally, but for the entire world, right? So we're going to talk about the future of money, right, and why this is so important here. And we're going to start things off here with a great quote from Brian Armstrong. For those that don't know, Brian Armstrong was the founder of Coinbase and CEO of Coinbase, one of the most popular ways in the entire world for people to buy cryptocurrencies. So Brian said, and I think he said this back in 2013 or something, it's been a while now, but he says that digital currency may be the most effective way the world has ever seen to increase economic freedom. If this happens, the implications are profound. It could lift many countries out of poverty, improve the lives of billions of people, and accelerate the pace of innovation in the world. Those are some pretty exciting and powerful goals to be working towards. And so we can talk about, well, what exactly is economic freedom, right? Well, economic freedom is a measure of how easy it is for members of a society to participate in the economy. It has a number of factors such as how easy is it to start a business? Well, think about it. With a digital currency, boom, you don't need permission from anybody. You can send and receive payments with anyone, anywhere in the world instantly, basically for free, and there's nothing that anybody can do to stop you. It doesn't get much easier than that to start a business. So, and then of course, whether property rights are enforced. Well, with your digital currency wallet, nobody can freeze your account, nobody can block your transfer, nobody can mess with your funds in any way whatsoever. That's a really, really big deal. But it's also important to understand the difference between an actual cryptocurrency wallet, where you have the custody of the funds yourself, like the Bitcoin.com wallet or a BlockChain.com wallet or some of these others, or cryptocurrency accounts in which you're trusting somebody else to hold the funds for you. So examples of cryptocurrency accounts would be depositing money in an exchange or using some other custodian type service. So it's the difference between your wallet in your pocket where you have the money, or your money in a bank account with a bank where you're trusting them to give it back to you somewhere later. So with digital currencies, you can have the custody yourself, for $1 or $1 million, and there's nothing anybody can do to stop it. And of course, free trade with people in other nations, right? So even this video is being recorded and sending to you guys in another nation. Well, at the end of this video, I'm going to give away $100 worth of Bitcoin Cash to people right through this video. So all you have to have is the Bitcoin.com wallet or any other cryptocurrency wallet that's able to scan a Bitcoin Cash private key. And we'll do that at the end of the video. So that's a fantastic example of how digital currencies enable free trade with people in other nations as well. And regulation of labor and businesses. Well, good luck stopping a math problem, right? 2 + 2 always equals 4, no matter how many laws politicians want to pass. And so cryptocurrencies are always going to work no matter how many laws politicians want to pass. And then the stability of the currency, right? Traditionally, governments have had a monopoly on the issuance of currency, and they force everybody to use a currency. But we've all learned that monopolies lead to, a bad user experience and, bad prices for the consumers. Well, now we have competition in the world of currencies. People can choose, do I want to use the dollar? Do I want to use Bitcoin Cash? Do I want to use something else? Now we have choices all over the world. So this is a really, really fantastic thing as well. So anyhow, we can see a list around the world of countries by the amount of economic freedom they have. So on the left, we have countries like Hong Kong and Singapore, New Zealand, and Switzerland. And on the right, we have countries with the least amount of economic freedom, countries like North Korea, Venezuela, and Cuba. And so it's very, very clear, even if you don't know a whole lot about, world events and that sort of thing, you would rather live in the countries on the left-hand side of that list there than on the right-hand side of that list. So very, very clear there as well. So anyhow, sometimes a picture's worth 1,000 words. We can see Hong Kong, one of the countries with the most amount of economic freedom in the world, over the last several decades, went from being this little sleepy port town into a world-class economic powerhouse. And anybody who's been to Hong Kong, the moment you land there, you can just feel the economic energy and the vibrance and the amount of stuff happening there. It's really an incredible town to see that, and you can see right there from the pictures the amazing transformation it had over the last few decades. And then you can see Havana, Cuba, one of the cities with the least amount of economic freedom, and over the same time period, it's hardly made any progress at all. There it is. You can see right there from the picture, or ask anybody that's visited.
I think you'd rather be living in Hong Kong than in Havana, Cuba there. And so this is one of the countries with the most amount of economic freedom versus one of the countries with the least amount of economic freedom. And so we can talk about why economic freedom is so important. Well, because economic freedom leads to to a higher per capita income, higher life expectancy, higher literacy rates, better income for the poorest 10% in society, improved environmental protection, fewer wars and violent conflicts, higher self-reported happiness of citizens with less corruption and bribery. And so of course that's the case, right? If you have more economic freedom, there's less things you'd even need to, bribe or deal with corrupt politicians for. You're just allowed to do it without even having to ask for permission. I imagine how much better and just how much faster the rate of economic growth would be and how much better everybody's life on the entire planet would be if everybody was simply just allowed to do anything that's peaceful. If it's peaceful, you're allowed to do it and you don't even have to ask for permission. The world would be a much, much better place. Well, digital currencies help enable that sort of thing. And so here we can see in a chart very, very clearly the income level of the poorest 10% in society, right? So in the dark green there, we have countries with the most economic freedom have substantially more income than the countries with less economic freedom. So it goes from dark green to lighter green to yellow to orange to red. Red is the countries with the least amount of economic freedom. And you can see the poorest 10% in those societies have the least amount of income. And so ask yourself, would you rather be a poor person in a rich country or a poor person in a poor country, right? Of course you'd rather be a poor person in Switzerland or Hong Kong or Singapore or someplace like that than to be a poor person in Cuba or Venezuela or North Korea. So of course, the poorest people in the most economically free societies have the highest standard of living compared to the poor people in the less economically free countries. And again, we can see it's not just the poor, it's income per capita, period. Countries with the most economic freedom have the most income per capita, and you can see a very, very direct correlation there. The most economic freedom means the most income per capita, the least amount of economic freedom means the least income per capita. And it's not just a slight difference, it's a huge difference there, as you can see in the chart. And again here, so adult literacy rates in countries with the most economic freedom, more people know how to read than in countries with less economic freedom. And this is the one that I ponder the most about, cause and effect here. Is it because more people know how to read and then they can, study economics and read the, works of great minds like Milton Friedman or Ludwig von Mises or Adam Smith and realize, oh, free trade and economic freedom makes everybody better off, so they adopt those policies? Or is it because the country already has more economic freedom, which means they have more economic wealth, which means people have more time to study and do reading and go to school when they're young and not forced into the labor force? So this is the one that makes me wonder, is this cause or effect the most? But either way, the correlation is very, very clear. In countries with more economic freedom, people know how to read more than in countries with less economic freedom. And again, life expectancy, right? In countries with more economic freedom, people live longer than in countries with less economic freedom. And it's not just a little bit longer, it's nearly 2 decades longer on average. So life is really, really short. I'm already 41 years old. 20 years is about half of my life. So people live almost 2 decades longer on average in countries with more economic freedom than in countries with less economic freedom. Well, that's a pretty good indication there that if you want to live longer, make sure you're living in a country with more economic freedom and your odds will be better. And again, unemployment rates, right? So countries with the most amount of economic freedom have the least amount of unemployment, right? And again, that makes sense. As an employer, if you don't have to jump through a zillion hoops and ask for permission for this and fill out paperwork for that, you can just hire somebody when you need someone. Well, that makes it easier for people to get jobs and to be hired for jobs. So countries with the most amount of economic freedom have the lowest unemployment rates. And in countries with the least amount of economic freedom, you have the highest unemployment rates. Because if you have to ask for permission for this and that and jump through this hoop and that hoop, it's a bigger pain to hire somebody. So you're just going to think, oh, maybe I don't need that new employee after all, right? Or if you're the person looking for work, it's difficult because the employer thinks, oh, I have to fill out this form and that form, and there's this and that, and this regulatory body is going to come and pester me, and they just think, I don't want to do it. And we see a real clear example of this too, right? They increase taxes on cigarettes because they want to discourage people from smoking. Well, if you increase the amount of work and money and this and that it requires to hire a new employee, you're going to discourage people from hiring new employees as well. And again, infant mortality, right? So clear. Look at this correlation here. When countries with the most economic freedom, you have the fewest number of babies dying at childbirth. And in countries with the least amount of economic freedom, you have way more babies dying at childbirth. So this is literally a life and death matter. Babies are dying due to a lack of economic freedom, right? So you can see very clearly in the data there
that this is a real thing. This isn't just hypothetical. These are real babies that are, the children of real people that are real lives around the world. So if you want to see more people, have their children survive being born and the mothers survive giving birth as well, countries with more economic freedom enable that. Countries with less economic freedom hinder that. So very, very clear data there as well. And again, children in the labor force as well. In countries with the most amount of economic freedom, they have more income, the parents have more money, they don't have to go into the labor force from a very young age. So you have less children in the labor force in the most economically free countries, and in the countries with the least amount of economic freedom, because they're so poor due to a lack of economic freedom, the kids have to go into the labor force from a very, very young age. So if you don't want to see a whole bunch of kids having to go to work from a very, very young age, you should support more economic freedom for everybody. And oppose child labor laws as well, though, because those go against economic freedom. So anyhow, correlation does not prove causation, but we see example after example in both theory and in practice of greater economic freedom leading to better results for rich and poor alike, young and old alike, black and white alike, like everybody everywhere on the planet. If you have more economic freedom, your life's going to be better off. We can make some really, really strong inferences here. And so that brings me to Bitcoin Cash's impact on economic freedom, right? And I used to be, for the better part of a decade, a big giant Bitcoin supporter, but the Bitcoin project is no longer trying to be peer-to-peer electronic cash. It's trying to be some settlement layer for something else that doesn't really bring more economic freedom to the world. So I wish the Bitcoin project good luck, but it isn't this amazing tool to bring more economic freedom to the entire world and make everybody better off. Bitcoin Cash is that amazing tool to bring more economic freedom to the world, because Bitcoin Cash makes it easier to start a business. It enforces your property rights. You can send and receive the payments with anyone, anywhere in the world, anywhere instantly, basically for free, and nobody can stop it. So of course that promotes free trade. It enables freedom of contract, and it enables people to opt out of corrupt systems. So this is really, really fantastic stuff that's possible on Bitcoin Cash today that is no longer possible on Bitcoin. It doesn't really help people achieve these things anymore, and that's why I've lost most of my passion and excitement and interest in Bitcoin, because from my point of view, Bitcoin Cash is the same version of Bitcoin that I got excited about almost a decade ago, because it enables all of these things that allow more economic freedom around the world. Bitcoin, they're trying to be a settlement layer for banks and large transactions. That doesn't help people in countries with a lack of economic freedom. So anyhow, Brian Armstrong talked about digital currencies. It says it will serve as a giant economic stimulus package for the world, accelerate innovation, reduce wars, make the poorest 10% better off, overthrow corrupt governments, and raise happiness. What a fantastic group of things to strive for there. So Brian's right on target. And in fact, this whole presentation is based off of a blog post that was written by Brian Armstrong. So full credit to Brian for putting all this together. Fantastic job, and I'm proud to be sharing the same vision and goal with Brian on this. And again, I say that Bitcoin Cash and digital currencies that can actually work as currencies for payments from everything from coffee to houses are the best tools the world has ever seen to accomplish these goals. So I'm a fan of anything that works as a tool to bring more economic freedom to the world. And the reason I'm such a big Bitcoin Cash supporter today is I think it's the best tool that we have in the world to bring more economic freedom to the world. And so that's why I'm inviting all of you to get started and tell your friends and get started with Bitcoin Cash today. It is so easy. And on the very next screen, I'm going to give away $100 worth of Bitcoin Cash, $5 to 20 different people, right? So all you need is the Bitcoin.com wallet or any other wallet that can scan a private key. And you'll hit the settings button, then tap Sweet Paper Wallet, and you'll be ready. So right here you go. Each one can only be scanned once. These are real private keys. Right now, the fees on Bitcoin are too high to do this. So right now, the fees are a couple of dollars on Bitcoin. If you were to scan the $5 code, it would take a couple of dollars to send it to your wallet. And then when you go to send it, it would take up another couple of dollars. And the person that received it wouldn't be able to spend leftover money at all, because the fees would be more than the money that they received. So this is another example of how Bitcoin Cash enables more economic freedom around the world. So you can grab your phone and scan this right on the screen. The first person that scans each one gets the money right there. And the fee for each one is like about a 20th of a penny. So basically free. And that's how this enables more economic freedom for the entire world. So there you go. I'm Roger Ver. I was the first person in the entire world to start investing in this ecosystem. And those are some of the companies that I've invested in. And I'm looking to invest in more that enable more economic freedom for the world. So if you have an idea on how to bring more economic freedom to the world, feel free to email me at roger@bitcoin.com.
And I look forward to hearing from you all. So thank you all so much. Please tell a friend and help spread this message of why it's so important to bring more economic freedom to the world and how Bitcoin Cash is such an amazing tool to do that, and digital currencies in general. I'm a fan of absolutely anything that works. So thank you all so very much.
トコインに変えることができます。楽天市場やお店で貯まった楽天ポイントを使って初めての人でも簡単にビットコインへ交換できるんです。早速アプリをダウンロードして取引開始。ポイントは運用する時代です。突然ですが、ビットコインの支払いに必要な時間は X ポスならわずか数秒。世界のお店に広がる X ポス。他の通貨も使えます。さあ始めましょう。詳しくは Amazon または Web で検索。ブロックチェーンというのは非常に大きな役割を担うんじゃないかと思っています。でそれによってやっぱり社会が変わっていくっていう実感がありますから、それを何としてでもやり遂げたいと思う。でこれを本当に実現して世の中を変えて便利にしてみんなが幸せになる顔が見たいと思います。
皆さん、こんにちは。アーツリーの芦沢と申します。弊社は非金融かつオフチェーンに特化したブロックチェーンソフトウェアの開発を行っております。今回はインターネット上のコンテンツのブロックチェーンを使った流通管理のお話です。たくさんのプロジェクトがクリエイターの権利を保護するために取り組んでいますが、それを実現するためには大きな2つの課題を解決する必要があります。著作権保護の仕組みと還元金決済の仕組みです。著作権保護の仕組みは盗作など著作者の意図しない形でコンテンツが使用されることを防ぐ仕組みで、還元金決済はコンテンツの複数のプラットフォームで利用された場合に著作者に対して還元金を送金する仕組みです。実際にクリエイター目線でこれらの課題を見てみましょう。一つ目の著作権保護の仕組みですが、現在のインターネットの課題としてコンテンツが不特定多数の人に無断で利用されてしまうという問題が発生しています。実際にインターネットを利用した著作権侵害の事件数は年々上昇しており、深刻な課題となっております。インターネット技術はコンテンツを拡散することには適している一方で、コンテンツを複製することや二次利用することが簡単にできてしまいます。このコピーされたコンテンツに対して収益が発生した場合には、元のクリエイターへは還元が行われず、無断転載を発見することも既存の技術ではかなり難しいものとなっております。そのためクリエイターが権利を守ろうとすると自身で盗作を発見する必要があり、また届け出などのオペレーションを自身で行う必要があります。そのため時間的にも金銭的にもコストがかかってしまい、現実的ではありません。次に2つ目の還元金決済の問題ですが、クリエイターが自身でインターネット上ビジネスで始める場合、決済手段を整備する必要があります。その場合に IT 知識が求められたり、手続きが煩雑であったりするため、余分なコストが発生してしまいます。これらの大きな2つの課題があるため、クリエイターは自身でコンテンツを収益化させることが難しく、中央集権的な機関にコンテンツの管理を委任せざるを得ない状況となっております。そのような構造のため、中抜きが発生し、クリエイターへの還元金は少なく、自身の作品に対して利用規約を自身で決めることができなくなってしまっております。これは中央集権的なサービスを利用した場合に発生する弊害であるため、クリエイター自身でコンテンツに対して決定権を持つことができ、正当な報酬を受け取ることができる分散化された新しい選択肢が必要であると考えます。今回はブロックチェーンを用いてインターネット上の著作権管理の課題を解消し、著作者に対してコンテンツが二次的に創作や流通が発生した場合に直接利益が還元される仕組みを実現しました。具体的にどのようなことをしたか見ていきましょう。主に技術で可能にしたことはこれらの3つです。無断転載の検知とクラスプラットフォームでのコンテンツの使用、また還元金の決済の手段です。1つ目の無断転載の検知に関しては、ステガノグラフィーという技術を用いることで解決しました。この技術はコンテンツに対して暗号化された情報を埋め込むテクノロジーです。暗号化された権利情報が埋め込まれたコンテンツをブラウザの拡張機能をインストールしたユーザーがデコードすることで無断転載を検知します。実際にこちらがステガノグラフィーを用いてデータを埋め込んだ例になります。左の画像が元のデータで、右の画像が利用規約など400字の情報が埋め込まれている画像です。専用のデコーダーを用いることで内部に埋め込まれているデータを複合することができます。クリエイターがコンテンツを NFT 化する際に、利用規約やロイヤリティレートなど著作権に関する情報をブロックチェーンに登録します。その際にステガノグラフィーを用いてブロックチェーンに登録する情報と同じものをコンテンツにも埋め込みます。無断転載の検知の際にはブラウザの拡張機能として専用のデコーダーをインストールしたユーザーのブラウザがネットサーフィンのたびにコンテンツ内のデータを自動でデコードします。
図で表すとこちらになります。専用のデコーダーをインストールしたユーザーのブラウザがネットサーフィンの際に無断転載を発見し、仮にコンテンツが利用規約に違反した取り扱われ方をしていた場合は、ブラウザの拡張機能から法的機関に対して情報が送信され、法的機関は著作者に対して確認を促します。著作者が削除依頼や賠償金を希望する場合は、法的機関に対して依頼をし、何らかの措置が取られます。この際に法的機関が著作者から報酬を受け取った場合、その一部が無断転載を検知したユーザーに対して支払われます。そうすることで無断転載を発見するインセンティブが生まれ、検知の仕組みをオートメーション化することができます。そうすることでインターネット上でコンテンツに対して唯一性を維持する方向へと行動を統制することができます。次に、流通管理に関してシステム化しないといけないことは、コンテンツのクロスプラットフォームでの利用と還元金決済の仕組みです。これらはオープンソースのパッケージとシステム認証を提供することで実現しています。クロスプラットフォームで利用する場合、あらかじめコンテンツを利用したいサービス事業者は、クリエイターの利用規約に沿ってコンテンツを利用することを同意することが必要です。利用規約に同意した場合、サービス事業者はブロックチェーン上に登録されているコンテンツをビジネスに利用することができます。クリエイターへの還元の手段に関しては、オープンソースのパッケージを提供し、収益が発生したタイミングでサービス事業者が著作者アドレスと価格を設定して還元金を送信します。図にするとこのようになります。著作者がアップロードしたコンテンツをサービス事業者は利用規約に同意することで利用できるようになります。収益が発生した際の還元金に関しては、オープンソースで提供しているパッケージを用いることで還元することができます。これによりクロスプラットフォームでのコンテンツの利用と決済を実現しています。このようにして今回のプロジェクトでは、クリエイターが自身でコンテンツを収益化させる際に障壁となっていた無断転載の検知と還元金決済の仕組みを実現しました。このシステムを使うことによって、それぞれのプレイヤーには様々なメリットがもたらされます。クリエイターは自分で決済手段や無断転載の監視を行うことなく、還元金を直接受け取ることができます。サービスの事業者は自分でデザインを用意することなく、重量課金でコンテンツを利用することができます。法的機関は何らかの措置を行う手続きを自動化し、生産性を高めることができます。ネットサーフィンをしている人はたまにお金がもらえるようになります。最後に、現在の開発状況に関してです。現在はこの NFT の ERC721 とステガノグラフィーを用いた、デジタルコンテンツの NFT 化の機能を実装して、もうすでに公開されているので、誰でも NFT 化させることができる状態になっています。次にブラウザの機能に関しては、年内にリリース予定で、来年の3月には他のプラットフォームから利用ができるクライアントを開発する予定でございます。はい。以上でブロックチェーンを用いて著作権管理を行うお話であります。ご清聴ありがとうございます。突然ですが、ビットコインの支払いに必要な時間は X ポスならわずか数秒。世界のお店に広がる X ポス。他の通貨も使えます。さあ始めましょう。詳しくは Amazon または Web で検索。
ここまでのプレゼンテーションはどうだったべにか？まだまだ魅力的な登壇者が続くから、たくさん楽しんでってほしいべに。AMA ではスピーカー陣への質問ができるべに。今日のスピーチを聞いて質問したいことがあったら AMA にて聞くべによ。僕が船長を務める VR 空間コスミックワールドもぜひ遊びに来てほしいべに。宇宙船内ではスピーカー陣からのワンポイントアドバイスや BCJ オリジナルグッズが当たるFortune Gameもやってるべによ。待ってるねー。
皆さん、こんにちは。これは、流れてますでしょうか。帯名祐介と申します。そうですね。じゃあ、これから、だいたい30分間ぐらい、ポルカドット、関連の話を、していきたいなと思うんですけど、最初の20分ぐらい、僕がまず、ポルカドット以前に、ブロックチェーンってそもそも何が、革命的なんだっけとか、その中でポルカドットってどういう役割を、果たすんだろうみたいな、ところの話を、最初の20分ぐらいさせてもらって、で、その中の、一つのユースケースというか、ポルカドット上で作っているプロジェクトの一つがですね、日本にも、存在するので、その話を、してもらうみたいな形の流れで、進めていければなと、思います。スライド、これですか、見れてますでしょうか。ブロックチェーンが作る信用革命と Web3 プラットフォームポルカドットっていう題名で、ちょっと話をします。こっちじゃないわ。はい。で、簡単に僕の自己紹介なんですけど、僕はもともとインターネット関連のベンチャーに投資を、させてもらうような、ベンチャーキャピタルに学生時代から、ジョインさせてもらいまして、で、その時にいろんな、会社と出会ったんですけども、2014年にですね、bitFlyerの加納さんと、出会う機会がありまして、で、そこに出資を僕がいた会社からさせてもらうことになったんですけど、その時に初めてビットコインの、話を、聞いて、個人的に興味を持って、この世界に入ってきたみたいな、感じですね。で、日本の仮想通貨業界って結構昔から、あると思うんですけども、ブロックチェーン業界、そういう技術コミュニティっていうと、比較的新しいのかなと、思ってまして、その最初ぐらいから、国内で初めて技術に特化をしたカンファレンスだったりとか、ブロックチェーンコミュニティみたいなところをやってみたりとか、あと、イーサリアムジャパンを、一緒に、設立して、日本のエコシステムとかを、立ち上げたりしてきました。で、その活動していく中で2018年初めぐらいに、ポルカドットのファウンダーのギャビンと出会って、で、Web3 ファウンデーションの、日本の活動を個人的にサポートを、始めて、で、今年に入ってぐらいから、正式に、参画をして、一応、アジア唯一日本人が僕だけなんですけど、特に日本ベースとか日本にフォーカスしているってわけではなくて、ポルカドットと、あと草間っていう、ブロックチェーンの、今年はグローバルのローンチだったりとかを、担当してきました。で、そうですね、Web3 ファウンデーションはスイス財団ですと、で、ポルカドット草間の、考案と、ローンチを主導しましたって形で、もうすでにこのポルカドットも草間も、完全に分散型のブロックチェーンに、なっていて、特に Web3 ファウンデーションが、その所有をしていたりとか、してるわけではないんですけども、引き続きそのネットワークと Web3 全体の、拡大のために、活動をしていってるような団体ですと。で、一応そうですね、そのファウンダーのギャビンの話も、日本だとまだまだ、イーサリアムのコーファウンダーっていう感じでしか知られてないのかなと思うので、少し触れておきたいんですけど、彼は、イーサリアムの、最初のCTO として、ビタリックがアイディアを考案していく中で、ただその実装ができないねという中で、彼がその最初の実装役として、実際にその医療ペーパーの、策定だったりとか、今も使われているイーサリアムのプログラミング言語のソリディティだったりとか、今の業界だと当たり前になっているような技術とか概念を作ってきた、開発者ですと。で、もともと e スコアとしてイーサリアムに特化して、開発チームを立ち上げて、で、それが今、パリティという名前になって、ポルカドットの、開発も主導しているというような形ですね。簡単になんていうんですかね、彼のヒストリーっていうか、ポルカドットのヒストリーにもなるんですけど、その辺を出すとこんな感じで、そうですね。で、パリティとしてもともと引き続きイーサリアムの、パリティイーサリアムクライアントとかを
世界で最も使われているような、クライアントとかを、開発しながら、今、ポルカドット、草間の、開発を、Web3 ファウンデーションと、パリティっていうのが、その2団体が、共同しながら、進めているような感じですね。で、ギャビンすごい、日本大好きで、ここ2年ぐらいで多分4、5回、来日してるんですけど、こんな感じで日本でもイベントやったりとか、してたので、お会いしたことある方もいるのかなと思います。で、彼がまた来れるようになったら、ぜひ皆さんと一緒に話す機会とかを作れればなと思ってますと。で、本題に戻って、まずそもそもポルカドットの詳しい話とか、細かい話っていうのは、インターネット上にもうすでにたくさん出てるので、あえてそこまで具体的な話でない、抽象的な話、もうちょっとハイレベルな、話から、入っていきたいなと、思います。で、そうですね、この辺の、写真見て何かわかる方は、いらっしゃいますでしょうか。多分左上が一番わかりやすいのかなと思うんですけど、これ日銀の建物で、左下が、東京証券取引所、2、30年ぐらい前の、東京証券取引所の写真で、右が、東京法務局の、写真ですね。で、この中、3つに、共通するものって何だと思いますでしょうか。で、その3つともですね、どれも社会の、中にあって、人々の資産とか契約とか、あらゆる取引、トランザクションを管理、仲介、するものだと思うんですね。で、日本語で言うならば、仲介者とか仲介機関、英語で言ったらオーソリティとか、インスティテューションとかっていうふうに言えるのかなと思うんですけど、こういった仲介機関が必ず僕たちの社会の中心にあって、で、知らない人同士の取引でも確実に、そうですね、誰かが勝手に改ざんをしたりしないような保証とかを、して、彼らがその管理をしているというような形なのかなと思います。で、彼らがやってることって、何なのかっていうのを、かなり抽象化して考えてみると、この3つに、集約、されるのかなと、思っていて、でも一つはこの左はハンコの写真ですけど、こういった誰が実際に例えば僕が銀行からお金を引き出したいんであれば、それが本当に僕からなされていることなのかっていうのをちゃんと確認して、で、あとはそろばんとこれ、江戸時代の商人が使っていた、誰がいくら売り上げを今、借りていて、誰にいつ返さなきゃいけないかみたいな、これ台帳ですけど、その台帳とこの計算で、そうですね、足引の増減を管理しているような感じですよね。で、これが時代ごとにデータベースになって、で、そろばんはマイクロチップみたいなものになって、で、未だに日本だと、ハンコはハンコのままみたいな感じだと思いますと。で、そうですね。基本的にそういった仲介機関がやっていることっていうのは、これの大なり小なり、この繰り返しなのかなと思っていて。で、なんで我々がこういった仲介機関を、必要とするのかっていうと、僕たちって常に誰かの利益相反の中で生きながら社会活動を行っていると思っていて、例えば僕がどこどこの土地を所有したいと思ったら、誰かがその土地を手放さなきゃいけないとか、で、誰かが僕にお金を送るんであれば、その人の残高は減らなきゃいけないし、僕の残高は増えなきゃいけないと。で、それをちゃんと第三者として、監視して、それが正しいですよっていう情報を保証する
な第三者がいないと、どっかしらで誰かがズルをする可能性っていうのが必ず出てくると。だからまあ僕たちがそういった社会活動をするようになって、常にこういった仲介機関っていうのは、生まれてきていると。で、そこに対して僕たち民衆が、信用することによって、まあ、ここに権威が生まれて、で、晴れて仲介機関となるというような形ですよね。で、こういったまあ仲介機関っていうのは、インターネット上でも変わらず存在をしてきていて、もともとインターネットっていうのはまあ分散型のこう代名詞として、実は生まれたテクノロジーなんですけど、まあ実際こう広告ビジネスが主流になって以来、こうネット上のこう仲介機関、まあここで言ったらこう Google とか Facebook みたいな企業だと思うんですけど、そういったところのこう主な競争資源っていうのは人々の個人情報になって、で、それをこう個人情報を集めれば集めるほど、企業としては、そう仲介機関としては利益を上げられるから、どんどんそれを情報を搾取して自分たちで独り占めしようというような形でどんどんこう富と権力が集中していくというようなまあ構造になってきたって感じですよね。で、まあ Web3 の進化過程っていうと、まあこれよく言われることですけど、Web1 から Web2 になって、まあ今すごいそういった極端な集中が、起きてきていて、で、それをこう次のレベルに、持っていこうと、そういったまあ仲介機関をにこう搾取なり、その権力の集中が起こらずとも、分散型のインターネットが作れるんじゃないかっていうのが、Web3 の、考え方だと思いますと。で、そこの、まあそういったこう、流れが出てくる中で、ブロックチェーンっていう、まあ新しいテクノロジーが、生まれてきて、で、まあ彼らが、ここでコモディティ化させたものっていうのは、まあ信用なのかなと思っていて、こう我々がそういった仲介機関をこう信頼、しなくても、信頼する必要がなく、まあ、確実に、そういったビットコインだったら、その世界中にノードネットワークが存在することによって、トランザクションが常に監視されて、で自分もそれをちゃんと確かめようと思ったりしても確認ができるから、そもそもまあ、信用する必要がなくなるっていう、ことで、まあ、言ったらコモディティ化、されたような、形だと思うんですけど、まあ、なんで言ったら今の時代の新しい信用とか、権威の形っていうのは、まあ、実はこういったブロックチェーンのネットワークとも言えるのかなと。まあ、そういった可能性を示したっていうところが革命的なのかなと思いますと。で、じゃあ今、ブロックチェーンってどういった形になっているのかっていうと、まあ、そういったビットコインもそうですし、イーサリアムとかいろんなこのネットワークがたくさん出てきたのは、すごい、面白いことなんですけど、まあ、それぞれが、言ったら、先ほどのこう、インターネット企業のように、こう壁を作ってしまっていて、それぞれの中でのこうデータとか、メッセージっていうのは、相互運用性が非常に、まあ、ないんですよね。まあ、だからこれって、まあ、インターネットが出てくる前の、こう、それぞれで、こう、インターネットネットワークを、まあ、プライベートにこう、持っていたようなイントラネットの時代に、似ているのかなと。まあ、そうすると、そうですね、それぞれのこう、ブロックチェーンのネットワーク間で競争が起きてしまったりとか、で、ブロックチェーンが、ブロックチェーン業界で今多分希少な、資源ってセキュリティだと思うんですけど、でセキュリティってどこから生まれてくるかっていうと、ブロックチェーン、ビットコインみたいな、プルーフ・オブ・ワークのネットワークであれば、そのマイニングパワーだし、プルーフ・オブ・ステークみたいな、イーサリアムだったり、ポルカドットみたいな、イーサリアム2とか、ポルカドットみたいな、仕組みで言えば、まあ、キャピタルですよね。資金が、資源になってくると思うんですけど、それがどんどん、こう、希少資源になってきて、それをこう、お互いのネットワークが取り合うような状況に、なってしまうんじゃないかと。また、そういったところで、そうですね、その状況を解決して、本当にこう、いろんなブロックチェーンが共存、共栄する、Web3 の基盤になるようなものを作ろうっていうのが、まあ、ポルカドットですね。で、まあ、ポルカドットって何かっていうと、Scalable Heterogeneous Multi-Chain とか、まあ、よくわかんないと思うんですよね。まあ、これをちょっと説明しようと思うんですけど、まあ、スケーラブルで、まあ、異なる、まあ、いろんなこう、異質なものからなる、まあ、複合チェーンですよと。で、メタプロトコルプラットフォームとかとも言われます。アップグレードが容易に可能な、プラットフォームですと。で、まあ、これがどういう意味かっていうのを説明します。で、ポルカドット
ってよく、人によっては、インターオペラビリティチェーンだとか、もしくは、イーサリアムとの比較なのかわかんないですけど、スマートコントラクトプラットフォームの次世代とかっていう認識をされている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そういったものでは一切なく、そこだけではなくてですね、ポルカドットの、メインチェーンって言われるような、この真ん中にある、グレーの、ところはリレーチェーンって呼ばれるものなんですけど、そこに関しては、基本的にスマートコントラクトとかっていう機能は、ついていなくて、本当にこうチェーン間の高速通信と、あと、そこにこう、ブロックチェーンのセキュリティを、維持してくれる、バリデータって呼ばれる、ビットコインでいうマイナーみたいな人たちなんですけど、それを集めて、共有のブロックチェーンのセキュリティを維持するためのチェーンですと。で、そこに、いろいろな、多種多様の、ブロックチェーンを接続することが、できて、で、それはどうやって接続するかというと、一定の、ドットトークンを、期間指定で預けることによって、ポルカドットの、チェーンまたいだ、こう、総合運用性だったりとか、ポルカドットのスケーラビリティとか、もしくは、ポルカドットそのリレーチェーンのセキュリティを、自前でこうバリデータを、用意しなくても、立ち上げることができて、でかつ、自分で好きな、ロジックとか、それぞれのビジネスとか特徴に合った、ものを、完全に自由に、運用できる、チェーンですと。で、そこが、多分、そうですね、これまでのブロックチェーンでまずなかった、ポルカドットの一つ革命的な、点なのかなと思います。で、スケーラビリティの話もちょっとすると、これ、ギャビンが、話していることですけど、理論上の、チェーンのスケーラビリティって、ビットコインだと、仮にこうライトニングとかそういったこういろんなトリックをしないとすれば、5TPS ぐらい。で、イーサリアムは、25TPS ぐらい。ただ、そこに、プログラマブルっていろんな、プログラムを乗っけることはできるけど、それをすればするほど遅くなると。で、草間は、だいたい 1000TPS ぐらい。で、ポルカドットは、そこに対してさらにこう、パラチェーンとさっき言われたような、ポルカドット上に乗る、チェーンを、乗っけることができるので、さらに、高めていけるんじゃないかっていうベンチマークは、今出ているような感じですと。で、もう一つ、ポルカドットの特徴として、アップグレードの性質とか、あと、ブロックチェーンの、ガバナンスっていうところも、特徴的だと思うので、少しお話しすると、そのブロックチェーン時代のこうロジックを、そのブロックチェーン自体に、WASM っていう、いろんなプログラミング言語を、共通化するようなものを通して、データとして記述することができるので、それ自体をもうデータとして他のチェーンにもすごい、高速に、共有することができることによって、チェーン自体がアップグレード性と、そのオンチェーンガバナンスの仕組みを持つことによって、仮にこう未来、将来こう技術が何か進化したりとか、何かこう環境が変化、することがあると思うんですけど、それに合わせて、フォークなしで、ブロックチェーン自体がこう自律的にこう改善進化できるような、アップグレードの仕組みを、持っていますと。これが多分イーサリアムとかと比べたときに、かなり異なる、ところかなと、思いますと。で、ギャビン自身も、今、イーサリアムが取り組んでいるイーサリアム 2.0 っていうものって、本来は2016年とか17年ぐらいには、やるっていう、ロードマップでもともと最初は進んでいたっていうのを話してたんですけど、ただ実際に今、いろいろその時間がかかってる、多分大きな原因の一つっていうのは、そういったフォークなしのアップグレードがイーサリアムの場合は、できないからっていうところが、あるのかなと思いますと。ちょっと時間が来てるので、少し早めにすると、サブストレートっていうのは、そうですね、ポルカドット、もともとポルカドットの基盤として作り始めたツール類を、切り分けて、外部の人でも使えるように、こう、汎用化、パッケージ化した、ブロックチェーンフレームワークみたいな、ものでして、それを使うことによって、簡単にこう、
本当にまあシンプルに言うと、まあ、ウェブサイトを、プログラミングできない人が、もうこうワードプレスとかいろんなこう今ツールを使って簡単に好きなものを組み合わせて自分の自前のこうウェブサイトが作れるような形でブロックチェーンを立ち上げることができるっていうようなツールですね。で、もう一つ草間っていうネットワークとの、何が違うのかみたいな話もよく聞かれることなんで、お話しすると、まあ、ポルカドットと全く同じコードベースで、だいたい1年ぐらい前に、ローンチされた、まあ、ポルカドットのカナリアネットワークって、多分オープンソースの開発されてる方だったら結構聞いたことがある用語だと思うんですけど、基本的にこう、まあ、テストのまあ目的として、ポルカドットに対して、例えば機能通貨とか実験をするときに、まあ、テストの目的で、事前に、実際にこう実装される、ネットワークが、草間っていう形で運営されてるんですけど、ただまあそこに対して何のこう、例えばトークンに価値がないような本当のテストネットワークだと、例えばガバナンスの、実験とかって、実際にトークンホルダーがそこにこうトークンに価値を感じて、そうですね、ステークホルダーになっていないと多分ガバナンスって一切こう、機能しないものなので、そうですね、ただ単のテストネットワークではなくて、実際にこう、草間っていうトークン、KSM っていうトークン自体に、まあ、価値があるものとして、今、運営がされているような形ですね。まあ、ビットコインとライトコインの関係に近いのかなと思いますと。で、まあ、簡単にもうまとめると、まあ、人類の、歴史の中で、利害関係が始まって以来、常に仲介機関が、存在してきたと。で、ただ大体こう、仲介機関っていうのは自分らのこう権力とか利益を最大化するために、他の仲介機関との間に壁を作って、自分たちのこう価値を最大化、させようとすると。まあ、インターネット企業とかを考えると分かりやすいのかなと思いますと。で、ビットコインがこう最初のブレイクスルーとして例示したように、まあ、ブロックチェーンがそういったまあ仲介機関へのこう信用をそもそも不要にしてしまう、コモディティ化させてしまうような信用革命の可能性を示したのかなと。で、ただまあそういった形で、まあいろんなこうブロックチェーンがこうガーって出てきたものの、こうインターネット、ネットワーク間でまだ壁が作られていて、インターネットみたいな状況に、なってしまっているところに、ポルカドットは、まあそういったまあいろんなブロックチェーンがちゃんとこう、共存できる形で、自律的な、進化を、可能にしながら、まあ、Web3 時代の、幕開けを、作れるような、基盤のポルカドットだったりとか、まあ、サブストレートみたいな開発ツールを提供しているような形ですと。はい。そんな感じで、終わりたいと思うんですけど、で、まあ、冒頭に話したように、今、まあ、ポルカドット上で、パラチェーン、さっきお話したパラチェーンとかを開発しているチームって世界中で今、最新だと250ぐらいかなっていうチームがいるんですけども、そのうちの、一つで、まあ、本当に初期から、一緒に開発をしてくれているチームが日本にいるので、じゃあ、渡辺くんにバトンを渡したいと思います。ありがとうございました。
はい、ブロックチェーンジャムをご覧の皆さん、こんにちは。渡辺壮太です。本日はお越しいただきありがとうございます。で、今日はですね、日本の企業として、パブリックブロックチェーンを開発しているステークテクノロジーズという弊社が、開発するプラズムネットワークというものについて、お話ししていきたいなというふうに思っています。で、最初の事業説明みたいなところに関しては、ちょっと軽く流す形で説明させていただいて、我々のビジョン、何をやっていきたいかというところに関して、時間を取れればなというふうに思っています。はい、改めまして、渡辺壮太と申します。ステークテクノロジーズという会社を、創業したものです。で、今、プラズムネットワークっていう日本初のパブリックブロックチェーンですね。これを作ってます。はい。で、自分たちでやっていきたいことに関しては、先ほど、小日向さんの方から、説明もありましたけれども、次世代の Web3 っていうものを、実現させに行きたいというふうに思っています。で、はい、もともとシリコンバレーの会社で働いていて、で、帰国後2017年くらいですかね、に帰国して、19年にステークテクノロジーズを創業しました。で、ツイッターとかも英語と日本語両方やってるんで、もしよろしかったらフォローしていただけると嬉しいです。はい、会社のちょっと説明なんですけれども、今8人くらいでやっていまして、基本的にみんなエンジニアの集団です。で、あと、慶応大学の酒井さんとか、あとソニーの元社長の出井さんとか、内山さんとか、あと倉林さんという方々に支えられて、今ここまで頑張ってこれてます。はい、これが簡単な今日のアジェンダなんですけれども、パブリックブロックチェーンのプラズムネットワークとは何かというところと、ポルカドットでの関わりですね。どのようなコンポーネントを今作っているのかというところ。で、エコシステムとその中での実績、ポルカドットのエコシステムの中での実績、そしてビジョンのところをお話しできればなというふうに考えています。はい、プラズムネットワークです。プラズムネットワークは今日本で多分1つか2つくらいしか商用のパブリックブロックチェーンってないと思うんですけれども、その中の1つを作っています。やっぱり個人的にもビットコインとか、パブリックブロックチェーンの切り開いていく世界っていうところに憧れて、この業界に入っているので、やっぱりそこのフェアであったりとか、オープンであったりとか、検証可能ベリファイラボーと言われますけれども、なところとか、トラストレスなところ、と分散みたいなところを非常に重要視してやっています。で、特に何が他のブロックチェーンと異なるかっていうと、スケーリングのところと、異なるブロックチェーンとの互換性っていうところにフォーカスを当てて開発をしているようなものというふうになってます。はい。で、先ほど、小日向さんのプレゼンでもありましたけれども、ポルカドットっていうのが今この真ん中のリレーチェーンっていうものと、ここに接続してくるパラチェーンっていう、この2つの、大きく分けてこの2つのコンポーネントから成り立っています。で、ここのリレーチェーンっていうのが、ポルカドットの心臓部みたいなもので、異なるブロックチェーンを接続するんですけれども、このポルカドットのリレーチェーン自体、我々がポルカドットっていうものは、スマートコントラクトをあえてサポートしてないんですね。で、なので、開発者の人たちが来て、何かこの上にアプリケーションを作りたいってなった時に、こっちのつながっているパラチェーンっていうところでアプリケーションを開発する必要があります。で、これはもうイーサリアムを見れば、明らかですけれども、スマートコントラクトのプラットフォームって言った時に、何が一番大事なのかって言ったらスケーリングのところなので、我々は今そのレイヤー2のスケーリングのソリューションっていうものを実際にこのパラチェーン、このレイヤー1ブロックチェーンに実装しています。なので、一言で言うと、スケーリングソリューションを持っているレイヤー1のブロックチェーン、これを作ってます。で、さらにそれがポルカドットにつなげられます。はい。で、スケーリングに関しては、多くの方々が大きく誤解しているところがあるなというふうに思っていて、よく言う TPS、トランザクションパーセカンドですね。1秒間にどれだけ、トランザクションをさばけるかっていうところは、あくまで一つの、スケーリングのコンポーネントしかなくて、でやっぱりガスコスト、トランザクションのコストを安くするところ
かつ、そのファイナリティをどれだけ早くできるかみたいなところが、今後非常に大事になってくるだろうというふうに思います。で、あと、スケーリングにもオンチェーンのスケーリングと、オフチェーンのスケーリングっていうものがあって、ポルカドットはオンチェーンのスケーリングですね。このリレーチェーンもパラチェーンもブロックチェーンなので、その上でのスケーリングになります。で、我々が今後注力してやっていくところに関しては、オフチェーンのスケーリングですね。なので、レイヤー1ブロックチェーン外のスケーリングっていうところを、フォーカスしてやっています。はい。で、今、エコシステムとしては、チェインリンクだとか、UC バークレーだとか、マイクロソフトさんとか、あと今、提携させていただいていまして、あと Web3 ファウンデーションとかパリティテクノロジーズの、プログラムに参加したりとか、バックアップを今、いただいています。で、トラックレコードとしては、今、Web3 ファウンデーションから5回、プラスですけれども、グラント助成金を獲得したりとか、ポルカドットのテストネットっていうのがもうパラチェーンサポートしてるんですけれども、これに世界初の接続をしたりとか、あと、今、テレグラムとかディスコードとか WeChat とかいろんなチャンネル合計合わせると1万人を超えるメンバーがいたりとか、我々の、プラズムネットワークのためにイーサリアム上のスマートコントラクトに、だいたいこれは、15万イーサぐらいですかね。60億円くらいが、2ヶ月でロックされたりしました。で、我々はそのレイヤー1のインフラを作っているので、その上に乗ってくるアプリケーションの数としては、発表できるもの、発表できないもの、いろいろ含めて今9個くらいあります。はい。で、ちょっと、残りの半分の時間を使って、我々が何をしていきたいのかっていうところをお話ししたいと思います。で、ビットコインが生まれたのが2008年で、あの頃、リーマンショックとかそういう金融危機があった時間でした。で、今、我々はまた同じようなではないですけど、危機の真ん中にいて、コロナショックの中に生きてます。で、その中で、やっぱり、データが中央集権的に管理されて、例えば我々の生態情報だったりとか、普段よりも、より、閲覧とか監視っていうところが高まりつつあります。で、そんな中で、僕は、新しい Web の、そういう自己主権型の Web3 が生まれるんじゃないかなと。生まれたと言われる日が多分10年後くらいに来るんじゃないかなというふうに思って、この Web3 を実現するためにパブリックブロックチェーンを作っています。で、あと、我々としてやっていきたいところとしては、ブロックチェーン内外含めですけれども、多くのスタートアップが、上場とか M&A とかを、目指す中で、ブロックチェーンで既存の金融市場で戦うことに非常に違和感が、ありまして、今、ユニスワップとか、コンパウンドとか、メーカー DAO はやってますけれども、ガバナンストークンを敷いて、その上で完全な DAO を作るっていうエクジットっていうのが、既存の金融市場における、強烈なアンチテーゼになるんじゃないかと。でかつ、これって多分日本の歴史において誰もやったことがないことなんじゃないかなというふうに思ってまして、ここを今目指しています。はい。で、DAO だって、DAO を作るぞっていうのはものすごく簡単なんですけれども、これすごい奥深くてですね。で、DAO だっていうと、オンチェーンガバナンスとオフチェーンガバナンスをどう敷いていくかって話が出てきて、で、オンチェーンガバナンスをするってなると、ガバナンストークンをどう配布するか、どうやって、インセンティブ設計をしていくかっていうものが、非常に大事になってきます。で、なぜかガバナンスがパブリックブロックチェーンの上にいるのかと。なぜ我々が作ろうと思っているのかというところでは、パブリックブロックチェーンって一種公共財みたいな性質があると思っていて、台帳ですと。で、なので、過去の履歴とかを、それなりに維持することに対してすごい大きな価値があります。で、なので、存続をさせるっていうことは非常に大事になると。で、テクノロジーとかが進化してくると、既存の技術っていうのが、古くなってしまうので、その既存のルール、ブロックサイズとか、トランザクションの、カンファメーションのタイムとか、そういうルールを変えるためのルールが必要ですと。で、それを変えるためのルールがないと、うまく、アップグレードができなかったりとか、フォークが起きてしまいますと。でも、フォークが起きた先っていうのは、結局同じような思想の人しか集まらないので、コミュニティの厚さっていう意味では非常に薄くなってしまうと。で、例えば、ガバナンスっていうと多数決で決めればいいんじゃないかみたいな人が言うんですけども、
例えばこれ左側、これはA が、A と B と C っていう3人がいて、で、投票をします。で、A が C よりいいと思ってて、C の方が B よりいいと思ってる人が23人。で、B が1番いい、C が2番目にいい、A が3番目にいいと思ってる人が19人。で、これの先行でやると、これA が一番票獲得してるんで、A、B、C っていう順番で勝つんですね。23対19対18ですね。で、こっち側、この同じ先行を A と B、B と C、C と A で比べると、A の方がいいと思ってる人23人なんですけど、こっちとこっちで B の方がいいと思ってる人35人いるんですよね。で、同じようにやっていくと、こっちの3個同じように比べると、A、B、C っていう順番に勝つんですけど、こっちの1個ずつ比べると C が一番強いですね。C、B、A っていう順番になると。でなので、決め方の経済学っていうのが非常に重要になってきます。はい。で、ポルカドットの場合は、ものすごく複雑な、いい仕組みがあるんですけど、ちょっと時間ないので飛ばします。はい。で、今後我々がやっていきたいこととしては、既存のブロックチェーン上のガバナンスのメカニズムっていうところをしっかり比較したいなと。その上で、プロコン、メリット、デメリットを出したいなと。で、その先に、我々のパブリックブロックチェーンの上に、ガバナンスっていうものを実装していきたいと。で、これはリアルな世界でもまだ答えが出てない問題なので、ブロックチェーンの上で実装してみることが、一種、なんでしょう、実験というか、新しい、民主主義のあり方とかのヒントになるんじゃないかなというふうに思っており、実際にここのホワイトペーパーとかもいろいろ考えてまして、実装自体は来年からやっていきたいなというふうに思ってます。はい、ご清聴ありがとうございました。引き続き、日本初のパブリックブロックチェーンであるプラズムネットワークの応援をよろしくお願いいたします。
Hello, BlockChainJam2020 viewers. My name is Josh Lee. I work at Tendermint, which is one of the entities that is working within the Cosmos ecosystem, and I've been doing ecosystem analyst there. Just a brief intro to me. I think you can actually probably find out more by going to my Twitter, which is at Dojmos. So yeah, today I want to talk about Cosmos, but I think I talk about Cosmos a lot. So I kind of wanted to kind of zoom out a little bit and focus a little more on DeFi in the context of interoperability. I think something that gets asked a lot is, people ask is like, okay, DeFi is really cool and we already have DeFi. So why do we need interoperability? What is something new that's being introduced by interoperability that we couldn't have in the single chain DeFi world? So I kind of want to zoom out a little bit and talk about that, and then maybe briefly get into talking about why Cosmos is relevant in that aspect. So it's fairly obvious that the modern economy is heavily interconnected. I think a really solid example, I mean, it's just everywhere around, like, that you look, this is an example from an iPhone 6s, but it's pretty famous for Apple. They have that designed in California in the back of the iPhone. But we all know that the components come from different companies in different parts of the world. So, the storage might be manufactured in Japan. The processor may be manufactured in Korea and Taiwan. And what's even crazier is, the components that are used to make these components come from other places in the world. And I think this is one part of it in the more physical sense of product, physical product that you can see and touch. Because, I think globalization has led to people searching for efficiency and trying to find people and companies who are able to do something at a cheaper cost or at a higher quality. And that means you can't have everything. You can't try to solve that problem just within your country. You have to go abroad and bring in some of these components from outside. And in this context of, if you're building an iPhone, you need a storage device, you need a CPU, you need a camera, you need the casing, you need someone to assemble it. So it's a lot like Lego blocks. And in a big sense, I think DeFi recently has become more Lego block-ish. And I say that because I think we're seeing, first with the emergence of MakerDAO CDPs, Augur, where these DeFi products in itself was seen as the end product that the user would use. I think the trend shift that we saw in 2019 and 2020 has been, what if MakerDAO CDP isn't the end product that the users use, but it's a product that another product manufacturer can utilize in building their own application, right? And that's exactly what Compound did in building their money market. They took the DAI that came out of a MakerDAO CDP, used this as part of an asset that you can lend or borrow within Compound, and this brings that level of composability. And I think this kind of flexibility was exactly what allowed DeFi to take off so much, is that you don't have to build everything from scratch. You can take these components, assemble it together, have a really good end product for the users, and it saves you a lot of time. It saves you a lot of effort in trying to source these manufacturers, have specialty in them, which is actually really a lot like how the modern economy works, right?
So I do want to kind of talk about this briefly because there's two measures of measuring a country's kind of national wealth level. I think the one that's being used more now has been gross domestic product. But there's been another thing called gross national product, or the GNP, that has been used. And it measures two completely different things, right? The gross domestic product measures the output of the economy within the borders. So I can be a Korean working in the US, and if I bring some type of economic activity there, that would be part of the US GDP, because that's the domestic product within its border. Whereas I think the GNP traditionally has calculated if I'm a US person or US company that's living in Vietnam and I have economic activity there, GNP would take this take this number into account for this, for the economic output of the country itself. So I'm not saying, one way is the good or bad. I just think it's a pretty interesting way of seeing, is the economic output bordered by its physical boundaries, or is it something beyond that where I can work somewhere else and that economic output should be considered something of that goes within the economic output of a country. And I think I see this kind of emerging more and more as we walk into this DeFi generation where more products are being built. And I think we're gonna see a lot more of these components where traditionally I think we've been simply calculating the output or the economy of DeFi within the physical borders of the virtual machine, so like the EVM. Whereas I think in the future, we're gonna see assets move to different countries, move to different blockchains being used there. And I think this border is going to be a lot more blurred in the future. So what I mean by that is, I think, this is a pretty old data from 2012, but these are yields at December 14, 2012. I just kind of pulled the first image I could find on the web, but there are government bonds here, and you can see 10-year government bonds at different yields, right? And just because a yield is high, it's pretty obvious that you shouldn't all in into the Brazilian 10-year government bond because the risk levels are different. But some of the more developed nations have really low interest rate. It's even lower now, so that's pretty funny. But I think what the international financial market has allowed an average person like me to do is I'm able to create a portfolio that includes financial assets such as bonds, equities, insurance, whatever, from different countries without me having to leave my own house. And I can basically set my yield to risk preference, right? If I want to go aggressive, sure, I can, buy in all into that Brazil 10-year government bond. Or if I want something on the safe side, I can try to go for a Japanese 10-year government bond to hedge my risk, right? And having access to a big variety of different asset types kind of allows you to create this portfolio. And I think this is something that we're going to see emerge as interoperability becomes a crucial component of the DeFi space. So this is, this is just kind of like an index portfolio of one fund that's being operated. I can't exactly remember, but this is one type of fund that has allocated assets into more emerging markets. So they're going for that higher yield, higher growth, and they allocate it into different sectors, such as financial, infotech, etc., in different countries. And this is how most of the financial market operates now. It's in a basket with diversity of assets allocated into different countries. Whereas so far, I think we're only within the DeFi space. I think we've only seen,
different sectors, maybe. So you could have a basket of compound, uni, and also own some DAI savings rate accounts. But we haven't seen that first part where you're not hedging against the fundamental risk of maybe something bad on Ethereum happens and what happens then. So this is, I think, where that interchain interoperability comes into play when we're building out the world of interchain DeFi, moving beyond that border. So obviously, this is probably outdated even as of today, and there's just so many different types of financial assets, financial infrastructure that you can use. But I must say, we have to kind of see it as more of an internal economy. So in previous, in the emergence of the global market and globalization, I think we've seen the early years where we had feudalistic villages where it was self-sufficient. They made their own food. They traded, if you were a merchant out in the market, your buyers were going to be some guy that lived down the street in the same town. And where you get some of these items and produce from is going to be that farmer that, owns a farm maybe half a kilometer down your house or something. So you've been pretty limited to a very small internal economy. And let's say, you can have a very booming internal economy, but that's fundamentally different than what we have today. I think we're going to see this emergence of blockchains all wanting a solid internal economy. So I think Ethereum is an awesome example of a DeFi internal economy that's super vibrant and very active with a lot of good quality assets and financial products. But at the same time, it's limited to an internal economy nevertheless. And what I would like to see is more blockchains capitalize on some of the efficiencies that they bring to outsource some of the more expensive stuff into their own country. And the crucial tool here, I think, would be interoperability. So, for example, if you had CDP money market, AMM insurance, which are, pretty well-used components of DeFi application within Ethereum, now you can add staking yield that's unique to proof of stake blockchains. So there could have existed some type of this border in between one blockchain's internal economy, the DeFi internal economy, and another blockchain's internal DeFi economy. And the goal of Cosmos is essentially to break down this wall and open up these markets to each other. And what you can build out of this is really cool because, think of Yearn, which would be like a yield optimizer, right? And right now you're limited to that same Ethereum EVM DeFi space. But what if you could go interchain? So your yield, you're looking for yield not just within a country's border, but outside as well. And if you're able to capitalize on it, there'd be a lot more opportunities there. So some of the key points that I see, that I can see emerging out of a more interchain interoperability focused DeFi market would be some of these things. So interchain arbitrage, diversification of risk, chasing efficiency, and asset variety. So interchain arbitrage would be like, let's say, in Zimbabwe, the currency is inflating so much to a point where it makes no sense for you to hold a local currency, and you want a foreign currency, let's say $1. And this has happened where a price of the dollar is evaluated at a higher price in hyperinflating economies than you'd get out of in the US or some more developed stable nations. And this creates that opportunity to arbitrage these assets between borders, right? And I think I could see that where maybe demand for Ethereum within Cosmos goes up. And all it takes is for you to move this ETH from Ethereum to Cosmos and sell it at a higher price. And these are some things that I think weren't enabled, wouldn't be enabled if this was a closed border internal economy DeFi system.
Also, another thing I think I could see is diversification of risk. So obviously we have insurance markets where, things like open, where they take the more financial engineering approach, or you could have a Nexus Mutual type of approach where you insure the contract itself, the code failure. But what if there is a chain failure? And, this would be a very extreme event, but in this case of these catastrophic failures, what's your hedge against that? And I think the answer to that is to go interchain. And it's kind of like thinking of reinsurance markets, where if I'm a fire insurance company in California, the best way for me to hedge my risk that, if there's a big wildfire that's happening in California and I need to pay people out, maybe I should buy some of the payouts that some guy in, I don't know, Massachusetts is responsible for. And let's, split it 50-50. So if something catastrophic happens in California, I wouldn't go bankrupt. And for the counterparty too, if something catastrophic happens in Pennsylvania, he wouldn't have it. We'd be kind of sharing that risk half and half. So no major event would basically bring a systematic failure of the company. And another thing is, I think, chasing efficiency. So it's fairly obvious that the Ethereum block space is limited. And this is kind of the approach that layer 2s are taking, right? So we take some of the more expensive, computationally expensive transactions off chain, handle it there, and then bring it back. And it's kind of like that real world where you could have the guys designing an iPhone working in in California, but the components itself are made in the rest of the world because the labor costs are cheaper, because the materials are cheaper, and you manufacture it there, you bring it back to a more developed country where things tend to be more expensive and sell it there. And this is kind of chasing efficiency across borders. And I could definitely see this happening where, if I'm able to outsource some of the more expensive blockchain stuff to a blockchain who's able to handle this at a cheaper cost, that actually makes economic sense for me, right? So I could build more complex DeFi applications that require more computation. I just don't have to do it in a very crowded, expensive blockchain. And lastly, there's asset variety where, because of the financial market globalization, we have access to foreign bonds, equity, loan markets, and so much more. And I think we could see that emerging in a more interoperability focused DeFi market. Asset, yield, balancing yield and risk, and efficiency. So where does Cosmos come in here? I know I'm running pretty short on time, so I want to kind of go over this really quickly. And if you have more questions, I'd love for you to kind of join me in the after hour session. But basically, interoperability is the infrastructure that enables a global economy. So the catalyst for global trade, global financial market, not only is the digitalization, but having these infrastructures. If I wanted an active market where I'm able to manufacture goods in Vietnam or China and bring it back to the US, it's crucial that I have access to good roads, good ships, good airports, so that the process of transportation, moving things back and forth, is seamless. And that's kind of essentially what Cosmos is trying to do with the IBC protocol. We want to build some of these crucial infrastructure that allow builders to move data, essentially, between blockchains in a lot more seamless and easier way. And I think this is kind of what sets Cosmos apart from a lot of how other blockchains are trying to develop. I see a lot of effort in trying to build out the internal economy, but I think a lot of times people approach it where the infrastructure that enables cross-chain interoperability is less of a focus. And that's kind of what Cosmos has been all about, having an interoperable blockchain. And this is why it's important, because DeFi as an internal economy and DeFi in a global blockchain economy
has a fundamentally different characteristic, right? And this is why we want to focus on building the roads, the ports, and the airports of the blockchain space. And just as a brief introduction to IBC, think of IBC as the blockchain TCP/IP. It's a very simple protocol that anyone, not even Cosmos blockchains could use to move data back and forth. And it connects heterogeneous blockchains, so it doesn't have to be just Cosmos blockchains. If there's obviously a set of requirements, but it's fairly generalized enough to the point where most blockchains would be able to communicate, and if not, there are workarounds to that as well. So Cosmos, we believe in scalable, modular, sovereign, and interoperable blockchains. And if you're interested in that, I encourage you to check out cosmos.network, or feel free to join me in my AMA session. So that concludes my speech, and thank you all for joining.
よろしいですか。bitFlyer の加納と申します。今からですね、30分間、ブロックチェーンを国家戦略にということで、プレゼンをさせていただきたいと思います。これ、自分でめくるんだっけ。bitFlyer っていう、国内の仮想通貨取引所の、創業者で、今はですね、bitFlyer ブロックチェーンっていう会社と、bitFlyer ヨーロッパと bitFlyer US の社長をやっています。で、ゴールドマンっていう、外資系の証券会社にですね、エンジニアとして入って、その後トレーダーをやったんですね。で、2014年の1月に、小宮山っていう CTO の小宮山とですね、bitFlyer を、創業しました。で、2010年ぐらいにビットコインに出会って、もうかれこれ10年ぐらいビットコインと付き合ってるんですけど、非常にビットコインおよびブロックチェーンという技術にですね、非常に可能性を感じて、会社を作りましたと。今だいたいグループ全体で200人超ぐらいの会社になっていて、ご存知の通り、bitFlyer は一時世界一の流動性になって、今でも多分1位か2位ぐらいだと思うので、取引所としてはですね、かなり完成された形になっていると思います。日本ブロックチェーン協会っていうのは2014年にもともと JADA っていうのを作って、そこからもう6年ですね、ずっとやってる協会で、今はブロックチェーンの普及とか、そういうのをやっています。あとはその ISO っていうですね、標準化団体があるので、そこのブロックチェーンのね、コミュニティが TC307 っていうのがあって、その委員やったり、あと政府の方は官民データ活用基本、推進基本計画実行委員会っていう長いのがあるんですけど、そこで、委員としてですね、ブロックチェーンを、広げていきたいということを、お伝えしております。ブロックチェーン協会は今120社ぐらいいてですね、大企業さんだったり、中小企業さんもあるし、そういったところで、新しい技術に対して啓蒙活動をしたりですね、技術の説明とか、あとは法的にこれができてこれができないみたいな弁護士の人を呼んで勉強会したり、あとはその業界同士のマッチングみたいなのもやっていて、まずはそのブロックチェーン業界ですね、それが発展するように協会活動しています。月に2回ぐらい勉強会やっていて、それ以外にも個別にロビー活動をしてたりするので、そういったのを発表していっておりますと。で、会員企業絶賛募集中ですので、ぜひご興味あれば、事務局長がですね、上野っていうのがおりますので、上野の方にご連絡いただければなと思います。で、新年ミートアップもやってて、ちょっと今年の1月は少なかったんですけど、例年もうちょっと100数十人ぐらい来ていただける感じで、毎年やってて、平井先生、平井大臣ですね、IT 大臣にも来てもらいました。で、広島にキャラバンに行きまして、広島県とですね、一緒にイベントやったりしていて、で、コロナの前まではですね、キャラバンでいろんなとこ行きましょうねって話になってたんですけど、今ちょっとオンラインで何かできることをしようねっていう話に切り替えてやってます。今月初めにですね、平井拓也大臣にですね、表敬訪問させていただいて、ブロックチェーンを国家戦略にしていただきたいと、これずっと言い続けてるんですけど、やっぱりキャッチフレーズって非常に重要で、仮想通貨元年ってご存知かもしれないですけど、あれは私が考えて、仮想通貨元年ってずっと言い続けたんですけれども、こういったキャッチフレーズのもとにですね、心を一つにして、やりたい戦略を説明していくと。具体的に何をやりたいかというのをちょっと説明します。大きく3つ、別に3つに限らず、なんかこうした方がいいっていう、アイデアがあったらですね、JBA の方に行っていただければ、それ検討してですね、入れ替えたりして、提案したり提言したりするっていうことはしますので、ぜひご連絡いただければと思います。ブロックチェーン特区を作ってほしい、CBDC の試験導入、行政システムのブロックチェーン化、もうこれずっと言ってます。で、そうですね。で、デジタル庁への期待感もあってですね、いろんなメディアで紹介して、SNS で大反響になった。皆さんご存知の通り、いろんな方からですね、熱烈なメッセージをいただきましてですね、頑張って
1週間はほぼ社長業ができていないぐらい頑張って個別に対応しようと思ってですね、対応しました。普段あんまりレスをしないんですけれども、あの時は、もうかなりのメッセージを見て、時間を費やしたと思います。今はちょっとそこまではもうやってないんですけど、頑張って、ちゃんと説明していきたいと思っているので、ブログにしたり、いろんな方法で、記事にしたり、メディアに載っけてもらったりして説明していこうと思っています。個別対応って結構エネルギー使うので、ちょっとこういった機会で今日のあれとかでまとめて説明して、質問していただけると答えやすいなと。で、ネガティブな反応は実はポジティブに捉えていて、基本ネガティブな反応がないイノベーションってないと思ってるんですね。ドローンの時だってね、私ウィニーの時だってやってたし、基本的にあれだってやってましたね。3D プリンターでさえ叩かれましたからね。包丁が作れるとかピストルが作れるとか。基本的にイノベーションが起きると必ずネガティブな反応があるんで、それは別に何とも思ってなくて、むしろない方が辛い。何も誰もネガティブに思わない、ポジティブに思わないっていうイノベーションっていうのは多分流行んないですね。それは電気自動車の時だって相当ありましたから。で、ブロックチェーンじゃなくてもできると。なくてもできる部分もあるし、ブロックチェーンじゃなきゃできない部分があります。これは、後で説明します。これはもう明確に言い切ります。ブロックチェーンじゃないとできない。業界団体の利益誘導行為だ。そうかもしれないですと。業界団体っていうのは大体、犯行の団体もそうですけど、犯行をしたりするわけですね。それが業界団体ですから、いろんな業界団体が、自分たちの主張をすると。で、自分たちがより良い技術があってそれを主張するんだったらそれでいいのかなと思ってるんですけど、ブロックチェーン以上により良い技術がありました、そういったものがあるのでこれを採用してくれとかこれがいいんだっていう説明するのはいいんですけど、国家戦略にすべきでないみたいな、その人の業界を拘束するような主張っていうのは非常に受け入れがたいなと。自分たちがいいものがあるんだったらそれを売ればいいんじゃないかなと思うんですけど、何かすべきでないっていうのは何でしょうね、よく理解できないですね、私は。で、社会実装にない技術、社会実装にないっていうのはその通り、徐々に流行ってきているので、もちろん今普及率が何十%でっていう話ではなくて、大体イノベーションっていうのはこういう状態から始まりますから、今から普及率が本当に何%か分かんないですけど 10%、20% って上がっていく途中なのかなっていう非常にいい段階で、ビットコインでいうと多分2014、15年ぐらいの感じですね。散々ネガティブで散々詐欺師だとか私も言われましたけど、その後なんか先生とか呼ばれるんですね。だから私が先生って呼ばれ始めたらまた盛り上がってこのハイプカーブのここ登ってんだなっていう。だから大体こうサイクルになってるんで、そういうのを未来を見ながらね、自分の行動をどう考えるかっていうのが重要かなと。でも全く同じ現象が起きているとしか思えないぐらい同じだなって思って見てます。ワイブロ問題に答えてないっていうんだけど、答えてるつもりなんですけど、答えきれてないんで、ブログでちゃんと答えていこうかなと思っていて、なんでブロックチェーンじゃないとダメなのっていう話ですね。で、5大利点でこれを定義と勘違いしちゃってる人がいるんですね。技術的な定義っていうのは、ISO なら ISO で書いてあるんで、それを参照していただければいいし、別にそれに縛られなくてもいいし、私が思うブロックチェーンみたいなのを各自提案すればいいと思うんですよね。こういうものをブロックチェーンと呼ぶと。さすがに私はブロックが存在しないものはブロックチェーンっていうのは結構しんどいんじゃないかなと思ってますけど、それも含めて、各自が思うブロックチェーンみたいなのがあってもいいし、ただ国際入札とか、共通のルールが求められているんであれば、ISO なら ISO なり、国際団体なのか、日本のルールは特にないんですけど、そういうのを参照してやらないと、会話が噛み合わないといった事象になると。で、私どもはですね、bitFlyerとしては、利点がある、ユーザー目線でどういった利点があるかっていうところから分析しましたと。で、こんなのやるんじゃねえみたいな意見もあるけど、いや、これはやった方が分かりやすいと思ってて、こういったところがあるからブロックチェーンって新しいんだよ。これじゃないとできない
よね。で、この 5大利点を満たしている技術ってないんじゃないかと思っているので、よってブロックチェーン、この5大利点があるものをブロックチェーンと呼んで、差し使われないと。で、それが ISO の定義と大幅に変わるようなものではないと思っているので、この5つは非常に重要ですと。ちょっと個別に説明するとすごい時間かかるんですけど、よく言われている改ざん体制ですね。書き換えれないと、構造的に書き換えれないと。ハッシュのチェーンになっているので、ハッシュのチェーンになっているんで安全だよって話と、ビザンチン障害体制もこれ、悪意の濃度がある中でも正しく取引できると。これもう嘘つきのコンピューターがいても、3分の1以下だったら動き続けるっていう概念は多分今までなかったと思うんですよ。ビザンチン障害、ビザンチン将軍問題を、行動経済学を含めて初めて解決したっていうのが、ビットコインだと言われていて、そういう人間の行動までも含めてコンピュータ理論に含めるのはインチキだっていう主張する人もいるけれども、現実世界動いているので、人間の行動を含めないコンピュータ理論っていうのにそれほど意味が僕はないと思ってるから、それも含めてビットコイン、それはビットコインだけじゃないと思うので、人間の行動原理も含めて、問題を解決しているっていうのは別にそんなに違和感ないですと。で、効果要請。止まらないデータベースですね。ビットコインが証明してます。当然、単一障害点がなかったり、ビザンチン将軍体制持ってるんで、それ止まらないと。一回も止まってないっていうのが素晴らしいと。素結合の良いさ。これまたなんかアスキーだとか、ね、アスキーだとか、なんだ、バイナリだとか、すごくくだらない話になってると思うけど、どうでもよくて、素結合しやすいと。基本的にはそのプライベートキーが、パブリックキーがキーになってデータにアクセスできるっていうところで、そういう構造になってるっていうのがいいですと。で、そういうふうに作れるぞっていうんだけど、作れるかもしれない。作ればいいじゃん。そして作ってみせてよって思うんです。でも自然とブロックチェーンってもうそうなってるから、ただそれが構造的に良いですよっていう話ですと。で、エンタープライズ向けっていうのは、データ不整合が起きないんですね。これ非常に重要で、基本的なシステムっていうのは同じデータを A 社と B 社で持ちますと。例えば東証で取引データ持ちます。発注データ取引データ持ちます。で、個社で証券会社でまた持ちます。で、これ突合させるのリコンシレーションっていうんですけど、これやるわけですよ。で、合ってるかどうか確認してなくなってたらなんでなくなってんのみたいなやるんだけど、これってすごく無駄で、絶対に正しい一つのものをみんなが参照している形であれば、その突合作業いらないんですね。で、この突合がめちゃくちゃコストかかる。なくなったらよくわかんないんですね、やっぱり。で、なくなる。なくなって、僕はトレーダーやってる時に年に何回かなくなるわけですよ。今の約定してるように見えてますけど、本当はないですよとか言われるんですね。そうするとリスクが狂っちゃって、いやいや、そんなことないだろうみたいな。発注してるし、約定も返ってきたし、何が問題なんだ、調べてくれみたいな会話から始まって、間違ってんなら間違ってんでリスク取り直すから早くしなきゃいけないよみたいな。で、これって一つの真のデータっていうのが存在しない中で、それぞれの人たちが正しいと思っているものを勝手にローカルで保存して勝手に後で外部データと検算するみたいな作業をしてるから、基本的なそのエンタープライズデータってこういうふうになっていて、特に金融は。それが解決できるんじゃないかなと思ってます。これごめんなさい。ページがあれでしたね。個別ページがあって、素結合は公開鍵で接続できますよ。フォーマットが決まってるから接合しやすいよねっていうユニークインデックスがありますねっていう話ですね。で、リコンシレーションは、こんな感じで各社がデータ持ってるっていうのが非常に、無駄で、この左側見ていただくとその DB が緑、ブルー、イエロー、グレー全部微妙に違ってたりするかもしれないみたいなのを持ってるのは本当に無駄だなと思ってるんで、みんなが同じデータを持っていて参照すればいいじゃん。それだけですと。それがマスターで、それが正ですと。で、ブロックチェーンならこういうことができるでしょうと。で、どの部分を見せるか見せないかみたいな秘匿性だったり、個人情報とか、そういう話は別にマスキングすればいいだけの話で、別に大した問題じゃないと思ってます。で、国家戦略が3つあって、各国頑張ってて、中国やっぱり進んでて、もうデジタル人民元をね、プッシュして、その先にどうなるかっていうのはね、推測でしかないけど、それがアジアのなんか通貨になるとするならば、
割と日本としてももっと頑張ってほしいなと思っていて、基軸通貨になるというのは非常に大きなメリットがあって、経済学的には。それだけでですね、米ドルっていうのは非常に大きな恩恵を受けてますから、基軸通貨にしていただける、みんなが認める通貨になる、これはですね、やっぱり頑張って戦略的に獲得すべきだと思っていますと。で、その気になるのはやっぱりデジタル通貨だと思っていますから、中国は非常に戦略的にやって、今のところ非常に先に進んでいるような印象ですと。なんかナイジェリアでも、ブロックチェーンを国家戦略にって、この国家戦略の非常にキーワードとしていいと思うんですよね。ブロックチェーンを国家戦略にすると。具体的に何かするかっていうのはもちろん各国によって違うんだけれども、まずはそのメッセージ性の強いですね、国家戦略っていうのをやっていただくと。骨太の方針に入れていただくとか、政府が自ら大臣が国家戦略にすると言っていただけるとか、総理大臣が言っていただけるとか、具体的な施策に陥るような、まずはビジョンっていうのが必要なのかなと思っています。特区はですね、ロンドンレベル39みたいに、今ちょっとこういう状況なんで、あんまり集まれないんですけど、人が一箇所に集まるのが重要だと。起業家が集まって、大企業が集まって、行政、役所ですね、政治家、会計士、弁護士、なんでしょう、税理士、ベンチャーキャピタル、この辺が一箇所に集まってて、何かイノベーションを起こしたいときに、これはいいよ、これはダメだよ、これ分かんないから解決するねみたいな感じで、白黒はっきりしていただけるっていうのが非常にやりやすいと、ベンチャーとしては。あ、これやっていいんだ、もしくはサンドボックスで、ここだけだったらできるよみたいに言っていただける方が、イノベーターとしては非常にやりやすいんですね。でそれがはっきりしてれば、どんどん動く。もうやれないことに無駄な時間使わないので。で、エンジニアは、開発に特化する。起業家はビジョンの策定と、資金調達したり、人の採用したり、そういうことをやるんですけど、そういう各自の能力にフォーカスすることができると。で、弁護士は弁護士でもうすぐそこにいますよと。そういったことをやると、非常にリスクマネーも集まってですね、もう特に日本は起業家が少ないので、起業家を育ててですね、イノベーションを起こす。これも絶対に必要だと思います。CBDC の試験導入っていうのは、CBDC なんでしょう、期間限定でやった方がやりやすいよねっていう話で、今全国もう本格導入っていうのは非常に苦しいので、リスクが大きいので、3ヶ月間ぐらい限定して CBDC やりましょうね。東京都だけでやりましょう、千代田区だけでやりましょうみたいなのがやりやすいんじゃないかなと思います。まさにプログラマブルマネーって言われているので、プログラムしてスマートコントラクトで1年後に、必ず日本銀行券ですね、1万円札と交換できますよっていうのを約束された状態であれば、みんな安心して使えると思ってるし、価格も当然安定しますと。行政システムブロックチェーン化は、マイナンバーシステムも作っちゃいましたけど、2000億円以上かかってるっていう話なので、その周辺技術も含めて、お金かかってるようですけど、それが例えば、セキュリティであったり、データの、構造的にデータを、取るとか、そういったところで、とか、可用性とか、BCP が何とかっていうのであれば、ブロックチェーンっていうのは、多くのものを安価に作れることができるっていうふうに思っているので、そういうのに置き換えていただくとか、縦割り行政になってるんで、各行政のシステムをバラバラにですね、ブロックチェーン化して、いろんな別にブロックチェーンであれば大きく構造が似通っているので、それを後でつなげるっていうのは、未来の方法としてはいいんじゃないかなと思っています。で、いわゆるワンストップワンスオンリーですね。一つのデータが書き換わったら、もうそれで終わりにしたいと。住民票でもですね、書き換えて銀行行って何書き換えてガス、水道、クレジットカードを我々がやらなきゃいけないっていう世界はもう終わりにしたいと思っています。でここからbitFlyerブロックチェーンの事業紹介に入ります。会社がこんな感じになっていて、暗号資産交換業っていうのが、基本的には、規制産業ですから、規制の範囲内でやっていますと。で、ブロックチェーンはそれ以外の部分になります。ブロックチェーンっていった場合、ブロックチェーン技術の話をしています。で、こちらの話をすると、経営陣がですね、パンダと麦わら帽子が出てきましたけど、小宮山っていうのがいて、私の共同創業者で、
もう20年ぐらいのあれですけど、非常にすごいなと、ちょっと手前味噌なんですけれども、天才なのかなと僕は思ってます。で、あんまり表に出たくない人なので、こんな感じのパンダでやってますが、金道氏は、有名にはなっているんですけど、これも私ゴールドマンの時に一緒に働いていて、最近はすごく DeFi が好きみたいでいろんなところで講演したりしていますと、こんな感じで、取締役で頑張ってますと。みやびはね、プライベートブロックチェーンというところで、ビットコイン、イーサリアムが出て、その後、ワールドコンピューターを目指したイーサリアムですけど、結構チューリング完全でワールドコンピューターを目指すっていうのはいろいろ難しいんじゃないかなと思っていて、我々はそのエンタープライズに特化したようなブロックチェーンを作りたいなと思ったんですね。でこれはプライベートなんですけど、セミパブリックにはできると思っていて、ノードをどういうふうに持たせるかっていうのは別に多くの人に持っていただくっていう設計は可能ですと。ただコンセンサスアルゴリズムがもうプライベート用なので、無限定にコンセンサスノードを持たすことっていうのはできないですと。それは N が基地ではないとプライベートチェーンとしてはコンセンサスアルゴリズム完成できない。それがイコールですね、ファイナリティを持たせるっていうことになります。チェーンが絶対分岐しないっていう条件を満たすためには N が基地じゃないといけないんですね。N っていうのはノードの数が。で早いですよと。これ秒間 4000TPS ぐらいですけど、シャーディングせずに、単一チェーンで4000、今6000ぐらいで言ってるんですけど、最速かなっていう。ダグとか使えばね、別に100万でもいけると思いますよ。うちも別にダグ使ったり、シャーディングしたりするんだったら100万とかいけれますけど、そうするとファイナリティは放棄しなきゃいけないので、当然ダグでやって、どこのブロックで何が確定しているかっていうのは、その時点では言えませんから、それはその並列化したり、なんとかっていうのは、あまり数字の意味はないかなと思っています。で5つの事業ドメインがあって、バースっていうブロックチェーンアザサービスっていう、SaaS モデルとジョイントビジネス、みやびコア、レグテック、コンサルティングサービス。最近ちょっとレグテックって言われているところがだんだんトーンダウンしてきたんですけど、なかなか難しいんだと。規制に対してサービスを提供する。それの問題を解決しようとしても、なかなか技術以外の部分っていうのが非常に大きくて、コストがかかるなと思っています。コンサルは非常に今、目下、頑張ってやってるんで、コンサルティング出身者とかでですね、うちで手伝っていただけるっていう方がいたら、ぜひ入ってほしいなと思ってます。コンサルやりながら、みやびのコアっていうみやび自体を、アップグレードしながら、ジョイントビジネスか、クラウドサービスに持っていくっていうのが我々のビジネスモデルで、ジョイントビジネスもですね、おかげさまでたくさん引き合いがあってですね、受けきれないぐらい来ているので、大手企業さんとですね、世の中のためになるようなことを中心に受けていこうかなと思っていますと。で、こうやってレイヤリングにすると分かりやすいんですけど、インフラレイヤーはあんまり気にしてなくて、Azure 使うか AWS 使うかっていうのはあんまりブロックチェーンのレイヤーから見たときはどうでもよくて、ブロックチェーン自体ミドルウェアですから、データベースみたいなもんですと。で、その上に我々はソリューションっていうのとアプリケーションっていうのを使ってます。だからこの3つを提供してるんですね。ミドルウェアと、みやびそのものとブロックチェーンの ID のソリューションである B パスポート。で、その上に各アプリケーションを構築しています。で、フロントのアプリケーションから見たら SDK があるので、あんまりブロックチェーンを使ってるっていう意識はしなくていいんですね。データを書き換えてる、上書き、追記して何かを書き換えるか、参照するかっていうことをしているので、データベースのように使えますと。で、API と SDK でラップされているので、簡便に使えますよっていう話ですね。もちろんトークン発行したり、技術的には別に一般的に、スマートコントラクトも当然できるし、トークン発行したりできますと。結局はそのトークン発行していいかっていうそのライセンスの部分が常に問題になるんで、そこは事業やりたい人にはお任せっていうかちゃんとライセンス取ってくださいねっていうふうに言ってますと。で、積水ハウスさんとか、三井住友海上さんとかもこれもプロダクションでもう3年以上やっているので、実績があって、当然同じです。落ちなかったり、公開要請を担保しているので、そういった実績があるので、ぜひいろんな人にみやびを使ってほしいなと思います。別にみやびで囲い込みたいとか思ってなくて、みやびと他のブロックチェーンとつながって、それで世界が大きく広がっていくんだったらそれでいいなと思って
て、それインターオペラビリティっていうんですけど、そこのなんかプロトコルの共通化みたいなのね、ISO かどうかわかんないですけど、今後議論していきたいなと思いますけど。僕はたくさんやってて、日本全国銀行協会さんとか、メガバンク参考さんとデロイトさんともやったし、POC はたくさんやったので、あれですけど、やっぱりこれをなんとかプロダクション化していくっていうのが、我々の使命かなと思います。コンサルティングは、一気通貫に上から下までやりますよっていう話で、経営コンサルはしませんと。ボスコンとかマッキンゼーみたいなことはあんまりやっていなくて、どっちかっていうとその事業戦略ですね。事業上の問題、課題があったときに、それがブロックチェーンで解決した方がいいんであれば、ブロックチェーンをご提案しますと。で既存システムの方がいいよっていうのも多々あるので、別にそれは既存システムでやればいいんじゃないの。RDB 組んで、クラサバ組んでっていうんだったらそれでいいかなと思っています。あんまり無理やりブロックチェーンでやってくださいっていう、つもりは全然ないです。で、ストラテジーがあって、プランニングやって、デザインまでやって、開発までやるっていうのは、なかなかなくて、開発までちゃんとやりきると、事業課題の、解決から、開発、製品に落として、それを納品する。で、それを期限を守る。必ず作り切るっていうのが我々の、ベンチャーと言えないほども大きくなったと思うんですけど、必ずやりきるっていうのは我々、非常に重要なコミットメント、お客さんに対するコミットメントとして重要視しています。で、プロジェクト進捗、近日中に新たな発表も何があるんでしょうね。ドキドキしますね。みやびはこんな感じで、ホームページにあるんで、無料のプレイグラウンドとかもあるので、ちょっと使っていただいて、こんな感じなんだねって、鍵とかね、作ってみて動かすとコインが動くみたいなのできると思うので、もうちょっと頑張るとスマートコントラクトを使ったりですね、いろいろできるんですけど、そうするともう少しそのエンジニアの、能力とか知識が必要かなと思っています。で、B ボートっていう、株主総会をですね、ブロックチェーンでやりましょうと。記事の通りで、安全ですし、認証も簡単ですよっていう話で、そういうのを作ってますと。で、株主総会実際にやって、実際やってるのはね、賛成しますか、反対しますか、可決されましたっていう簡単なんですけど、記録が残るので、直近でもね、株主総会における議決権がちょっと漏れてたみたいなニュースがあって、ああいうのはなくしたいなと思っているので、こういった形で B ボートが貢献できるんであれば、で、イードさんとやってるのは、これ、ディーセントライズメディアって言って、C2C やりたいんですよね。僕はその中抜き屋みたいなのがいっぱいいる世界ってあんまり好きじゃなくて、金融業界ってもう高い層、ブローカー&ブローカーになってますから、それだと元の値段、お金がどんどん減っていっちゃう。そんなのいらないじゃんと。で、より非中央集権的で、エンドトゥエンドで何か商売ができるのであれば、そういう問題って解決できるんじゃないかな。金融包摂って言いますけど、金融包摂でもつながっていくと思うんですよね。今のような形だとコストがかかりすぎていて、大変だから、とにかく C2C、今回の例で言うと翻訳したい人と、それにお金を払う人っていうのをつなげてあげて、間にそのトークンエコノミーっていうのをですね、こんな感じでつなげていくっていうのがいいんじゃないかと。で、これ結構数字伸びててですね、これ何かっていうと、翻訳するんですね。翻訳したい人が翻訳するんですよ。普通のプロの翻訳者に頼むよりも、本当に漫画が好きで、アニメが好きで、そのキャラクターを理解した人が英語に翻訳するっていうのは非常に僕重要だと思ってて、全然知らない人がやるとやっぱり違うんですよね、雰囲気が。何に対しても言えると思うんですよ。情熱を持ってやらなかったらいい加減に仕事になって気持ちが入んないからなんかいまいちなんですよね。好きな人がやるっていうのは価値があると思っていますと。で、770万文字翻訳してるんで、結構数字出てて、これぜひ見てください。で、事業を推進するためには、当社はですね、エクセキューションナンバーっていうのをバリューにしてます。もう情熱、実行、数字。これはもうずっと7年間変わらないです。情熱がないと僕は解決できないと思ってるんですね。大抵のベンチャーは途中で投げ出す。みんな投げ出す。言うだけ言って投げ出す。それか過去にこれやっときゃ俺もなんとかだとか、それは何の価値もないですね。必ずやりきること。言って、ものを作ってプロダクトで証明する。それをワンサイクルとしないと、やっぱり
言ってるだけになるか、ものを作ってるだけかになっちゃうと。ちゃんと情熱を持って終わらせましょうっていう話で、私は理系なので、数字で語るのが好きで、数字で説明して、こうこうこうだよねっていうふうに意思決定して、なるべく合理的に意思決定をするような会社なので、基本的に非合理的なことを言うと、みんなにいろいろ言われると。で、それは私も同じで、あんまり私が非合理的なことを言うと、周りの社員にフルボッコにされるというようなカルチャーなんで、気軽にものを言っていただけて、なるべく合理的にやりたいと思ってます。で、募集ポジションはですね、ほぼ全方位なんですけど、あんまり管理部は募集していなくて、管理部は今、あっちの取引所の方がやってるから、あんまりうちはそういうところにあんまりフォーカスしないようにしてるんですけど、とにかくエンジニア、C# のエンジニアと iOS、Android のエンジニアは複数人採用してますと。ブロックチェーンエンジニアっていうのは、これ基本的にはもっとコアのエンジニアで暗号学者みたいなイメージです。我々はもうブロックチェーンのそのものを作っているので、あんまりそのコードの数が多いわけではなくて、アルゴリズムをどうするかとか、暗号学をどうするかみたいな、ところのイメージで言っていただければと。で、ブロックチェーンの SDK を使って何かをするっていう人たちは、やっぱりシステムエンジニアに含まれるのかなと思ってます。で、PM、プロジェクトマネジメント、あとコンサルタント、デロイトとかね、UI とかアクセンチャーとか、そういったところのコンサルティング経験がある人っていうのを募集しています。で、マーケは、基本 2B なんですけど、2B、2C 両方やるんで、そのマーケティング経験がある人、で、事業開発スタッフはもう何でもやる人、頑張りましょうっていう感じのイメージですと。最後に皆さんへ、世界を変えたサトシ・ナカモト、2008年だっけこれ、2009年じゃないの。で、サトシ・ナカモトが引き寄せたチームジャパン、これですね、2019年にバーベキュー、僕バーベキューが大好きでですね、280名も集まってくれて非常に感謝して、今年できないのが非常に寂しいんですけども、またちょっとコロナが落ち着いたら、500人ぐらい集めてですね、一つになりたいなと思っています。ブロックチェーンを国家戦略にもうこれ連呼してます。ずっと連呼して皆さんも、ご一緒にブロックチェーン国家戦略にという感じで、以上になります。はい、以上です。ありがとうございました。ブロックチェーンというのは非常に大きな役割を担うんじゃないかと思っています。で、それによってやっぱり社会が変わっていくっていう実感がありますから、それを何としてでもやり遂げたいと思う。で、これを本当に実現して世の中を変えて便利にしてみんなが幸せになる顔が見たいと思います。
はい、皆様、ビットコインの反省会のセッションへようこそ。これ、みんなの顔見えてますかね。ちょっと、加納雄三さんの真面目な話の後にこのセッションのこんな感じになってしまうんであれですけど、問題なく見えてることを祈ります。はい。ちょっと、それぞれ、挨拶してください。なんかはい、どうも、こんにちは。カナゴールドです。僕はうどんです。どうもどうも、なんか急遽参加することになりました。うどんちゃん、うどんちゃん、うどんちゃん。なんか緑のやついるよね。ペペの姿の生ハゲです。わからない人はちょっとググってみてください。多分困惑してる人が多いと思うんで、一応言っとくけど、ハロウィンの仮装ということらしいです。今年渋谷に行けないらしいから。渋ハロやりたかったのにできないから。ちょっとね、クオリティ高すぎて。やばいでしょ。目開けると、これ目開けると、やばい。やべえやつ。怖っ。目開けてると、怖いやつになるんですけど、こう、目閉じるとペペっていう感じのコスプレ。はい。わかりました。皆さん、とりあえず見た目はこんな感じですけど、中身はちょっと割と真面目な話をしていこうと思います、今日は。このセッションはですね、セカンドレイヤーの話全般ですね。ライトニングネットワークだったり、最近だとイーサリアムのロールアップ系の話が増えている。あとはエニグマ、旧エニグマか。今、シークレットネットワークって言うんですよね。シークレットネットワークも、講義で見ればセカンドレイヤーってことで、ちょっと代表的なセカンドレイヤーの話をしつつ、今後どうなりそうかみたいな話をしていこうと思っています。皆さん安心してください。中身はちゃんとやるんで。一応このセッションね、鳥なので、ちょっと頼みますよ。はい。というわけで、やべ。これ見えてるかな？見えてます。見えてます。見えてるのはいいんだけどね、これ見えてないべきなんだよね、これ。来た来た、OK、OK。では、皆さん、いつもの慣れた反省会のスライドなんですけど、これでいきましょう。はい。中身はね、至ってまともにいきます。今日のアジェンダは、自分がライトニングネットワークの、最近の話と、今後どういうものが出てきそうかって話をして、カナゴールドに、オプティミスティックロールアップと GK ロールアップ、生ハゲペペに、シークレットネットワークの話をしてもらって、最後に全員でちょっとこう、ディスカッションというか、わちゃわちゃ話をしていこうと思います。はい。はい。じゃあまず自分からですね、タイトルはですね、Don't Sleep on Lightning Network と、ペイメントを超えたライトニングの応用みたいな話を、しようと思っています。で、実はですね、この今日の発表をする前に、多分2、3時間くらい前に仕上げたんですけど、さっきリハーサルしたらこれ全然時間内に終わらないことが分かったので、ガンガンこの自分の説明自体は省略してきますけど、後でまた別途動画にこれはちゃんとすると思います、細かい話は。ガンガンいきますけど、今日自分が言いたいことは、ライトニングネットワークってなんかペイメントのネットワークとやっぱ捉えられることが多くて、それは間違いでは必ずしもないんですけど、それだけじゃないよっていうところをちょっとアピールしたいっていうのがメインです。とりあえずそれだけ覚えておいてもらえればいいです。で、おさらいですね。ライトニングネットワークって何っていう話で、これも他のセッションで話出たと思うのであまり説明しないですけど、ビットコインのセカンドレイヤー技術って言われていて、ビットコインの P2P ネットワークの上に、ライトニングの別の P2P ネットワークが存在しているっていう感じのものですね。で、ベースレイヤー、ビットコインのブロックチェーンを使うのに必要なのは、基本的には最初のチャンネルの開閉の時のみで、マルチシグのコントラクトを使うことで、事前に一定の金額をロックアップしておくと、そのロックアップした金額はライトニングネットワーク上で、比較的自由に動かせるっていうものです。で、この P2P のネットワーク上を、ルーティングしていって、理論的、理想的には自分が一つの、流動性の高いライトニングのノードにつながっておくと、ネットワーク上の他の人すべてに、ペイメントが、支払いが送れる。で、そこにカストリアルリスクがない。そういうものです。で、これもおさらいなんですけど、何がすごいのってことで、これ知ってる人が大部分だと思うんですけど、よく言われるのが即時性。
オンチェーンに書き込むのは最初だけなので、それ以外のペイメントだったりとかデータのやり取りっていうのは基本的に即時でできる。で、オンチェーンに書き込む記録も減らして、セカンドレイヤー、当事者間で基本的には記録を交換しているので、記録というか送金の証明を交換しているので、低手数料ですよと。あとはプライバシーが高くなります。ここら辺はもう結構よく言われることですよね。ただ今日メインで話したいのがこの拡張性ってところで、これに関してですね、元マルチコインキャピタルで最近ライトニングラブスに転職したライアン・ジェントリーさんっていうのがすごくいい記事を書いていて、結構自分の今日の話もこれ結構パクってるところが多いんですけど、で彼はライトニングは単純な分散ペイメント、ビザのみたいなネットワークとしてだけじゃなくて、アイデンティティだったり認証システム、あとはそのデータレイヤーを組み合わせることで Web3.0 の実現のための重要なツールになるっていうような、趣旨の記事を書いています。この Web3.0 っていうね、この言葉自体がバズワードになって自分はあまり好きじゃないんですけど、ライトニングって基本的にペイメントだけだよねって思われることが多いんですけど、それ以上にこの Web3.0 みたいに言われるものにも応用できる、ツールですという話です。で、具体的にはこの3つをちょっと見てきます。早口だけど、後でまたちゃんと説明するんで、とりあえずなんとなくの雰囲気さえ今回は分かってもらえればいいです。3つですね。アイデンティティと認証システムとデータレイヤーと最後にセカンドレイヤー上のスマートコントラクトですね。はい。で、アイデンティティ&認証システムとしてのライトニングっていうことで、これもさっと説明しますと、ライトニングのノードを一つのアイデンティティ、ノードの公開鍵をアイデンティティとすることで、第三者に依存しないデジタルアイデンティティとして利用することができます。で、そのアイデンティティをマイクロペイメントと組み合わせることで、どういうことができるようになるかっていうと、これもすごく端折って説明すると、今っていろんなウェブサービスのログインとかってユーザーネームとパスワードを使うっていうのが昔多くて、最近だとGoogle でログインとかっていうのが多いじゃないですか。で、これを、Google とかに頼らないで、自分のノードのアイデンティティを使って、各種ウェブサービスにログインというか、アクセスするっていう感じですね。で、そこにマイクロペイメントが、組み合わさることで、この特定のページを見るのには、秒ごとに、10サトシ課金されますとか、そういうのができるようになりますと。要はパスワードとかユーザーネームとかっていうのが不必要になるのと、あとは Google とかでそういうのをやるときのプライバシーの問題だったりとか、あとはGoogle がその気になればアクセスをカットされちゃうっていうところ、そういうところの集中化の問題を解決しようっていう取り組みがすでにいくつか出てきていますと。で、これに関して思うのは、ライトニングってあんまりこのすごい真新しいことをやろうっていうよりは、ある意味既存のインターネットの仕組みのアップグレードをしようっていうどちらかというと方向性が強くてと自分は思っていて、例えばログインの利用フローとかっていうのは別にそこはあんまり大きく変えようとしないんだけど、ただそれと互換性がある、LSATS とかっていうんですけど、そういうプロトコル、新しい規格を使うことで、比較的今までのウェブサービスとシームレスに、その今までのウェブページに、マイクロ課金がそのままパコって入るみたいな、そういうものを作ろうとしている、人が、出てきていますと。で、そのプライバシーだったり課金モデルが変わるっていうのは結構実は大きい話だと思っていて、今のウェブサイトとかって大体広告ベースのものが多いんですけど、要はログインとか別にしなくていいんだけど、アクセスするとなんか広告データ取られて広告見せられてみたいなモデルなんですけど、それを広告の代わりにじゃあすごい少額の課金するよみたいなことでなることで、広告のモデルとかが変わったりとか、もしくは逆にアクセスすると何サトシかもらっちゃった、10サトシもらっちゃったとか、そういうようなことが新しいウェブの体験ができるようになる可能性がありますと。いや結構ね、ガンガンいきますけどね。はい。で、次ですね。だからそのアイデンティティと認証のところが変わるっていうのがまず一つ。これそんなになんかイメージ難しくないんじゃないのかなと思いますね。今まで Google でログインってやったのを自分のノードでログインってやる。で、かつそこに課金とかができる。で、案外それの改善だったら影響もあるよって話で、次が個人的に結構面白いと思っている部分で、ライトニングネットワークのデータレイヤーとしての利用ですね。で、ライトニングってペイメントとして使われることが多いし、そういうイメージが強いんですけど、ペイメント以外のデータを付与することもできるんですね、インボイスに。で、そうすると、実はライトニングって
TOA に非常に似た P2P ルーティングネットワークとみなすことができて、TOA ってIP アドレスの、匿名性を高める、要は誰がどこにアクセスしているかわからないようにするみたいなプライバシー保護の技術と言えると思うんですけど、ライトニング実は P2P のネットワークで、ルートが、構築されていて、そこでデータがやり取りできるっていうのは実は TOA に非常に似ていて、でさらにそこにペイメントが加わることで、実はライトニングで TOA プラスビットコインのマイクロペイメント、イコールインセンティブみたいな、そういうネットワークに、として使うこともできるっていう話が出てきています。TOA 2.0 みたいなね。でそうすると、TOA って悪用する人もいるんですけど、よりプライベートで分散化されていて検閲体制が高いウェブサービス群を、ライトニングのルーティング層を使うことでできるかもしれないっていう話が出ていて、具体的には分散チャットのスフィンクスチャットっていうサービスがすでに出てきていて、これどういうものかっていうと、ライトニングってルーティングしてペイメントを運ぶ以外にテキストを運べるって言ったんですけど、それで要はだから分散チャットサービスみたいな、ライトニングネットワーク上でテキストの交換をするみたいな、サービスがすでに出てきていて、実はスフィンクスチャット上で反省会のグループがすでにあって、たまにそこでやり取りをしています。すっごいニッチなんですけど、でも結構かっこいいって、ライトニングの、正確に言うと自分たちは結構カストディアルでもやってるんで完璧ではないんですけど、ライトニング上で、なんていうんだ、プライベートメッセージですね。要は、テレグラム、テレグラムは良くないな。シグナルとか他にもいろいろ暗号メッセンジャーみたいなの出てきてると思うんですけど、あんな感じで暗号化されていて、かつシグナルとかテレグラムみたいに、中央のサーバーをシャットダウンすれば送れなくなるっていうこともできない。要は検閲体制もあるっていうような、チャットサービスを作ろうとしている、人たちが出てきています。でこれ、最後、サクッとですね、説明しますけど、ライトニングネットワークで、なんていうんですかね、P2P のノード群が出てくることで、それを利用して、セカンドレイヤーでのスマートコントラクトをやろうっていう、取り組みも出てきています。具体的にはディスクリートログコントラクトっていうのと RGB っていうのが、主に、注目されているものの2つで、RGB は自分も細かい部分はまだあんまり理解してないんですけど、ライトニング上でトークンを発行して、安く早く送金しましょう、そのトークンをっていうような、取り組みですね。で、イーサリアム型のスマートコントラクトと違って、クライアントサイドバリデーションを利用して、オンチェーンにほとんど書き込まない。で何か問題があったときに、オンチェーンに対比するというか、そこで、セトルするっていうような仕組み。で、残りはもう全部当事者間でコントラクトをやり取りするっていうタイプの仕組みだと認識しています。でディスクリートログコントラクトはこれもまたちょっと違うんですけど、これポイントはオラクルがコントラクトに関して最初の情報しか持てないようにすることで、ノンカストディアルな P2P のコントラクトとか、デリバティブみたいなのをやるっていうようなプロジェクトで、今これオンチェーンでやってるんですけど、これを構造的に結構ライトニングに似たような形になっていて、ライトニング上で理論上は実現することもできるので、それをやろうとしている人たちも出てきてますよと。で、これ全部まとめると、ライトニングネットワークって、そのペイメントのやり取りするだけのネットワークではなくて、それに加えてアイデンティティとかデータのやり取りだったり、あとはコントラクトとかの機能がどんどん今後追加されていくっていうもので、今はその土台となるノードを少しずつ立ち上げて、ちょっとずつそれがつながっていってって、そういうレベルの話なんですけど、今後、より機能がそのネットワーク上で増えていくんじゃないのかと思っていて、その点でもライトニングをペイメントだけのものだと、考えない方がいいんじゃないのかなという話です。で、課題もありますよと、いろいろ。ルーティングのフィーの経済モデルがまだ不明確っていうところと、手数料が低いのが特徴って言いましたけど、ライトニングネットワークの手数料、実はそんなに低くならないかもっていう意見もあって、低すぎると逆にライトニングのノードになるインセンティブがあまりなかったりとか、そういう問題がいろいろありますと。で、ここはまだ実証されてない。あとはルーティングネットワークへの DOS 攻撃とかをすることで、特定のノードを落としたりとか、ビットコインを喪失させたりっていう攻撃が、理論上は可能っていう話が出てますね。あとは最終的にはオンチェーンのスケーラビリティに依存する部分があるんで、最初のチャンネルを開くときは結局オンチェーントランサクションを作らなきゃいけなくて、今の利用者の
人数だったらいいですけど、これからまあ世界中でもっとたくさんの人が使うってなった時に、オンチェーンのスケーラビリティが全然ないと、まあ、結局そこがボトルネックになるよっていう、まあ、指摘もあります。あとはまあ UX の課題ですね。はい。というわけで結論。ちょっとね、ちょっと詰めすぎたかな。ライトニングネットワーク、まあ、簡単に言うと、ペイメントだけじゃないから、まあ、他のそういう新しい取り組みが出てきているよっていうところをぜひ、理解しておいてください。というか、理解しておくと、結構面白いものがあるんじゃないのかなと思っていて、特にこのマイクロペイメントって、そのウェブ上のいろんな、例えば何かを見るとか、まあ、いろんな活動をするんですけど、ウェブ上で、そのインセンティブが結構変えられるっていうのは、割ともうほぼ全てのことが変わる可能性があると自分は思っていて、まあ、特定のユーザーに、特定の行動を誘導したりとか、まあ、結構細かい話なんですけど、このマイクロペイメントってだけで大きな変化が生まれる可能性はあるなと思っています。新しいあとビジネスモデルを作ったりとか。で、セカンドレイヤー技術、この後まあイーサリアムと、あとは、シークレットネットワークの話をしてもらいますけど、いろいろ出てきてはいるんですけど、今のところまあライトニングが最も地道な改善を重ねていて、実用に近い状態かなというふうに自分は認識しています。ただ、今日紹介したような話は、本当にまだ始まったばっかりで、これが使えるようになるとかっていうのはもう3年とか4年先なのかなと思ってます。ちなみになんか自分2年くらい前に、2年後にはライトニングは多分そのビットコインユーザーとかの間だったらまあ問題なく使えるレベルになるかなって言ってたんですけど、もう2年経っちゃったんですけど、正直多分それは予想がちょっと甘すぎた。ちょっともう少し時間かかってるっていうのがあって、今日話したような話もなんか1年後どうにかなるとかって話じゃないかなとは思います。で、あとはライトニングの構造っていうのは、これから話すロールアップとかとはちょっとやっぱ違うものなので、まあ、単純にどっちがいいとか比較をするものでは必ずしもないですけど、まあ、単純なペイメント以外の応用もすでに一部出てきてるよっていう話なんですけど、まあ、最後と言いつつもまずはペイメントからまあ充実させないと何も起きないので時間かかりますし、言ったように、最近はウォレットとかペイメントプロセッサーがすごい多様化して改善されていて、この半年くらいでだいぶウォレットとかも良くなってきて新しいものが出てきたりしてますね。あとは LNURL とかっていうんですけど、そういうまあ UX を改善させようみたいな企画が少しずつ出てきていて、まあ、イーサリアムの ERC20 みたいなある意味、そういう共通規格をみんなが使い始めるっていうところが少しずつ起きています。あとは今具体的にライトニングの利用が先行しているのがゲームなどですね。まあ、要はゲームをしているとサトシもらえるよみたいな、そういう、あとはキャッシュバックがもらえるみたいな、そういうサービスとして使われることが今のところは多いです。自分は今、ナユタとモバイルのまあノード関連のサービスを作ってて、まあ、具体的にはどういうことかっていうと、ライトニングペイメントのまあ自動化ですね。今日いろんな話をした中で、まあ、UX の課題いろいろあって、結構マニュアルでやらなくちゃいけないところがまだ多いんですよ。例えば100サトシもらうのに、なんか30秒かけてインボイス発行してやってたら、本当に経済的な意味がないので、そこを自動化させないといけないと思ってて、まあ、そういうような仕組みをちょっと作ってますけど、まあ、形になったらもう少し話します。あんまできてない間にいろいろ話すのはあんまり好きではないので、まあ、そういうのをやったりしています。まあ、なので最初は今日はデータとかね、ペイメント以外の話があるよって言ったんですけど、同時にまあ足元をやらなくちゃいけないのはペイメントのところの改善だったりとかかなとは思っています。というわけで、自分の方からは以上です。まあ、質問とかあるかもしれないんですけど、それは全員で議論するときにちょっとやっていこうと思います。では、カナゴールドよろしくお願いします。次。はい、どうも、こんにちは。カナゴールドです。はい、今日のテーマは、GK ロールアップとオプティミスティックロールアップ。で、多分これ聞いてる人って、この単語は聞いたことあるし、L2 のあれでしょみたいな感じで、まあ大体雰囲気は知ってるなと。で、じゃあ何違うのって言われた時にようわかんねえなとなってる人が、まあ多いかなと思うので、じゃあここの違い、で、そもそも何やろうとしてんのか、みたいなところを中心に、今日は見ていきたいと思います。はーい。じゃあ次のページお願いします。はい。で、そもそも何やりたいかっていうと、この、GK ロールアップでも、オプティミスティックロールアップでも、これを使ってあげると、まず、ユーザーはどういう体験をするのかなっていうところから見ていきたくて、ユーザーはまず、この所定のコントラクトに、を経由することで、L2 に資産をデポジットしますと、まず最初に。で、そこのデポジットしたやつを最後引き出すまでの間は、
その L2 の中で、低コストで取引ができますと。でただその L2 ってその特定のサービス固有のものだったりするので、そのサービスを使っている間はすごく低い手数料で、なんかいろんな取引ができますよというユーザータイプになるわけですね。で、この L2 って、まあ、概念としては結構前からあって、まあ、ビットコインでも、まあ、さっきあったような話もあるし、イーサでもずっと前からありますと。特に2017年からありますと。でただ、こうなかなかこう使えるものが出てこないとか、まあ、そういったところには背景があって、それは何かっていうと、基本的にその二重引き出しの防止、をしてあげなきゃいけませんと。L2 から僕資産出せるよと言いながらも、本当は出しちゃいけない人が出してしまうとか、二重に出してしまう。はい。で、その時の安全性を保証してあげるっていうのがすごく重要で、これが難しいので、なかなかできてこなかったといった背景があります。で、仮にこの L2 でやるとどんな感じになるかっていうと、その2分から10分、これはまあその設定次第なんだけれども、この2分から10分の間で発生しただいたい100トランザクションとか、まあ1000とかいくか分かんないけれども、まあ、これらをうまいことまとめて、まあ、1回の送金で片付けてしまいましょうと。で、L1 にはその 100個のトランザクションをこうまとめたものっていうのをこう、まあ、いわゆるそのユニスワップのトレード1回分ぐらいでのガス代で、まとめちゃうと。でそうすると、こう1個あたりは100分の1ぐらいになるので、まあ、気持ちとしては1ギガウェイ未満でこう取引できる。古き良き、イーサリアムのタップ数日の時代、あんな感覚でできるような時代を目指してるわけですね。で、さらに、いろんなところがこう L2 に移ってくると、L1 の書き込みっていうのはすごいちっちゃくなるので、まあ、量がすごくちっちゃくなるので、まあ、さらに L1 でのガス代も安くなるから、もうなんかこう、わけわかんないぐらい安くなるんじゃないかと。まあ、こんな世界を目指していますというわけなんですね。はい、次のスライドお願いします。で、じゃあこのイーサリアムに関するこの L2 の話ってのはいつ頃から出てきたのかなっていうと、2017年にビタリックがなんかホワイトペーパー書きましたと。プラズマですね。読んだことありますか？うどんちゃん読んだことある？もちろん。もちろん。はい、みんな読んだことあるあれですね。はい。で、これをベースにこう、特に2018年を中心に開発が進んできました。で、みんななんかこう、プラズマっていうといろんな名前知ってますね。プラズマキャッシュ、プラズマプライム、うどんちゃんあと何知ってる？なんかいっぱいあるし、そう。なんか大量にって。とりあえず10個ぐらいはあったんで。で、もうなんか時間も経って大体分かんなくなっちゃったんだけど、何個言えるかな状態になりましたと。で、まあ、いろんなところが独立して、なんかお試しで実装してたから、こうまあ、いろんなバージョンの実装がまあ乱立してたと。で、こうなんか作ってる最中にまたどっかの頭のいい人が変なアイデアを思いついて、よし、それで作っていくとかなってったら、まあ、わけわかんない数になりましたと。で、ただいずれにしても、その、プラズマで、なんかこういう課題を解決しないと使えるものにならないよね、みたいなところで、ボトルネックだったのが2つありますと。1つが、L2 でできることの幅がすごく狭いと。現実的にこう、使えるものにしようとすると、L2 では結局、なんか L1 のスマートコントラクトみたいに複雑なことってのはできなくて、ただの送金ぐらいなことしかできないよと。まあ、そういう、ものが多かったです。で、あとは、こう、L1 に資産を安全に戻す。こう L2 でガチャガチャ遊んで、なんかうまく取引してたら、最初1イーサ、1ラプトイーサを入れたんだけれど、なんか遊んでたら 1.5 ラプトイーサになったから、1.5 ラプトイーサ出したいみたいなことを言ったときに、これをこう、本当にその人って出す権利あるのかなみたいなところをこう検証しなきゃいけないんだけれども、L1 の方で。ただこれに1、2週間かかるという問題があったんですね。こう安全に出そうとしたら、こうちょっと次の話では出てくるんだけども、そこに1、2週間かかってしまうといった問題がありました。で、そういったことがあって、結局プラズマをベースにしたアプリケーションで流行ったものみたいなのは、まあ、基本的に出てこなかったと。こういうと怒る人もいるかもしれないけど、まあ、出てきませんでした。はい。続いてるものが。はい。で、そんな中で、こう、
なんか新しいのが出てきましたと。オプティミスティックロールアップってやつですね。このプラズマの発想をこう一般化してあげて、で、その、プラズマだったらこの、L1 に安全に戻せる設計にしようとしたときに、L2 では送金程度のことしかできないような制約が必要だったんだけれども、この、どういう条件だったら L1 に戻せるよみたいなところを、送金に特化した感じの実装じゃなくて、すごく汎用化させた実装版でできるよねと、いうのをこう思いついた人がいましたと。で、この L2 上のいわゆるコントラクト的なやり取りっていうのは、イーサリアムだったら L1 だったらこう EVM でガチャガチャとステートの計算をしてるわけだけども、この L2 では OVM っていう名前がついた、よく聞いたことあるでしょう。で、そのバーチャルマシン上で、ほとんど EVM と同じような、雰囲気のバーチャルマシンなので、互換性を持って、やり取りができるよねといった形になってきました。で、さらにこう L2 の実装ってプラズマで書こうとするとなんかめんどくさかったところが、このオプティミスティックロールアップに従ってやっていくと、L2 のビジネスロジックというか、コントラクトのロジックのところをソリディティで書けるっていうのから、こうなんか技術的に L1 のコントラクト書き慣れてる人だったらスムーズにこう L2 の実装が始められると、そんなやつが出てきたわけですね。で、ただL1 に安全に戻すためには2週間待たなきゃいけないっていうところは結局変わってませんと。それはそのフロードプルーフっていう概念があって、L2 に出したいんだけど、L2 から L1 に出したいんだけどって言ったときに、コントラクト的には、確かにクレームするだけの根拠はあるんだけれども、それは本当に最新の状態なのかなっていうのが L1 的に分かんないので、いや、こいつは L2 ですでにこのお金使ってるから本当は出せないやつなんだよみたいなこうフロードプルーフ、こいつ嘘の申告してるよっていう証拠を誰かが提出する期間を設けて、例えば2週間で2週間の間異議申し立てがなければ出せますよと、そういう形になっている関係で、めっちゃ待たされますというのがこのオプティミストロールアップを使った場合の課題なんですね。はい。で、そうこうしてたらなんか GK ロールアップってやつが出てきましたと。で、これはそのさっき言ってた2週間待つみたいなところが、一切なくなった。なんかすぐ出せる版の L2 ですと。なんかすごそうだねと。で、これどういうものかっていうと、こう GK スナックっていう単語、多分2018年、19年になんか価格が死んでる中暇だなと思いながらこう技術的なところ調べてる人だったら絶対に聞いたことがある単語、GK スナックってやつがありますと。で、これはゼロ知識証明を一般化したサムシングだとぐらいにこの場で思ってもらえばいいんだけれども、これを応用してあげると、正しく処理してない場合は正しいプルーフが作れないっていうGK の性質を使ってあげれば、フロードプルーフみたいなことをやんなくても、そもそも正しく処理してないものは正しくない、正しいプルーフは作れないっていうのがこう GK の性質なので、結果的にこうファイナリティみたいなものが L2 でこう発生すると、なんか気づいたやつがいるわけですね。ゼロ知識証明って言ったら、いわゆる匿名コインの送金とかで使って、その情報を隠すみたいなところに着目しがちなんだけれども、そこの性質ではなくて、こうなんかデータ量、固定のデータ量を眺めれば、なんか正しくやってるってことが確認できるみたいな、データ圧縮的な側面で使ってあげてるというところがなんか斬新で、そういう使い方できるよねとどっかの天才が、気づきましたと。で、これ確か去年ぐらいにアイデアが出てきたんだけれども、なんかわかんないけど、今年もうすでにL2 GK ロールアップ使った実装がいっぱい出てきてますと。例えばループリングがそのオリジナルの実装で、6月に出してきたやつとか、7月になんか別のアイデンス E っていうところがなんかサーコムとかいう謎の言語を使って実装したやつがあって、例えば10月にはこう皆さんご存知のこうカーブファイナンスが、GK シンクというやつを使ったバージョンを、なんか出したよということを発表したりしましたという感じで、この
さっきの OVM みたいな、オプティミスティックロールアップみたいな話も確か去年ぐらいから聞き始めて実装が始まってたなっていうイメージだったし、この GK の話もなんか去年ぐらいにアイデアが出てきて、これめっちゃ作るの大変そうだな、いつなんだよと思ってたら、なんかこう1年も経たずして、使えるやつが出てきてるという、なんか不思議な状況なんですね。こう世の中のやばいやつが本気出すとやばいっていうことをすごく感じてますというわけです。で、ちょっと次のスライドに行っていただいて、でそうすると、こうなんかもうオプティミスティックロールアップって時代遅れで GK ロールアップ使えばいいってことなのみたいなふうに思うかもしれないけど、実際こう使って実装してみようみたいに思ってやってる人たちにとって、実際我々もそうなんだけれども、そうするといろんな障壁があります。例えばまず1個目、こういろんなバージョンの実装が多いですと、GK ロールアップのすごいバージョンがいっぱいあって、変なやつで実装を始めるとワンチャン開発が止まって積みます。で、あとはいずれにしてもステーブルじゃないので、なんかちょっとバージョンが1個 1.3.05 か 1.3.06 に変えたらもう動かないみたいな、それぐらいバージョン違うと動かないし、あとは謎の言語を覚えなきゃいけないっていう場合もありますと。特にさっきのサーコムとかいうやつ、あれで実装し始めると、とりあえず普段 Python しか書いてませんみたいな人は多分なんか死にますし、なんか取得したところで転職スキルも何も身につかないみたいな、そういう系のやつですと。で、あとドキュメントが少なすぎて、そもそもの概念とか、理論的なところを理解しないと、まず何もそもそも手を動かし始めることすらできないみたいなところもあったりしますと。で、あとはなんかこう、アルゴリズムチックな話でいくと、この L2 の実装をするときにループ分の回る回数を事前に指定しなきゃいけないっていうところがあって、これはその、ゼロ知識証明で、その多項式の、係数の問題棄着したりなんかするときに、そのフォア分の回数が事前に決まってないと、その問題変換できないみたいな話があって、そのループ分の回数が、制限されますと。なので若干書き方に工夫がいるとか、あとは、実際こう使ってもらうアプリケーション作るときにすごくハードルになるのは、この L2 の資産をメタマスクで管理できますかっていうところで、できなくはないと。ちょっとプラグイン入れなきゃいけないみたいなのがあって、人によってはすごく不安になる場合があったり、あとはこうハードウェアウォレットで管理してる人的には、少なくとも今は対応できませんねみたいなところがあって、安全に L2 でいっぱい大金で遊ぶっていうのは、その意味でもちょっとやりづらいっていう状況があります。でこれはその、いわゆるこう、みんながよく使ってる楕円曲線って、このループ分の回る回数が事前になんかフィックスされないみたいな話があって実装できなくて、謎のベイビージュブジュブ曲線に基づいたこう暗号を使わないといけないとか、そういう制約から、アセットの管理がすごくちょっと厄介なことになっているというわけなので、一概にこう最強かと言われるとそうでもなさそうだねという性質があります。はい。で、じゃあ僕どうしようっていう場合、僕は開発したいんだけどどうしようっていう場合に、イーサリアムと暗号理論を完全に理解したぐらいの人だったら、黙ってオプティミスティックロールアップでちゃちゃっと実装するのがよくて、ちゃんともうちょっと勉強して何も分かんないなっていうぐらいの人だったら、GK ロールアップ。でちょっとできるまでいってる人だったら、積極的に GK ロールアップのライブラリの開発をして、尊い営みの中からよりイーサリアムの世界を良くしていくのに貢献していただければなと思ったりしております。ちょっとできるのレベルがだいぶ高い。できなさそうですだいぶ高いですね。そのループリングの人たち、すげえなと思って。すごいですね、あれ、本当に。これ、見ても何もわかんないですもん、僕。マジでわかんない。で、ちょっと俺、ブロックチェーンエンジニア、完全に理解したぜっていうやつは、マジで絶対何もできないって感じ。なので、ちょっと開発やってみたいなぐらいのカジュアルな人は、オプティミストラルワークを使って、やっておくといいんじゃないのというお話です。はい。はい。では、じゃあ、イーサリアムのセカンドレイヤー系の話は一旦ここまでにして、じゃあ、最後、シークレットネットワークを生ハゲくん、お願いします。
お願いします。ちょっと目開けるとマジで怖いんですけどね。シークレットネットワーク。まあ昔エニグマって呼ばれてた子ですね。で、まずエニグマがいつの間にかシークレットネットワークって名前になってるんですけど、これなんで、どういう経緯でなったかっていうのをまず説明したいと思うんですけど、それと同時にですね、カナゴールドさんのクリプトアンバサダーとしての歴史っていうものを、ちょっと振り返ってみたいなと思います。ということで、カナゴールドは2度死ぬ。やりたいなと思ってます。まずですね、カナゴールドさん、ここにいらっしゃるカナゴールドさんはですね、1回目、エニグマの、アンバサダー、日本のアンバサダーの、一番トップの、代表みたいなのを務めていました。で、このエニグマなんですけど、今年の2月にですね、ちょっと次お願いします。はい。今年の2月にですね、パブリックテストネットをローンチしますよって言ってたんですけど、その直前の2月19日に突然解散しました。何の連絡もなく解散しました。僕たち結構、中の人たち仲良かったはずなんですけど、一言もなく解散されて、で、それは何でかっていうと、実は裏で SEC、証券、取引委員会、証券取引委員会だっけ、に、2017年の ICO で訴えられてて、でそれに伴って一応和解したんですね。罰金払って和解したんですけど、それと同時に、解散しました。で、この後釜が、シークレットネットワーク、エニグマの意思を継ぐものですね、がシークレットネットワークっていうやつで、新しく一から開発し直したっていうやつですね。で、これまた余談なんですけど、で、次にカナゴールド氏は、何のアンバサダーについたかっていうと、ステーブルコイン開発、ステーブルコインとかオプションを開発してる、これリエンなのかリアンなのかわかんないですけど、のアンバサダーに就任しました。はい、さて、これで次お願いします。で、このね、リエンは、一応、メインネットローンチしました。めでたいですね。ただ、1ヶ月もしないうちに、自分でバグを見つけちゃって、しかもそれが結構やばいバグで、イーサ全部抜けちゃうみたいなバグを発見して、これ何したかっていうと、自分でそのバグをついてユーザーを救済したと同時に、アイドル、このリエンが発行してた、ステーブルコインですね、消滅しました。で今はしこしこコールオプション屋さんを営んでいる。つましやかな生活を送ってるんですけれども、大体アンバサダー、カナゴールド氏がアンバサダーになったやつは、今のところ死んでます。結構やばい。で、この先ほどあったエニグマがいつの間にか死んでたって話なんですけど、これ結構やばくて、テストネットが出る前、パブリックテストネットが出る前になぜかメインネットローンチのニュースが出てたんですよ。このザ・エニグマメインネットハズローンチと出てたんですね。これなんだって思うじゃないですか。俺が聞いてねえぞっつって、テストネットさ触ってないんだから。で、GitHub を覗いてみると、そこにはコスモスをただコピペしただけのスッカスカなチェーンがメインネットとして動いてた。つまりSEC に訴えられて、開発がゼロベースから再開したっていうことなんですね。別に再開するのはいいんですけど、これをメインネットハズローンチだって言われると、ちょっとイラってきますよね。これ出ませんでしたか？いや、そう、前職のビドル退職して、今日から2話で開発するぞって思って、朝起きたら、その日の朝にこうなってたんです。これ、本当に中身なんもないですよ。マジで機能が一個もないスカスカのチェーンがあって、で、こっから、しこしこ実装していって、今に至るっていう感じですね。じゃあ、そもそもシークレットネットワークの前のエニグマっていうのは何かっていうと、その概念だけ説明しますと、とりあえずスマートコントラクトを秘匿化してできるすごいやつです。秘匿化して実行できるすごいやつです。なんでできるかっていうと、ゼロ知識証明とかそういう系じゃなくて、T って呼ばれる CPU 内の持ち主でもよく中身を覗けないような領域っていうもので計算することで、そもそも誰も覗けない領域で計算してるんだからっていうことで計算を秘匿化できます。でさらにすごいのは、この秘匿化した計算を、CPU の持ち主にも分かんないけれども、ノード間では共有することができるんですね。他の人は権限を持ってない人はその計算結果分かんないけれども、ノード間では共有できる。でさらに、利用してないデータ群を、暗号化して収納するっていうデータベースを作っていて、それによって、クリプトっぽい感じ、ブロックチェーンっぽい感じで、秘匿計算するっていうことができる。なので、モネロのような送金の秘匿化にとどまらないで、送金だけじゃなくて、デファイっぽいやつとか、いろんなデータを、に対して、基本的に CPU で計算できる処理であれば、あらゆる処理が可能です。
っていうと、なんで SEC が刺されたかっていうのは、まあ、考える人は大体わかるかなという感じです。で、シークレットネットワークは、変わりました。エニグマからシークレットネットワークになっていろいろ変わりました。まず運営面から変わったことを、ちょっとお伝えしていこうかなと思います。まず、エニグマの場合、運営という概念があったんですけれども、つまり中心になっていろいろやるっていう人たちがいたんですけれども、これが、消えました。運営という概念が消えて、コミュニティによるガバナンスによって仕様が決まるっていう、なんかよくわかんない、なんかチャットみたいなので、ぺちゃくちゃ喋ってるものがそのまま仕様になるみたいな世界観になりました。これはまあ特定のエンティティを中心に据えないようにすることで、もう一回 SEC が訴えられるってことをまあ防ごうっていう話かなっていう感じです。で、もともとね、エニグマちゃんの開発してた人は何にしてるかっていうと、コミュニティから開発を委託されているという位置づけになりました。これについてもちょっと、後についてちょっと言っていこうと思います。で、トークンも ENG トークンから SCRT トークンに変更されました。ただ、これちょっと今日覚えて帰ってほしいんですけれども、ENG トークンと SCRT トークンは交換可能で、もう ENG トークンはもう使い道はもうないので、交換、一応期限はなさそうな気配なんですけれども、一応早めに、やっていただけるといいかなって感じです。で、仕様はこのよくわかんないチャットっていうのはディベロッパーフォーラムっていうサイトなんですけど、でそこで決定された、仕様がなんか実装されていくって感じです。次に技術面いっていこうと思います。技術面に関してはこれが一番大きいんですけど、メインネットハズローンチドっていう、名前、先ほどワードがありましたけど、前のエニグマはメインネットっていう概念あんまなくて、基本的にイーサリアムの L2 っていう位置づけだったのが、いつの間にかコスモスベースにした独自チェーンになってました。元の実装が、割とサブストレートっぽい実装だったので、なんでコスモスになったんだろうって考えると、なんかバイナンスに主にこうエニグマって上がってたので、バイナンスの影響力かなっていう気持ちもあります。で、それに伴ってシークレットコントラクト、先ほど一化して実行できるコントラクトですね、の実行環境もコスモスベースになりました。これまで独自実装だったのはコスモスになりました。で、さらにシークレットコントラクト開発も、コスモス用のコントラクトを開発するためのライブラリであるコズムワズムっていう、なんか語呂がいいですよね。コスムワズム。今ちょっと反応してしまった。なので、なんかまあ、比較的汎用的なライブラリに近づいたって感じですね。で、これ結構大事なんですけど、僕はエニグマのメインネットローンチの前に、エニグマのノードを立てるために自作したんですね、PC を。Core i5 とかで実装したんですけど、自作したんですけど、なぜか、なんかインテル側の都合で Core なんちゃらシリーズでノードが運用できなくなりました。それによって僕が、頑張って組み立てた、PC は、シークレットネットワークに使えなくて、なんかただのゲーム専用機になっちゃいました。なんかゼオンシリーズっていうエンタープライズ向けの CPU じゃないと対応してないらしいです。これはちょっと違いですね。で、シークレットネットワークによっては変わらないもの。まあ、Twitter とかの SNS のアカウントですね。まあ、フォロワーたくさんいたんで、まあ仕方ないとは思うんですけど、あとは GitHub のオーガナイゼーションとか、あとエニグマチームの発言力は相変わらずすごいあるんで、これ何にも変わってなくねってちょっと思って、ちょっと大丈夫かなって気持ちがあります。あとは、まあ、インテルの CPU が提供している T っていう一化領域を使って、シークレットコントラクトを開発するところとか、コズムワズムをラストで開発できるので、ラストでコントラクトを開発するので、シークレットコントラクト自体はラストを使って開発、つまりラストを知っていると結構開発しやすいっていう環境は変わらない。あとは、まあ、ネイティブトークン使って、ちょっと切れちゃってです。ステーキングとか手数料の支払いとかができるっていうことは変わらないです。次お願いします。で、ただ、シークレットネットワークなんですけど、先ほどスッカスカチェーンから始まったって話をしたじゃないですか。で、スッカスカチェーンからシークレットコントラクトを実装されたのが、つい先月ぐらいです。なので、まだ全然、サンプルコードとかドキュメントとかないですし、全然ステーブルじゃありません。とはいえ、コズムワズムに依存しているので、ライブラリーは実はコズムワズムは結構頑張ってくれたおかげで、結構意外とライブラリーが整ってたりします。なので、まだ全然開発安定してできないけれども、意外と早く、シークレットコントラクトを使えるようになるんじゃないかなっていうふうに僕は見立てています。お願いします。で、あと、つい先週ぐらいなんですけど、なんちゃってインターオペラビリティってやつを発表しました。
これはまあなんか、もともとエニグマってイーサリアムの L2 だったんで、イーサリアムと通信したいっていうニーズが高いんですよね。だから、じゃあ仕方ねえな、やってやるよっていうことで、シークレットネットワークとイーサの間で、イーサリアムのチェーンの間で、イーサと ERC20 を双方向、シークレットネットワークからイーサに持ってきたりとか、イーサからシークレットネットワークに持ってきたりとかできるっていうものが、発表されました。ただこれ完全なインターオペラビリティじゃなくて、割となんかノード持ってるおっさんたちを信用する系で、資金をコントラクトにまず、エニグマやシークレットネットワークが指定したコントラクトにロックすると、権限を持ったおっさんが SCRT 上のトランザクション、こういうトランザクションで、ラップとイーサ発行したらいいよねっていうのを提案します。それを、一定以上のノード持ってるおっさんたちが承認すると、SCRT トークンでそのトランザクションが発行されるっていう仕組みです。で、まあ、ちょっと下にラップ系トークンとおっさん依存度っていうちょっと図表を作ったんですけど、まあ、どれぐらいこうノードとかそういうのを運営者に依存しないといけないかっていうグラフなんですけど、まあ、取引所とかなんかおっさん依存度めっちゃ高いですし、現在あるラップと BTC とか、まあ、レン BTC とか USDT とか USDC も結構おっさん依存度高いですよね。それに比べると SCRT からイーサブリッジっていうのは、結構低いです。ただ L2 のロールアップみたいなもう完全分散型のやつに比べると、とか、ライトニングネットワークのような仕組みに比べると、おっさん依存度は高めっていう感じになります。まあなんで、なんか変ななんかよくわかんないインターオペラビリティみたいなの作られるよりも、100倍増しな設計で個人的にはグッドかなと思います。ただ、おっさんが承認していく仕組みなので、ブラックリストアドレスみたいな概念が出てきそうな気配もあって、そこはちょっと注視する必要があるかなっていう気持ちがあります。で個人的な、感想なんですけど、エニグマのシークレット、前のエニグマのシークレットコントラクトよりもコズムワズム使ってる分、すごく綺麗に、ラストっぽくコントラクトが書きそうな感じがします。あと、ワズムファイルをコズムワズムがなんかすごいことしてくれるおかげでめっちゃ圧縮できるのがなんか見てて気持ちいい。気持ちいいだけで何ができるのかよくわかんないですけど、あと、シークレットネットワーク、開発3ヶ月から6ヶ月で開発しますって言ってたのを、本当に期限守ったんですよ。これ、クリプト系の、東さん、おーって言いましたけど、クリプト系のプロジェクトで、期限っていうものは基本的に守られないものなので、その中で期限前例ないですよ、守った。期限守った前例なんて。なんかすごい。でただ、開発にはまだちょっと早いかもなって感じです。あとはガバナンスっていうのが、どういうのを行われるか全然わかんないのがちょっと不安材料で、ちょっと見ていく必要があるかなっていう感じです。あと、僕のパソコンなんですけど、自作したくせにノードにもならないし、なんかゲームで使ってるんですけど、ゲーム性能が今度出る PS5 にだいぶ負けてそうなのが結構ないので、なんか救済してくれないかなっていう気持ちがあります。というわけでですね、まとめると、エニグマよりいいものができそうかなという感じがあります。なので、まあなんか、よくわかんないスカスカチェーンのメインネットハズローンチとっていうのも無駄じゃなかったんだなっていう、なんか、金郷さんの絶望もあんまり無駄じゃなかったかなっていう感じがあります。いい点としては、コスモスベースのアーキテクチャに変わったことで、なんか、独自実装と違って、プロトコルへの信頼感は増しました。イーサとのブリッジは、まあ、ブラックリストとかは心配あるんですけれども、少なくともなんか、コスモスが用意している、IBC でしたっけ、インターブロックチェーン、コミュニケーションプロトコルよりかは使えそうだなと思います。あとはシークレットコントラクターがちゃんと実装できる。で、あとは期限守れる。大事。期限守れるところですね。で、悪い点を挙げるとすると、ガバナンスの側面が強くなったということで、SEC から、だいぶ、警戒されている環境の中で、ちょっとなんかシークレットネットワークとガバナンスっていうものは相性悪いかなっていう気がしています。あとはまあアプリケーションとかもないし、まだ開発環境も未整備なので、まだちょっと開発するには早いかなっていう気持ちがあります。ただ、ベースのコズムワズム自体は、比較的整備されてきているので、なんか一回、ハマればサクッといくかなという気持ちがあります。というわけで、僕の方から以上になります。はい、ありがとうございます。まあ時間もあと多分10分15分くらいなので、最後にちょっとまあ今日3つ主にテーマを決めて話したんですけど、まあ、今後どうなるかっていうのはちょっとわちゃわちゃ話をしたいんですけど、まあ、こんな感じの質問を考えています。考えているんだけど、一旦これ、共有停止します。そっちの方がなんかコスプレが見れて面白いんで。
というわけで、ちょっと自分の方からそしたら、質問を振っていくので、ちょっと話をしていきたいんですけど、今日3つ出しましたけど、それぞれまだ早いかもみたいな発言が結構全部あった気がするんですよ、正直。で、多分今予想しても外れる可能性の方が高いんですけど、それぞれ例えば GK ロールアップとかオプティミスティックロールアップとか、シークレットネットワークとか、あとどれくらいになったらこれくらいはできそうだみたいな、なんとなくのタイムラインをつけるとしたらどうだと思いますか？何かありますか？タイムラインで言ったら、オプティミスティックロールアップはもうすでになんか使ったやつ出てきてるし、GK のやつも出てきてるんだけど、まだニュアンスとしては、開発者たちもお試しでやってみましたよみたいな状況ですと。で、実際なんかこう、爆発的に今流行ってる L2 のアプリケーションみたいなのはまだない。遊べるものはあるけど、流行ってるものはまだないみたいなところで、向こう半年とかで、半年から遅くとも1年ぐらいにはなんかどっかしらが面白いことやってくれるのかなっていうのは期待してる。面白いっていうのはユニスワップが映るとかってこと？例えば。そう。うん。なるほど。シークレットネットワークはなんかある？シークレットネットワークはまだ、本当にフェーズとしては、本当に始まったばっかで、特にどこかが使うっていう情報も出てきてないですし、今のところ身内でいろいろ作ったりとか、そもそもチュートリアル的なアプリケーションすらできてない、まだ開発途中っていう状況なので、まだもうちょっと、まだ本当に早いですね。本当に出てきてまだ1ヶ月経ってないんで。もうそうか、そうだよね。はい。なるほど。ライトニングが一応言っておくと、2年前に、2年後くらいには、例えばクリプト界隈の人だったら問題なく使えるレベルかなって話をしてたんですけど、今の感じとしては、ウォレットとかは結構改善してきているので、使おうと思えば、クリプト、ある程度なんかオンチェーントランサクションを作ったことがある人とかだったら問題なく使えるレベルは、技術的とかアプリケーション的にはもう大体来てる感じですね。ただそこから流行るのにはやっぱりこう何かしらみんなが使いたいアプリケーションが出てくる必要があるので、今ゲームの応用とかでせいぜい数千人とかですね、なんかイベントがあると5、6千人くらいそれで使うとか、月間アクティブユーザー1万人弱とか、6、7千人くらいですかね。せいぜいそんなもんですね、使われているものでも。ただ1年後くらいにはゲームの応用とかも結構まともなやつが出てきたりとか、周辺のツールも安定すると思うんで、数万人とか10万人くらいは全然ユーザーがいても驚かない。というかそれくらいはちょっと言ってほしいなと思いますね。結構やっぱり時間かかってるんで。ライトニングはでももうちょいで結構使える、割と安心して使えるレベルに近いかなっていう感じはします。はい。なんか一番今のところ実装近いのはやっぱりライトニングかなって感じは僕もあります。というのも多分なんですけど、UI 改善っていう話題が出てくる時点で進んでるんですよね。スティスティックロールアップ系はまだ UI っていうなんていうかトピックが出てきてないんですよね。で、カーブとかなんかループリングとかのアプリケーションとか使うとめちゃくちゃ UI いいじゃんって思うかもしれないですね。なんかすぐ注文できてすぐそう聞いたなんか UX めっちゃいいって話を聞いた、めっちゃ UX いいじゃんってなるんですけど、あれは SNET でやっているから、ファイナリティが保証されなくてもなんか大体いい感じなんですよね、こうですね。ただメインネットになるとつまり何が言いたいかというと、今出てるアプリケーション多分ゼロコンフなんですね。一度もこう承認されていない、一度もちゃんと証明されていないものを、もうすでに、完了した取引として扱っている。つまりゼロコンフの状態なんですけど、メインネットだとゼロコンフで使うっていうことはできないので、当然できないので、そうすると UI、今のテストネットで出てる UI とメインネットで出てる UI ってかなりの乖離が発生するはずで、そこを埋めるっていうのは、正直結構難しいのかな、結構課題になるのかなという気はしています。なるほどね。じゃあ次の質問いきます。セカンドレイヤーの話いろいろ出てきましたけど、スケーラビリティ、ペイメントとか、あとはユニスワップのトレードとかをそんなにオンチェーンに負担かけないでやれる。こういうのが出てくると、セカンドレイヤーが発達すれば、結構マス利用可能なレベルのスケーラビリティとか機能性までいけると思いますか？例えばGK ロールアップが結構1年後とかに使いやすくなったら、マス何と指すかってことなんだけど、
その一般の人が使ってもいけるレベルまで数年経てばいくと思いますか？肌感でいくとこの前寿司で盛り上がってイーサがパンクしてたじゃない？で、まああれぐらい、あの時流れてた分量ぐらいだったら、まあ全然大丈夫。ゴミがある。けど、それを超えて、こうさらに普通の取引所の中での取引ぐらい、例えばビットメックスでの取引ぐらいのものをさばけるかって言われると、これさばけなくて。っていうのは、特に GK の場合、プルーフ生成とかが結構重たくて、プレイ時間実は結構かかると。いうところから、実は、そんなに、1万倍系のスケールではない。なるほどね。まあ、1000倍いったら、だからすごいグッって感じ。 1000倍いったらグッドっていう感じ。なるほど。まあだから、なるほどね。ライトニングも理論上は結構いくらでもスケールするような構造ではあるんだけど、なんかまだ実証されてないと言われてるのが、やっぱり自分がやってることに結構近い部分もあるんですけど、本当に秒間ごととかに大量にトランサクションを発生させるようになったら、例えば IoT で使いますとかってなると、果たしてノードがそれをさばけるのかっていうのが、まあ、分かってないですよね。なんかボトルネックが結局ノードがどれくらいたくさん来るインボイスを処理できるかってなると案外処理できない。そうすると結局なんか複数のルートを作ったりしなくちゃいけなくて、まあ、案外きついみたいになるかもしれないっていう話であります。ただこれはなんかソフトウェアの改善でなんとかなるのかなと思う反面、まあ、ちょっと自分は細かい部分はわからないところもあります。まあ、ただライトニングは理論上は多分本当に 100倍でも1000倍でもいけるっていうタイプのものでありますよね。まあ、比較的シンプルだっていうのもあると思いますけど。そう、なんかライトニングだとさ、変な取引をこうウィズドローしようとしたらさ、ボックスするじゃん、ペナルティで。で、まあ、GK の流通だとそういう形態ではなくて、変なことやったらボックスみたいなタイプではないんで、だからスケールしていく過程でさばききれない状況があったとしても死ぬことはないみたいなところはあって、だからなんだろう、いわゆる開発側の開発で考えなきゃいけないリスクっていうのがライトニングと比べたときにちょっと少ないっていうのはあるね。なるほどね。はい。じゃあ次の質問いきます。まあ時間もあれなので。次はですね、セカンドレイヤー、まあいろんなビットコインとイーサリアムを中心に、まあ今日はその話をしましたけど、今後こういうのが出てくると、なんだろうね、これあんまりいい質問じゃないな。残り3分。じゃ最後1個。じゃあ今日3つ紹介しました、主に。それぞれ、じゃあ今から開発に携わりたい、まあ、開発じゃなくてもいいですよ。なんかプロダクト開発でも、まあ、もしくはユーザー視点でもいいかもしれないですけど、なんかやりたいってなった時に、なんでじゃあ今日説明した、ものにベットすべきかという、まあ、ちょっとポジトークというか主張をしてほしいんですけど、なぜこれなのか、他のものではなくてっていうのを挙げるとしたら何でしょうか。俺だったら今からこれやりたいってなった時にどれやるってか選択できるとしたら、これだってアドバイスするとしたらってことね。他誰かに？そう自分じゃなくて、まあ、誰かが何かやりたいってなった時に、いやこれやった方がいいよっていうとしたら、強いて言うならなんでですかっていう。もしくは他にもファーストレイヤーの新しいブロックチェーンとか出てきてるわけじゃないですか。ポルカドットとか今日もブロックチェーンジャムで発表してたと思うんですけど、なんでそういうのじゃなくてセカンドレイヤー、特にまあ今日自分が発表したものをやったらいいんじゃないのかっていう言えるのか、何かありますかね、そういう要因は。まあそうね、それで言ったら手っ取り早くこうお客さんつけたりとかマネタイズしたいっていうんだったら、多分 GK で開発するっていうのが良さそうな気配がある。そういう温度感が今ある。なるほど。エニグマではないと思う。シークレットネットワークはどうですか？シークレットネットワークは、まあ、客はまだ全然ついてないですね。ついてるのかすら全く可視化できてない状況なので、そういう意味ではリスキーだと思うんですけど、まあ、あえて進めるとすると、やっぱりこれまでできなかったサービスができるようになるっていうのは、かなり大きくて、まあ、例えばなんかデファイ流行りましたけど、
例えばなんかトレードをするのに自分の注文とか自分のポジションを見せたくないっていう、じゃないとゲームにならないっていう状況っていうのは結構あるはずで、そういうなんか全くこれまで、開拓できていなかった部分のニーズっていうものが、開拓できるようになりますし、イーサとのブリッジがまだ、どれぐらい使えるのかっていうのは分かんないんですけど、もし使えるものだった場合は結構 L2 っぽく使うことを、L2 っぽく使うっていう選択肢が結構出てくるので、L2 っぽく、シークレットネットワークを使えるようになると、なんかすげえエンハンスされた GK みたいな雰囲気で使えるっていう可能性はあって、そうすると、やっぱりなんかこれまでなかったような斬新なプロダクトができて、そうするとやっぱお金集めも楽なんじゃないのっていうじゃあ最後そこに持っていくと。なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後自分ライトニングに関して、なんでライトニングをやったらいいんじゃないのかと主張すると、ご存知の通りやっぱビットコインがなんだかんだ一番ユーザーもいてネットワークが一番大きい、仮想通貨ですと。で最近だと企業での受け入れみたいなのがどんどん、進行していて、でセカンドレイヤーの話も今日話しましたけど、他に新しいオプティミスティックローラップ、GK ローラップ他にもいろいろ出てきてると思うんですけど、やっぱり地道に一番コツコツ改善をしているのはライトニングかなと思うところと、あとやっぱ既存のウェブに組み込むってところを割と重視しているので、そういう点ではやっぱり実用的というか、ビットコインはこれからもおそらくなくならないでしょうし、それを改善するという点では結構やっぱ硬い、手堅いっていうのと、実際のそろそろアプリケーションとかをスケールするものを作れるところが近づいているってところで、ライトニングが面白いんじゃないのかなと個人的には思ってます。やっぱビットコインのアセットとしての魅力、下の SOV としてのアセットとしての魅力とかを感じる人だったら、じゃあそれをどうやってさらに拡張させていくかとか、現実的なものに組み込んでいくかっていうところを考えると、そういうのが好きな人は面白いと思いますね。最近ちょうど、後でまたこういう話別に反省会の方とかで動画にするかもしれないですけど、この 2,3 ヶ月から結構ウォレットの競争とか激しくなってきてて、割といいやつも出てきてて、なんかいよいよなんかライトニングもそろそろ競合とかを意識しなくちゃいけないようなレベルになってきてるなっていうフェーズを感じています。はい。というわけで、時間かなちょうどだと思うので、今回はここまでにして、で我々この後、Ask Me Anything ですかね、AMA でなんかちょっといろいろ質問に答えるみたいなのをやると思うので、興味のある人はそちらを見てください。あとは8時からビットコインの反省会のチャンネルで、結構ディベート形式の放送をします。コスプレはこのままで。このメンバープラス、あとはブロックチェーンジャムにも出てる、落合さんとコーヒーさんとかちょっと含めて、デファイのバブルは終わったのかとか、ちょっと際どいね、トピックをいろいろディベートしていこうと思います。というわけで、聞いてくれた人たちありがとうございました。以上です。皆さん、今日はブロックチェーンジャム
2020を見に来てくれてありがとうだべに。僕はブロックチェーンジャムの案内役ベニグマです。僕のことを知らない人ははじめまして、よろしくだべに。今年はコロナ禍での開催になりました。オンラインという形でみんなに会うことができて本当によかったべに。ブロックチェーンは僕にとっての世界みたいなもの。世界中のみんながよりつながりやすくなるし、僕みたいな二次元データも唯一無二な存在になることができるんだ。僕は今そんなブロックチェーンが作るこれからの未来にワクワクしてるんだべに。そしてオンライン開催だからこそ昨年よりももっといろんなコンテンツを提供することができたと思うし、より多方面からのスピーカー陣もお招きすることができました。僕たちブロックチェーンジャム運営委員会にとっていろんな意味で思い出深い年となりました。皆さんは今年のブロックチェーンジャムを楽しんでくれたべにか？僕たちブロックチェーンジャムの最新情報は Twitter で今後も配信していくからフォローしておいてほしいべに。それじゃあまたどこかでみんなに会える日を楽しみにしているべに。バイバーイ。
ならポイントをビットコインに変えることができます。楽天市場やお店で貯まった楽天ポイントを使って初めての人でも簡単にビットコインへ交換できるんです。早速アプリをダウンロードして取引開始。ポイントは運用する時代です。突然ですが、ビットコインの支払いに必要な時間は X ポスならわずか数秒。世界のお店に広がる X ポス。他の通貨も使えます。さあ始めましょう。詳しくは Amazon または Web で検索。ブロックチェーンというのは非常に大きな役割を担うんじゃないかと思っています。でそれによってやっぱり社会が変わっていくっていう実感がありますから、それを何としてでもやり遂げたいと思う。でこれを本当に実現して世の中を変えて便利にしてみんなが幸せになる顔が見たいと思います。